はい、どうも皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。はい。本日もね、やっていくんですけれど、しばしお待ちください。なんかね、OBS の画面がね、ちょっとね、変わったんだがね、でかくなってしまってね。もっとなんか謎なんですけれど。まあ、いいか。このまんまやるか。子供もう無言弾来たら訴訟するからな。訴訟しよう、無言弾に対して。集団訴訟しよう。集団訴訟してお金獲得しよう。証拠いっぱいあるから。よし、ありがとう。今回から参加するぜ。ありがとう。無言弾に対して集団訴訟を起こそう。だってあいつらやらへんと悪質だもん。ずーっと配信荒らすねん。俺の YouTube の収益と減らすなやだよ、ほんま。あと、なんだっけ。あれよ。こんにちは。どうもどうも。19分になっちゃったよ。よいしょ、遅れたよ。いや、ありがとう。昨日まで待ってる？了解。ちょっと待ってね。カビモンさんもありがとう。頑張るよ。ルッサー育成する。3時ぐらいから参加？了解よ。リッカリスさんね、了解。ちょっと待ってね。ブースター今日は育成する。ブースターを最初に育成するからね。この前、リオさんもいらっしゃい。来てくれてるしよ。遅刻しちゃったよ。あれは。ブースター75レベル。さくらさんからもらったブースターにしよう。おー、ありがとう。教えてくれて。A に行った方がいいかな。ちょっととりあえずブースターを、お前やってくぞ。遅れた分人気で取り戻せ。ナイス。コメントは反映されてないか。それは大倉さんの問題だからな。こちらの問題ではないかな。大倉さんの YouTube の問題だからな。こちらでどうしよう。なにハレパのブースターやな。俺ブースター単体使いたいんよな。よし。じゃあ、フリチッカ。バイオレット始まったんだね、雪だるまさん。いいな雪だるまさん。いいね、雪だるまさんね、バイオレット始めたんだね。あ、スカーレットじゃないんだね。あれ、コライドンの方なんだね。コライドン入れた方がいいかな。まあ、ハレパだからね。日本バレでいけるからね、火力上がるんでね、確かね。ことだよね。よし、ちょっと待ってね。ハレパがいいか。よし。HP も上がってるね、オッケー。ナスチョコさん、未来ドモイラか。いいね。せいやさんって怪しい方見た？どんなことしたの？もういちご大福ボールさんもいらっしゃいってくれてるし、ありがとう。おー、教えてくれたね。よいしょ。大福さんもありがとう、来てくれてるしよ。
いちご大福さんもありがとうね。どうしようかな。いちご大福ボール、ブースターは夢特性、根性があるから独特玉持たせて根性から元気すれば結構強い。なんかいろんな形のが出てるんだよな。ちょっと待ってね。攻略サイトではこういうのが出てきた。みんなの意見はそうか。ちょっと待ってね。違う方法で見てみるか。教えてくれたらと。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ありがとう、みんな教えてくれて。醤油ケーキ S。そういえば月さん無事にマスターランク到達しましたよ。マスターランク到達した？すごいじゃん。色違い伝説を皆さんに配ってるみたいで迷惑かけてました。色違い。醤油ケーキ S。それは厄介ですね。いや、ほんと厄介だよ。ちょっと AI にも聞いてみよう。どういうのがいいのか。自分でも考えてみんなの意見も聞いて、いろんなブースターを作ってみるか。いちご大福さんもありがとう。やっぱそうなるよね。みんな同じ方になるよね。みんなそれ、俺と同じ答えだし。いいよ、いいよ。雪だるま0109。自分のキャラできた。自分のキャラできた？いいなぁ。やっぱ俺が考えた方がもう出してきたな。こんにちは、今さん来てくれてるしよ。今物流屋さんもありがとう。来てくれてるしよ。来てくれて嬉しいです。ありがとう。醤油ケーキ S。まあでもコライドン使うぐらいなら根性から元気でもいいかもね。インカムです。インカム様いらっしゃい。来てくれてるしよ。ありがとう。インカムさんもありがとう。今さんもありがとう。よいしょ。ポケモンやってるよ。インカムさんもありがとう。ではね、ちょっとね、いろいろね、調べた上でね、サイボーグ型の、ブースターと、なんていうんだ、攻略本側の、エルフーンと、そして、自分でね、考えたね、ポケモンをね、作ろうと思います。ハッサムの色厳選してたんだね。まず最初に、チャット GDP が言い出してきた AI 型の、なんていうんだ、ブースターをまず1体作ろうと思います。今朝 iPhone 17購入したか。お金持ちアピールをすると人いなくなるよ。気をつけてね。お金アピールダメだからね。iPhone 12買ったら嬉しいと思うけど、お金持ちアピールすると人離れてくれ。絶対あかんやつだぞ。ね、12持ってるのはいいことだと思うけど。そうだよ。ねえ、正直俺も欲しいところだけお金持ちアピすると人離れてくれ。ね、絶対あかんよ。ね、買えない人もいるからね、恨まれたりする可能性があるからね、やめてね。醤油
KKS、グプト。まあ、俺が答えてた答えとほぼ変わらないから、ほぼ俺の答えと間違いないと思うけど。カビゴンスブ、すみませんでした。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ねえ、気をつけてくれればいいからね。ねえ、それ嫌がる人は本当にね、ブチギレるかもしれないからね。0109、あ、ダブル購入コメント消えた。購入コメント、そうさ、別に俺消してないよ。書いてもいいんだよ、書いてもいいんだよ。そう、でもね、自慢ばっかりすると今度は今度それで問題になりそうやん。リオ 98.7 メートル、赤ちゃん。赤ちゃん。赤ちゃん。赤ちゃん、赤ちゃん、奥さん。あ、赤ちゃん、赤ちゃんだよね。インカムです。僕色違いのルカリを持ってる。色違いのルカリを持ってんだね。いいね。AI 型のね、ブースターを作ったらいろいろ考えてる。さて、これで勝てたら逆に、意地っぱりと根性を出してったね。雪だるま0109、ルカリをかっこよく。ルカリオかっこいいよな。俺もポテポテでルカリオデッキ使ってるよ。黄色のルカリオいいね。ああ、色違いルカリオね。俺好きだよ。意地っぱりね。醤油ケーキ S、独特玉持たせよう。そう、その型で出してきたよ。そう、独特型。俺も考えてたやつがね、チャット DDP も出してきたから間違いないと思う。で、これ絶対みんなが出してる答えをさ、多分きっとさ、出してきてるよね。だから生成 AI はただ生成してるだけってそういうことなんだろうね、多分ね。持ち物独特なのでしょ。ああ、わかる。通常方もいいよな。ノマテラほら、当たってるやん。なんかわかんないけどいなくなっちゃったね。また戻ってくるでしょ、なんかわかんないけど。忙しくて抜けた説。ね。最近配信にも来ないから、もしかしたらヒカーツキーのこと嫌いになったか、ねえ、わかんないけど、忙しくて離れたかわからないけど、見なくなったね。また戻ってくるよ、多分きっと。だって、ね。どこ玉ってどこで変えたっけ？ちょっと待ってね。醤油ケーキ S、ないじゃないですか。リオ 98.7 メートル、相手にするの疲れたんじゃない。いやー、疲れるでしょ、それ、ほんと。発行してにあります。発行してにあるか、もう。だってさ、それ疲れるでしょ、だって。ね、氷川だって疲れるしさ、本人も仕事で疲れてる上にさ、リスナーとし999になってるでしょ。暇すぎてエクスレックに学園内を大体一周させてきた。エクスレックに学園内一周させるのやばいな。教えてくれてありがとう。まあ、あそこのオープンチャットも過疎化するかもしんないね。デリバードポーチに向かうところ行くよ。教えてくれてありがとう。ねえ、まともな人だったらあそこ離れてもおかしくなさそうだよ。忙しくて社会人やってる人にはおすすめではないと思う。そう。いや、レナルさんもありがとう。来てくれてるしよ。ありがとうね。社会人やってる人にはあそこは居づらい空間だと僕は思った。参加しようかな。ありがとう。後で参加型だよ、これ。よかったらどうぞ。レナルさんも来てくれてありがとうね。来てくれてるしよ。ありがとう、レナルさん。これ参加型ですよ。雪だるま0109、最初のポケモン悩む。なんだ、何に使う？よし、オッケー。
技なんだろう。技なんだろう。技が気になるな。もうね両級 8D7 メートル。月はまともかまともじゃないか。いや、まともじゃないと思います。おはよう、雪だおはようるまって言われた。雪だるまさんもありがとう。フレドラはあって困らないと思います。フレーズはあって困らないよね。俺はまともじゃないと思う。カラ電気ね。カラ電気ってなんだっけ。インカムです。参加します、ね。参加してくれる、ありがとう。ちょっと待ってね。カラ電気をちょっと作るわ。ヒカはまともではないと思う。醤油ケーキ S から元気上ありましたよ。あったあったあった。マジあったあったあった。ちょっともう一回作って、基本作る。なくなることを、ケタグリ、黄色く、かけら割り。大福ボール。まあ、根性個体なのは見えたから元気搭載しとこうね。カビゴンスブ、から元気は食べました。雪だるま食べてたか。後で参加でお願いします。後で参加いいよ。了解。育成したらね。格闘技見てんのに大丈夫か。あったあった。から元気。から元気。はい。から元気。草分け。草分けです。草分け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 あるかな格闘タイプで。格闘型で。草分け。ギガドでもいいかもしれないけど、草分けさんじゃないのか。草結びあるけど、草分けがねえな。種爆弾。リアル種爆弾して。リアル種爆弾。懐かしいな。リアル種爆弾。食事中にリアル種爆弾やったら怒られるよ。思いっきり食事中に喋ってリアル種爆弾を撃った人をいたった話は聞いたことがある。雪だるま0109。昨日の 600XP 超えたいな。600XP 超えたいか。超えてほしいな。草分けがどこだっけな。草分けの、これはネットで調べよう。カビゴンスブ、月さん一言伝えとくけどメガサーナイトを使うならメロエッタはいらないよ。メロエッタいらない？マジか。攻略サイトで見た育成してたからな。雪だるま0109、ネットは便利。草分けってもしかして草タイプじゃないのか。あれ作れないな。あれ解放してんの。おい、ゆみるまりさんいらっしゃい。こんにちは。来てくれてるし、ありがとう。マジカルリ、あったわ。びっくりした。ないと思った。オリーバだったからわかんない。いちご大福ボール、確かにそうだよな。うん。インカムです。サークル作ってくれます。いいよ、作るよ。ちょっと待ってね。チュリーネの葉っぱ。両級 8D7 メートル、夢見る魔女さんだ。ニューエワンさんだよ。ちょっと待ってね。やっぱり移動しないとダメか。ちょっと待ってね。育成が終わったら対戦しながらやろう。ちょっと待って。先に育成をさせてくれ。ここら辺か。ここら辺だな。夢見る魔女組、リオさん、こんにちは、組にちは。ここら辺だな。レイクタウン近くだな。雪だるま0109。やばい、これ1くらいキープできるかな。わら、リオ級 8D7 メートル。1ぐらいキープできると思う。今日人多いからワンチャンわかんないけど、こんにちはだって。ね、夢までさんね、嬉しいよね。いつも来てくれて。夢見る魔女さん、こんにちは。ガチゴールもいいね。パピモッチ。もうパピモッチばっかり出るからやだわ、ほんま。ポテポテな。ポテポテパピモッチな、7枚ぐらいあるで。夢見る魔女さん、こんちゃ。こんちゃ。パピモッチ7枚あるで。通常パピモッチが7枚もある。
うちの飼ってるワンちゃんもね、パピヨンだから、いつもパペモッチいるけどね、ポケポケでもパペモッチだらけ。お、よかった。夢村さんがこんにちは言ってくれてる。ありがとう。夢村さんもありがとうね。そう、パピモッチだらけになっちゃった。麦茶、今日ご飯紹介してくれんだね。ありがとう。結果、パピモッチだらけになった。麦茶美味しいよね。ちょっと待ってね。じゃあ、ちょっと育成の前に対戦するか。ちょっとね、先にね、待たしちゃ悪いからね。誰か対戦したい人いたら先対戦しましょう。一回だけ対戦してから、もう一回育成に戻るか。4567でお待ちしております。よろしくお願いします。雪だるま0109、俺の今日のご飯はご飯なんだ、びっくりした。白いご飯だーって。それやるとね、ワワオくんルートになるからやめてね。カビゴンスブ、自分が対戦希望してたよ。大桑さんどうぞ。それやるとね、あれだから。誰だっけ。ワワオくんルートになるからやめてね。最悪の場合ブロックになるから。しらすご飯美味しいね。最悪の場合、本当にワワオくんみたいにブロック案件になるからやめてね。醤油ケーキ S、あんまよろしくない。そう。耳が痛くなるでしょ。だって、喉痛くなるでしょ。だから喧嘩になるからやめて。ポケモンだったらギリ俺は許す。でもスマブラの時にやったら多分きっとね、確定で怒られるよ。大丈夫だよ。俺も強くってすまなかった。でも基本的に、大丈夫。怒ってない。そんなんでいやいや、そんなんでね、怒ることね、俺は心狭くないよ。私はやったけどね。やってない。やっても大丈夫です。やりすぎなければいいんですね。やっても大丈夫だけどやりすぎなくていい。大桑さんはどんな感じで来るかな。大桑さんどんな感じで来ると思う？俺もうバド読みだから俺ベトベトン出すよ。ラスチョコ隊長、ワオワオさん墓じゃなくて石板になんか謝ってたよ。謝ってた？これ対戦するってことか。うん、これ対戦するよ。お、ありがとう、ふりかけたま来てくれてるしよ。いやさ、ワオワオくんさ、なんかさ、みんなが戻っていいよって言うんだったら僕は戻ってきたほしいんだよね。でも今はさすがに戻せないよね。ふりかけさんもいらっしゃい。これ対戦いきますよ。今すぐにとは言わないけど。謝ってるでしょ？そう。おみフェス手伝ったりよ。大丈夫で手伝うよ。さすがにね、もうちょっと時間が必要かなってところはあるよね。いいね。懐かしいな、この対面。俺の EX ポケモン。威嚇で下げるでしょ。高速移動。前回のフリーザー。ポケモンのことじゃないからいっか。いいよ。ユニオンサークルもやるよ。もちろんユニオンサークルもやる。一回対戦やってから、育成してユニオンサークルやるよ。安心してください。ユニオンサークルはやります。対戦もしつつユニオンサークルもやる感じなんで。対戦しつつユニオンサークルもやるよ。月々坊主、俺坊主じゃないよ。俺は髪ふっさくされ最近毛が伸びちゃって、頭に毛が生えちゃってめっちゃ怒られてるもん。だからもうそろそろ切らないと。上級鬼フェスクリアしたいな、フリーズドライ。いや、ありがとう。麻痺られそうだな。俺の最強フリーザ。まあ、引き込めてくるよね。前坊主だったよ。普通に前は坊主だった。はい、来た。本体到着。痺れるかな？フリーズドライ。まあ、切らないよね。普通にここで切ったらまずいもんな。フリーズ、絶対0度当て、これで絶対0度当てれば俺の勝ち。ギャンブル要素強めの、デッキとなってる。話してる時に広告さえ、ねえ、メンズクリアかな。追加コンテンツやってますよ。おらした。
まあ、ですよね。ですよね。その結果になりますよね。読んでました。逆にそこでテラス切ってくるのは逆に言いません。開幕戦負けそうだな。まだ終わらねえよ。多分、裏バドだな、これね。裏バド。裏バドなんで、最後ショックかな、妥当なのは。まあ、引っ込めてくるよね。だって、ここであれだもんね。来たいいね、いいね。こういうの待ってたんだよ。逆に、ガチグマでムーンブラッドで打ってくるかな。ブラッドホーンかな。最高ショックで、フェアリー技を打撃。何パーセントあるかな。持つんだな。でだよ。で、悪だく1回。オゲータも解けるし。どうした？ニャオハだ、もちろんニャオハだね。どうした？悪だく1回。ブラッドムーンだね。ブラッド。はい、1段階上がる。もうお互いにね、バフ積む感じよね。だって話さなくてもいいじゃん。だってね、会社で話す必要なんてないじゃん。仕事で言ってんだからさ、仕事の話だけしてりゃいいんですよ。ねえ、俺たちと話すときは俺たちとたくさん話そうよ。ねえ。だって職場で人と仲いい人を作る必要もあるかもしれないけど、いなかったら作らなくてもいいと思うよ。そう。ねえ。でも挨拶だけはちゃんとしてれば多分嫌われることはないと思うから大丈夫だよ。俺なんか他のなんていうんだ、介護士さんとかめっちゃ嫌われてるけど、施設長からめっちゃ可愛がられてんもん。そう。でも嫌いな人でもちゃんと話してるよ。まあいいと思う。俺と話そうぜ、みんな。じゃんじゃん話していいよ。いろんなこと聞いてくれたらしね。いやー、これはどうなるかな。最後、コライドンでスケールショットと読みたいな。サイコショック。打ちたいな、サイコショック。ヨハネスコムさんいらっしゃい。楽しそうだよ。めっちゃ楽しい。はい、開幕戦勝利。いやー。あれ回線が落ちた。こんちゃー。いじめられてる？いじめるやつはよくないな。よいしょ。大倉さん、回線落ちたな。まあ、切断じゃないと思ったから大丈夫でしょう。そう。大倉さんの Wi-Fi が途切れたか、ブレーカーが落ちたかでしょう。いやー、じゃあ先にね、ブルーベリーやりますか。ね。いじめるやつはね、基本ね、クソですからね。そう。大丈夫。いじめるやつはね、あれだから。そう。こんばんは、お出かけしてくる、いってらっしゃい。いじめるやつは心が小さいやつですから。ね。それで生きることしかできないね、やつですから。自分の心を大きく持てばいいんです。切れちゃったんだね。大丈夫、大丈夫。お疲れ様。対戦ありがとうございました。逆に回線は大丈夫。こればっかりはもう誰も言えないからね。いや、鬼フェスもやるよ、もちろん。みんながいるときに鬼ネク、ブルレクと、いじめられたら相手を何してもいいチャンスができたと思ってワクワクしちゃう。ワクワクしちゃう。なんだそれ、逆張り戦法みたいな。いいよいいよいいよ。順番来てね。順番。大福さん、ゆまさん、俺、あと誰か来たい人いたらどうぞ、一人。いくね。ゆまさん、大福さん、俺は確定。あと一人来てくれたら4人埋まるけど。ラスチョコ隊長。あ、ラスチョコさんね、オッケー。じゃあ、第1波は、ラスチョコさん、大福さん、ゆまさん、俺でやりましょう。インカムです。はい。
お、じゃあ、第2波にインカムさんに入ってもらう。お、了解。コムさんもありがとうございます。じゃあ、第2回目にインカムさんに入ってもらって、第2回目が終わったら、鬼フェス行きましょう。よろしくお願いします。弱音フチスコンブ、頑張れ。お、ありがとう。いやー、さっきやばかったよ。なんか、なんていうんだ。キーボードクリックしてもね、反応がなかったと思ったらね、監視がいかれてる。病院通ってるからこの先どうなるかわからない。鬼フェスって何？鬼フェス？鬼退治フェスだよ。心療内科行ってるってことでしょ？まあ確かに心配なこともあるけどね、病院のさ、先生にさ、心理師さんと話せませんかって言ってみるのもありかもしれないと思う。あ、いいよ。収益決算のところ入るよ。そう。小さいところだったらないのかいのところ。お、北上のせ募金、ともこに100万募金した？合言葉したやつ、そうだよ。下にあるやつ。サークル合言葉これだよ。そう。ね。カウンセリングのね、治療とかもあるからね、そういうのやってみるといいよ、逆に。病院が提携してるね、カウンセリングとかもあるからね。でもそういうところの病院なかなか見つけるの大変なんだよね。でっかいところじゃないとやってないからな。そう。でもでっかいところはでっかいところでさ、なかなかいい先生がいないんですよ。そう。俺も実際病気持ちだからね、わかる範囲内でね、手帳の申請の方法とかね、裏で教えてあげるよ。いろいろ知ってるから。そう。なんていうんだ、いろいろな手続きのやり方とかも知ってるから。そう。まあ自治体によって違うから、これはあくまでも東京都基準にはなるけどね。そう。自治体によって全然違うのね。自治体の采配でやってるからね、あれはね。そう、ごとにやってるからね。そう。後で参加せん。あ、了解。じゃあインカムさんどうぞ。そう。まあ、俺より詳しい人のチャンネルがあるから、そっち見るとおすすめするよ。お、レジンさん。先にインカムさんに入ってもらって、インカムさんが終わったら第2回目にレイジンさんに入ってもらおうと思います。第2回目に、レイジンさんとラスチョコさんに入ってもらおうと思います。そう。それの専門家の人がやってる YouTube チャンネルを教えてあげるから。俺がよく見てるところなんだよ。どうぞ。レイジンさんもね、インカムさんが入り終わって、黄色ミッションが終わったら、レイジンさんやってもらっちゃいます。苦手なこといっぱいあるじゃん。いや、俺も苦手なこと多いよ。ナタ君もいらっしゃい、来てくれてるしよ。むしろあれでしょ、同時に話しかけられたりすると、混乱するでしょ。俺も実際混乱してんもん。今日は特にコメント多いから、適切な答えが出るか分かんないところはあるかな。ナタ君もありがとうね、来てくれてね。あれ今起きた？夏休みだ。春休みか。ネモ戦なんだね。ネモに勝てるといいね。ちゃんとレベリングした？アレジンさんありがとう。了解。じゃあ、後でインカムさんに入ってもらって、先にこの面で行くか。初見さんなんだね。ありがとう。よろしく。じゃあ、第2回目はラスチョコさんとインカムさんに入ってもらおうと思います。レイジンさんもありがとうございます。今日卒業しちゃった。いいね。みんな卒業しちゃうとかね。ね、新しいね、新年度に向けて頑張ってね。悪気があってる、やってる迷惑とね、間違えてやってる迷惑だ。対応は変わってくるから。そう。最初の戦いは勝てるようになってるんだよね。そう。英語のやつ出ない？これ追加コンテンツだと思うけどな。インターネットにつないでる？リオさんの場合はね、わからないことがあって、なんだろう、意図的ではなくね、故意にやってないからね、基本的に大丈夫だと思う、謝れば。と、むしろ。ね、分かっててね、故意にやってる人とは違うからね、そう。昔の俺の場合は、なんていうんだ、故意にやってたこともあったから、いろいろ問題にはなったよねってところがあるよね。それじゃなければ全然大丈夫。ね。わからないで起きる問題は仕方がない。だから、それを対策しろと言ってもね、なんていうんだ、特性上難しいこともあるから、そこは考慮して
対策に講じていく必要があるんじゃないかなって僕は思うけどね。ラスチョコさんね、なんだっけ、X 開いて、インターネット繋がないとできないよ。もし病気持ってたら嫌われたりしないかな。なんだろう、嫌ってくる人とさ、関わる必要ってないじゃん。ねえ、自分のことを好いてくれてる人とさ、関わってれば僕いいと思うんだよ。ねえ、何も理解してくれない人とは関わらなきゃいいんですよ。ねえ、それをやっちゃうとね、なんかね、意見を調整してるような問題になっちゃうから、あえて自分のことを知ってくれてる人、まあ、仲いい人と仲良くやったらいいんじゃないですかね。僕はそう思いますよ。自分から進んでなんか自分を売りに行こうとするよりか、自分と仲いい人とね、仲良く付き合うのがいいよ。そう。現に今俺もそんな感じで YouTube もね、こうやってね、規模は少ないながらも、まあ、自分のこと知ってくれてる人をね、と仲良くこうやってやってますね。それを心がけてるから。なかなかそれでもね、やっぱりトラブルの一つや二つは起きてしまうからね。うん。むしろ起きないことなんてないですよ。そう。起こさないように、絶対に起こさないよ、押すなよじゃないけど、結果的に押しちゃう。ね。辛いよね、それはね。だって、ね、自分はどうにかしたいのにと思ってもね、体とか心がね、動いてくれないんだもんね。そうね。だから何にもこうやる気を失せちゃうんでしょ。そうなんだろう、仕事行くのもそうだし、朝ごはん食べるのもそうだし、何でもこうなっちゃうんですね。それは辛いと思うよ、ね。俺は病んでるか。まあ、俺もまあ多少になんか、俺の場合どっちかっていうとなんか嫌なことがあるとフラッシュバックする感じが多いでね。感触とかね、興奮とかね、が多いかなとかね。たまに薬飲まなかったりするとバーッとね、広がっちゃうからね。定期的にね、薬は飲んで治療しとかないと。本当に思いっきりバーンと前触れなく来るからね。発作みたいなのがね。いろいろめんどくさいです。これが黄色ミッションが終わったら次インカムさんとラスチョコさんやって泣いたりすることもあった。泣かないにはいいとは思うよ。わめき散らすように泣くのはちょっとそれはちょっと周りに影響するかもしれないけど、でも自分の家でさ少し泣くぐらいだったら別にいいかな。誰にも迷惑かけないでね。そうね、泣かないでくれっつって言ってずっとね言うのもね、それはそれで心持たなくなるからね。そうって僕は思うかな。だってね、逆に泣く人ほど多分きっと素直な気持ちな人いないよ。まあ俺は表向きでは泣かないようにしてるけどね、泣きたい時あるもんね。だって泣いたって変わらないって言ったってね、結果それでも泣きたい時は泣きたいもんってしまう。ナイス。なんかね、なんか暗い感じになっちゃってすまんね。全然大丈夫なんだけどね。いつもこんな感じのノリでなってるからね。ともやさんいらっしゃい。来てくれてるしよ。昨日ロブロックス参加ありがとうね。嬉しかったです。ロブロックス参加してなかったか。コメントしてくれたのか、ともさん。ねえ。なたくんとね、ともさんね、知り合いだからね。なたくんのところでね、来てくれたから、ね。いや辛いか。俺も辛いよ。悪エスパーだって。悪エスパーと考えたらね、何のポケモンがいいだろう。じゃあ、黄色ミッションが1回出たから、これが終わったら、1回メンバー交代かな。そう。で、回していきましょう。悪エスパーって書かれてるけど。逆に、もう、今、ほんと辛いっていう時期があることもあるよね。だって。もう俺も去年の今時すっごい辛かったもん。ね。まあ、何かあったら俺の、アークエスパーだよ。そう、なんだと思う。まあ、卒業式練習とかね、勉強が終わって逆にあれだからな。卒業式練習多いもんな。そう在校生起立って言ってんのに、卒業生なのに起立しちゃった人がいたからな。俺そういう人だったからな。そう。で、卒業生起立って言ってるのに、俺在校生で起立してたからね。相手回転ポケモンだって、今さんが言うには。そう。
ね、俺それやってたからね、多分、学校の勧めで特別支援学級からね、特別支援学校に行ったんすよね。そう、いろいろ、あって。そう。だから多分、お手上げ状態になった説はあるよね。そう。うん。でも、俺は結果それでよかったもん。醤油ケーキ S さん、イカですね。よいしょ、イカだね。そう、イカ、あれだ。マイカだ。マイカだ。マイカだ。ミッションクリア、ナイス。友と友や、勉強してる、頑張れ。勉強するの偉いと思うよ。アクエスパータイプ。アークエスパーナイス。じゃあ一回、お開きよろしくお願いします。雪だるま0109、もう200クスプだ。200XP いった。いちご大福ボール、鳴き声がカラマネロじゃなかったの。カラマネロ、金をマイカか、絡めるよね。だってそれの進化系統だもんね。はい、ということでね、第2回目やります。ラスチョコさんと、誰だラスチョコさん、ちょっと待ってね。ラスチョコさんと、インカムさんに入ってもらおうかな。それが終わって、あと1人入れるからね。ラスチョコさん、インカムさん。いや、皆さんありがとう。それでもう一回黄色ミッションが出たら、鬼フェスやろう。で、またサークルに戻ろう。こんな感じで徹底的に回していきましょう。よろしくお願いします。要求 8.7 メートル。どうした月だよ。月川月でございます。エイジン M2R。また入っていいですよ。どうぞ。月川月でございます。清き一票お願いします。氷川月。最近スギ花粉がいっぱいに蔓延してるけど、新しい自衛隊の船が杉って名前で驚いちゃったな。ヒノキと杉でしょ。花粉マッチやすくなのかな。ヒノキと杉。もともと最初の船がさくらと、なんだっけ、なんか木材の名前つけてんだよね。木の名前で。いいよ、ラスチョコさん参加どうぞ。スマブラ裏で練習したい。いいよ、やろうぜ、スマブラ。練習しよう、リオさん。ラスチョコさん参加どうぞ。ぜひともどうぞ、参加どうぞ。また練習したい。そう。ヒノキと杉だもんな。多分、欅とかも出てくるだろうな。木材系統をコンプリートさせそう。いちご大福ボール、今日はこれまで。今日はこれまでか。いちご大福さんまたね。ラスチョコさん参加どうぞ。ありがとうございました。お疲れ様です。またお待ちしております。また一緒にブルーベリーポイントやりましょう。ネイジさんも入ってくれてありがとうございます。レイジンさんも。ねえ。ラスチョコさんも参加どうぞ。ヒノキと杉。もう名前が良すぎるだろ。あれよ、危なくなったら多分、杉花粉まっ散らして攻撃すんで。だから、相手側がみんなあれでは、花粉症になって、くしゃくしゃして、亡くなるっていうのは冗談だけどね。醤油ケーキ S、鬼フェスってやつ。役割分担大事だよ。そうだよ。役割論理大事だよ。そう。ね。杉と花粉がいなくなってもあれだからな。豚草花粉がすごいからな、今。でしょ。役割分担は本当大切。役割分担大切なんだけれど、赤が足らなかったら逆に赤回ったりだとか、緑回ったりだとかの、効率よく回していくことは大切なんだけど、逆にその取れなかったからって言って相手を攻めたりとかしなければ大丈夫かなってもらうな。まあ、攻めたりする人が前の配信にはいたからね。うちのところでね。なんで月さん取らなかったんですかってね。それは取れないからだよって。言うしかないんだけど、楽しめれば僕はええかなって僕は思うけど。ね、みんなで協力していいチームを組めばもしかしたら色違いゴンベが手に入るかもねってところだよね。そしたらね、楽しそうだよね。それを目指していこうね。
少しずつね。醤油ケーキ S、効率大事ですけど、それと同時に木の実食べに来るやつらの対比。いやーね、カビゴンとかね、ゴンベとかね、欲しがりつとか欲張りつとかね、ね、みんなあれよね、お腹いっぱいに食べそうなポケモンがね、寄ってくるからね。そう。北上の里のね、鬼フェスはね、めっちゃね、取りに来るからね。取りに来るものをいかにして守るかっていうのが大切になってくるからね。ゴンベとかね。ゴンベもまあまあ、俺あれだな、カビゴン2体来た時が一番怖いかな。そう、カビゴン2体来て、食い尽くすところがね、さすがカビゴンって感じですよね。そうね。まあ、初代ポケモンのね、赤緑でね、道を塞ぐぐらいのね、最強ポケモンなんでね。寝てるだけとは言わずに、ね、ノーマルタイプでは、ね、なかなか強いんで。でも見た目は大好きだな。うん。笛で動かさないとね、いけないっていうのはね、最初俺、なんでここを塞いでんだって思ってて、ずっと越えようとして笛で動かすのが分かんなくてね、よくね、苦戦してましたね。後々知ったら笛で動かすんだっていうのがね、正直言ってあったね。カビゴンに対する思い。逆にポケポケだったらなんだっけ、6エネでなんかすごい高火力なダメージ与えるから、打撃役としては十分優秀なポケモンだと僕思うよ。カビゴン。作品によって変わるかな。アルセウスから伝説連れてきた。醤油ケーキ S、鬼フェスはゴリ押しだけでダメってことを前回学んだんで、今回はそれを理解してやっていきたいです、ね。アルセウスから伝説連れてきて出る途中、何の伝説連れてきてるんですか？まあなんだろう、チームワークと、分析と、行動と、なんていうんだ、いろいろと戦略を練って的確に、やっていくことが大切だね。それでも失敗することはね、失敗しちゃいますからね。そうむしろ、ね、分析は大切なんだよね。そうまああれよね、あと、手っ取り早いのが、もし、カビゴンに食われちゃいました。赤が枯渇しました。じゃあ赤取りに行ける人近くにいるよねっていう人を逆に呼んで、赤取ってきてもらうみたいな、応用が効く感じでチーム連携をしていくことによって確実な勝利を得られるんじゃないかなと思ったよ。一回ポケモンのデータ全部消し飛んじゃいましたね。消し飛んだぞ。一回ポケモンのデータ全部消し飛んだぞ。それは何年ぐらい前の話ですか？まだ最近のことですか？いや、それ辛いな。ポケモンのデータはまだ飛んだことはないんですけどね。昔あれですね、モンスターハンターのデータが改造データにやられてね、改ざんされてデータが飛んだことありましたね。半年前。半年前のデータで今やっとここまで戻ってこれたってことなんですよ。まあ難しいですよね。ホーム解禁してほしい。それは悲願ですね。私もそう思ってます。でもなんかポケモンホームってなんか連れでなんか作品移動するとなんか戻せなくなるっていうのは聞いたことがあるんですよね。ZA から。そう。それが今後の作品にも継承されるのかはわからないけれど、なんて言うんだ。いわゆるSV から ZA 持ってきましたって言うと、ゼラオラ連れてきたよね、過去の。限定アイム色違い消えたの悲しすぎるな。ねえ。色違いとかね、限定配布はね、消えないでほしいよね。でもデータ消えちゃうと。そのために俺はポケモンホームに入れたりだとかね、貴重なポケモンは。いや、ばあちゃんとお出かけするよ、たまに。うん。ジガルでも送りたい。100% ジガルでね。配布のジガルでとかもあったからね。過去作の XY とかのやつね。そう。いやそれはね、何年かやったね、何年も前からやってる人がさ、ポケモンホーム経由で連れてきたりとかしてさ、ね、いきなりのミスでさ、ポーンとデータが飛んだらさ、それほど辛いことはないと思うよ。俺だったら多分半泣きしちゃうと思うよ。そうだね。ポケモンホーム、だから過去作やっててずっとやり込んでる人だったらね、データ吹っ飛んだら泣くでしょ。そう。だって自分が思いあるポケモンホームで連れてきたりだとかするのに、そこのデータが全部飛んじゃったら、やばいと思わない？あともう入手できない配布ポケモンとか。
持ってる人が少ないや映画限定ポケモンとかサトピカとかね。俺だったらもうやばいよ。そう判別状態だよ。醤油ケーキ S 破壊衝動が芽生える。破壊衝動逆に物に当たるのは問題あるけどね。パルキア、ヒードラン、レジギガス、グレセリア、グレイシアです。おいいね。あれだ、新大地方の、伝説と純伝オールスターですね。うん。ガブリアスは違うけどね。ガブリアスは600族だけどね。ディアルガとパルキアとヒードランとレジギガスとクレセリアとグレイシアね。グレイシアはブイズだね。うん。ね。この中で伝説は、ディアルガ、パルキアで、純伝がヒードランか。で、ギガスはどうなんだろう。ギガスはあれか。純伝説か。そう。で、クリセリアも純伝説だな、多分きっとな。で、グレイシアはブイズだね。氷の姿の EV やね。そう。戦国来たか、大仏さん来たか、大仏、守りの大仏。戦国と言ったら俺、守りの大仏のイメージが強いかな。なんだっけ、大仏出してなんかすごい守備してくるイメージがあるかな。そう、海軍のやつやろ。そうね。実際バウンティではどういう動きしてくれるのかわからないけど、ね、大仏のやつやろ。そう。醤油ケーキ S、ギガスってスロースタートなかったら使えたん逆にね、スロースター出した後にスロースタートがあるから、単発向きの、なんていうんだ、シングルバトルではあまり有効的に使うの難しいんだけど、かえってそのスロースタートとかをちょっとうまく利用して、ダブルパーティーで利用することはできる。逆にダブルパーティー向けないよね。ダブルパーティーで使っていくといいよ。だからまず俺ダブルパーティー、ダブル、バトルでギガスと他のポケモンが来たらサポートポケモンの方を先に倒してるから。そう、ギガスを孤立化させて、サポートポケモン打撃与える。ケッキングね。ケッキングも強い。うん。なんだ、ケッキングと。あと、ゴリランダーなんかも意外に使えるような感じがするけど。ああいうなんかその格闘系というかさ、なんかさ、なんか壁役にしたやつあれね、ケッキングとかね。あと、ヤレユータンなんかもいいんじゃないかな。ヤレユータンなんかもなんかあれ、あんまり使われてないけど有効活用したいな。醤油ケーキ S、ケッキングはチャーレムと組ませるとチャーレムね。チャーレムは、強い。そう。エアテラスさん来てくれてるし、ありがとう。いらっしゃい。雪だるま0109、序盤の手持ち紹介していい？序盤の手持ち紹介してくれ、ありがとう。めっちゃ嬉しいな。そうそう、采配あれ言うたん、そう、それ。よいしょ、ちょっと待ってね。ありがとうね。エアテラスさんもありがとうね。来てくれてるしよ。よいしょ。醤油ケーキ S、ケッキングとチャーレムのコンボがなぜ強いかというと、なんで強いんだ？ばあちゃんやめて。さっきのは良くなかった。発言的に。まあ、言わなくていいよ、母ちゃん。ばあちゃん、トラブルを余計に作るのやめよう。俺は、母ちゃんに対して言ってたけど、エアテラさんはありがとう。そう。会社のことは、俺が相談しとくから大丈夫。そう。まず、キッチングの特性は2ターンしか動けないじゃないですか。2ターン動けないよ。ばあちゃんと、ね、揉めてるだけ。お任せバトル11か。いいね。ニャオハレベル2、ディアルが72、パルキア70、ガベリアス60、ヒードラン、71、クレセリア73。なんで俺のコメントが出ないんだろう。スパム判定になると思ってます。
パワーをスキルスワップで交換します。おお、スキルスワップはね、交換してくれるから逆に優秀なんだよね。ニャオハウズ6だわ。ニャオはレベル6なんだね。うんリオ級 8.7 メートル。コメント出てるよ。コメント入れてくれてありがとう。醤油ケーキ S。そしたら無限に欠勤。無限にキック、無限にキッキングが違う。アディションに。最初打ったやつ全部ひらがなで打ってみて。まあ確かにね、チャーレムでヨガパワーでスキルスワップで交換したら、なんていうんだ、キッキングの技が無限に使えるよってことか。だから不利なところを、チャーレムの、スキルスワップで有効活用するってこと。あ、いけたでしょ。そうしかも通常と大仏形態の3つに切り替えられる。通常形態と大仏形態に、大仏、あれでしょ能力使用した方のやつでしょ。なんかそれはそれでいいね。エアーテアス毒。出たでしょ。たまに出なくなるからね、気をつけてね。いや、ケッキングの特性がヨガパあ、ワーケッキングの特性がヨガパワーなのか、元のパワーなんだ、特性なんだって、ケリオ級ッキング。 8.7 メートル。月々坊主。好きつき坊主かわいいね。制服着て撮影しよう。一回黄色ミッションだから一回みんなで制服着て、広場集まろう。でもそのヨガパワーになることでケッキングが無双します。26。つまりに神卓巨大化した時に卓をさらに形態になる。醤油ケーキ。マジやばそうだな。怠けだったっけ。生手か。なんか動かないんだよね、確かに。ギガスの上位互換みたいなね。醤油ケーキ S。後半に自信打てば粉砕できる。でいるんだね。逆に地震がね、当たった時に強いからな。あれ火力めっちゃでかいからな。醤油ケーキ S。ギガスのスロースタートはシンプルに数値が半分になるのがだいぶ痛い。まあ確かに数値半分になるのはね、あれ確かに痛いですよね。リオ級 8.7 メートル。美容院に行きたい。お、壁切るのかなパーマでもすんのかな。いいね。雪だるま0109。つててて。俺昔あれだよ。リオ級 8.7 パーマにはしないか。パーマはしない。ロングヘアショートヘアリオ級 8.7 似合わないか。まあ、そうだよな。俺なんか自然に天然パーマになっちゃってるで。なんかわかんないけど、氷川月ってパーマかけてないのに、自然となんかね、髪洗って乾かしたらなんか自然にパーマになってる。こってんこってんになってるよ。だから俺坊主が好きなんだよ。くせ毛ですごい勢いでね、あまりにもなんて言うんだ、ぐっちゃんぐっちゃになっちゃうから。しかしナスには勝てないらしい。ナスに勝てないやつを逆に出してきて、ナスの対抗策にしてるっていう作戦かな。俺が取ればいいのかなこれ多分。俺が取るんだね。マシュマロ26。腕多分運営ナス対策しなくなる説。リオ級 8.7 メートル。髪の毛染めたいよね。どう取るんだっけ。髪染めたいのか。ちょっと待ってね。取り方がわかんない。リオ級 8.7 メートル。何色がいいと思う？青。青かな。青か。青もいいな。青いいな。マシュマロ26。キサルみたくわざと対策キャラ出さないみたいな思考。ピンクかな。ピンクか青もいいな。逆にこう取ればいいのか。これ制服で合ってるよね。ブルーベリーの制服じゃダメなのかな。俺があれか。俺が間違いない。だってブルーベリーの制服じゃダメなのか。ブルーベリーならじゃん。
ブルーベリーね。これいいか。これいいか。これいいか。これでいいか。オッケー。 18.7 メートル。ピンクにしたいな。ピンクか。ピンクいいね。これならじゃん。こっちならじゃダメなんだよ。俺もピンクがいいな。ヒカはピンクにする。ヒカ天然パーマのピンクが見れるよ。これでいいのか。天然パーマのピンク。ねえ。取れるかな。レイジンネムにあるキャニオンエリアじゃないとダメ。キャニオンエリアじゃないとダメか。了解、行くか。行こう。天然パーマのピンクが見れるかもしんない。ヒカは月天然パーマだから。俺がピンクにしたら。あ、でも金髪もいいな、なんかな。あ、でもヒカが金髪にしたらなんか。8.7 メートル。月にピンクはないわ。月にピンクはないか。さすがにダメか。マシュマロ26。今なんてハゲのジジイから追われるゲームになってるから。ハゲのじじいから。そう、あれかななんだっけ。バウンティラッシュかな。月にピンクはないか。月はピンクじゃない方がいいんだね。逆に月だったら何色が似合うと思う？マシュマロ26。何のゲームだよ、ハゲのジジイから追われるゲームって。バウンティラッシュじゃなくて。7メートル。白か。ライブ 3D モデルに継承させた感じね。でもそれはそれでいいかもな。雪だるま0109。知らんゲームだな。うん。あれ、スマホにある意外に面白いゲーム。アイスカズヤ80さんいらっしゃい。ピンク好きなんだ。ほんまなの？刀って。スーパーサイヤ人になっちゃうから、慣れそうだよな。信長さんピンク好きなの？マジか。俺の知らなかった歴史の真実が分かってしまった。黄色ミッションが終わったんで一回サークル解散しますね。まあ、旗のきゲームでいろんな、なんていうんだ、ワンピースの登場人物を戦わせるのがあれの最大の目的のゲームだったけど、今は逆に環境キャラを戦わせて、ただ旗抜かせるだけのゲームになっちゃった感じがするよね。旗の意味がなくなったよね、昔よりね。だから、なんだろう、もともとのバウンティラッシュの概念っていうのがさ、いろんなワンピースのキャラを戦わせて旗を勝ち取って、てくゲームのスタイルなんだけど、いや、いいよ、やろう。そう。なんだろう。なんかね、自由にキャラが使えなくなってるよね。環境キャラしか使っちゃダメよみたいな理論になってるよね。そう。で、そのうちポケとかにもそういう風潮が来ないか心配でしょうがない。まあ、あれが逆にキャラが強すぎるっていうのはあると思う。和也さんもありがとう、来てくれてるしよ。ありがとうね。マシュマロ26。ずっとナス以外の人にずっとストーキングするというやつばっかり。醤油ケーキ S。合言葉 8PR。8PR6 か。ありがとう。教えてくれてありがとう。回線が止まった。マシュマロ26。逃走中みたいになってるわ。逃走中。逆に逃走中。まあ、逃走中だよね。だってね。ナスでしょ。でも今、クザン環境使えないんでしょ？のキャラでナス倒せないから逃げるしかない。まあ逆にそれほど脅威な、なんていうんだ、キャラになってるよね。皆さんもよかったら参加どうぞ。でも多分絶対あれだよね。違うなんだっけ、超フェスで新しいの来そうだよね。とにかくガチャだけ引いてるけどね。ガチャと育成しかしてね。来たい人いたらどうぞ。
あと1分あるけど。お待ちしておりますね。よいしょ。ラスチョコ隊長。お次参加どうぞ。とりあえず、次、なんだろうな。S 和也80、逃走中。ミッション80、賞金ボーナスを獲得せよ。見荒れしてに1体のハンターが放出された。1体放出されてるのやばいな。賞金ボーナスを獲得できる。賞金ボーナス。逃走成功。見荒れして確保され全滅になるかは、君と君のポケモンたちにかかってる。マシュマロカラスマさんが頑張ってくれそうな感じがする。めっちゃ落ちればいい。緑ロジャー。緑ロジャーが逆にあんなに格段的に落ちたのが意外だったよね。むしろ緑ロジャーが異常に落ちたのはやばかった。ミアレシティね。なんかゆかり様がなんとかしてくれそうな感じがする。行けるとこまで行きましょう。行こう。では行きましょうか。ね、緑ロジャーがなんであんな落ちちゃったんだろうね。キザルとかさ、ガープとかさ、クザンあたりが出てきてからね、緑ロジャーのね、行く末が怪しくなってね。お、青と黒ね。じゃあ俺は赤やるわ。赤と何があんだろう。緑だっけ。来たい人いたらどうぞ。これで逆にあれを、全部なんだっけ、取れたらすごいよね。テキパキ動いていきましょう。逆に少人数小規模だから逆にできることも増えそうだな。なんか取っちゃったな。何色を取っていいか分かんなくなる。マシュマロ26、施設次の超フェスも色星の誰かでまたナス強化されたりしてな。いや、逆になんだろう。もう、そうなんだろうな。結果的に逆にだよ。予想外のことが起きた。結果的になんだろう、課金ゲームだってことが分かったよね。運よくね、テキパキ動いていきましょう。はい、ナイス。ナス、五老星、でもあれだろうね、五老星の、キャラを、追加させてから、次のなんだっけ、今やってるそのエルバクとかのストーリーのキャラ出してきそうな感じ。守るときに守る。了解。守るときに守ろう。守ると。敵は動いていくぞ。マシュマロ26、まだミカゴミ以外取らんのよね。意外に来てないのも驚きだったな。ナイス、いい勝負。全員追加してから来ると思う。逆に環境が荒れに荒れまくって、それの対策として補正しながら出てくる可能性あるから。それで来ると思うな、多分。ね、逆に環境が荒れた状態で出てきてもおかしくない。マシュマロ26、それか次に来てまた色星で潰して夏を上げてくるか。どっちにしろ多分環境補正は入りそうな感じするよね。いや、それをばあちゃん言うからガタガタになるんよ。俺はそう心に言っただけで、ばあちゃんがそれを口に発するから逆にガタガタになるんよ。俺は素直にそう思ってた。でもやっぱりいいと思った。だからね、またね、それを広めるとね、母ちゃんが激怒して、めちゃめちゃになるからやめてねって話じゃん。そう。ね、ただ1万円ね、納めてるだけだったら、それを貯蓄したりだとか、貯蓄の分と他に1万円を貯めればいいんじゃないのって話をしたんだよ。そう。ね、ただね、そこでね、食費で浪費するぐらいだったら、1万円を貯金分と、その投資分と、でやればいいんじゃないかって言ったんですよ。ね。
ね、ただそのなんていうんだ、その消耗の予算でそれやるんだったら、そういう将来的なことを見据えた方がいいよねって思った。黒ひげとナスとサターンとガープとクロロドしかない。まあ、貯めてるだけでもね、普通にね、お金にはなるんでね。似てもさってもお金ですからね。ロー以外全員ジジイ。でも逆にトラファルガーかっこいいから俺好きよ。お、ありがとう、おもちさんも、雪だるまさんも。なんかラグいな。ラグい。ナイス。すごいラグかったな。通信網がラグかった。今、ガープとかね、キザルとかいるからね。ロー以外で、キザル、ガープ、ナスとね、おじさん多いな。逆にルフィがいないのが驚きないよな。逆にナミとかがめっちゃ強化されてきたりだとかしたいね。ハンコクとかね、セラフィムとかね、来てほしいね。まあ、それはそれで逆にあれよ、またワンピースの良さが、また、ワンピースバウンティーラッシュの良さがまた、なんていうんだ、評価されそう。なんだろう、ナミとかさ、ロビンとかのさ、めちゃ、強化されたやつがないよね。そう言ってしまえばそうなんだよ。そう。なんで、ストーリーに沿ってさ、アニメのストーリーに沿ってさ、あれさ、ガチャとか作ってるからさ、なんだろう、なんだろう、あれよね、逆にロビンとかさ、ナミとかさ、ありがとう、お茶さんいらっしゃい、来てくれてるしよ。お茶さんありがとう、来てくれてありがとうね。だから、全くストーリーと関係ないようなのがポンって出てきても俺はいいかなと僕は思ってね。よいしょ、お茶とわさんありがとう、来てくれてるしです。ありがとう。お茶さんありがとうね。お茶さん来てくれてありがとう。本当に嬉しいわ。よいしょ、今ね、鬼フェスやってんのでね、よかったら。どうぞ。いやー、なんだろう、課金に課金キャラみたいなね。あと2個。ティリティティ、ティリリ。やいなやつ、やったぜ。ブルーポイント集めしたいで参加してみますか。いきますよ。じゃあこれが終わったら、ブルーベリーポイントやりましょう。よろしくお願いします。鬼フェスが終わったらブルーベリーいやー、きついだけど全然頑張っていける。全然いける。逆に2人だから逆にいけるかもしれない。臨機応変にやっていきましょう。でも計算しながらやってくるんよ。いやー、だからそれをやると多分今度課金要素がなくなるよね。ウーロン茶さんもありがとう。よろしくお願いします。なんか課金がなくなる、課金要素がなくなる。あのゲーム結果的に課金ゲームだからな。天井まで5万かかるゲームだからな。でもあれよね。前よりか優しくなったよな。時間ロスしたわ、やべ。ミスった。もう、帰る場所わかんなくなってた。帰る場所わからなくなる日か。やべえな。赤は取ってくるとしよう。マシュマロ26、1万、かかるな。1万かかるんだね。でもワンピースバウンティラッシュに1万はさすがにちょっときついかな。なんだろう、逆に無課金で遊ぶのにハマってしまった。なんだろう、無課金で当たった時の喜びが半端ない。雪だるま0109、今やばいことに気づいた。今やばいこと、何どんなやばいことがあった？欲しがりです。危ね。追加コンテンツ買ってない。それは難しいな。マシュマロ26、運営は今後確率さらに下げようか検討してるらしい。入れろ間に合うか。
タイムアップかー。よいしょ。さらに確率下げようか。逆に離れていく人多そう。いやー、でも、よう頑張ったよ。雪だるまさんもね、追加コンテンツじゃなくても、他の、対戦とかも一緒にやろう、レイドとかも。そう、お金が貯まったら追加コンテンツやろう。じゃあ、ウーロン茶さん、ブルーベリーポイントやろう。いやー、もう一回リベンジしましょう。マシュマロ26、確率下げる検討って嫌がらせかよ。もっと課金してねーってことなんだと思う、多分きっと。醤油ケーキ S、やっぱ最低でも3人必要だよね、本当に。3人ぐらいはいてほしいところだね。じゃあ、ブルーベリーポイントやるか。マシュマロ26、10万とか来たら。10万来たら、いや、でもね、バウンティーラッシュとポケポケが優しい方だよ。勝利の女神ニケだっけ、あれなんか天井に確か5万以上はかかったと思うよ、確か。そう、ニケのなんかイベントのやつで、もう今改善したかわかんないけど、俺がちょっとやる前ぐらいのガチャなんかだと、なんか天井にね、10万とか余裕でいったらしいよ。そう。確定のキャラを出すのにガチャ回すのに10万以上かかったりとかっていう有名で。ウロンチャさんもありがとうございます。どうもよろしくお願いします。まあまあ、普通って感じかな、それは。ウロンチャさんもありがとうございます。今回に入りたい人いたら、ざんざん参加どうぞ。参加いいですよ。どうぞ。ラスチョコさんも参加どうぞ。じゃんじゃんご参加ください。マスカーネ EX が当たりそうになって当たらないという。黒ひげ。でもそこまでして黒ひげ欲しいかなんだろう、もう、逆に黒ひげ大変でもなんか落ちそうな感じがするからな。ラスチョコさんも参加どうぞ。今黒ひげ手に入れても、後の時代には多分ワンピースバウンティーラッシュの黒ひげなんか落ちてそうな感じですね。でも黒ひげを使いたいっていうのはね、率直な意見はあるよね。ラスチョコさんもどうぞ参加。いける人いたら参加。マシュマロ26、でもナスに潰されたんよな、今弱いで。逆にナスの方が欲しいけどな、俺。環境トップのナスが欲しいというかな。ポケモンの配信でワンピースバウンティーラッシュの配信話も聞けるというね、一石二鳥の素晴らしいコンテンツだよね。まあこういうのもね、価値ある話だからね、いろいろね。ポケポケの話も聞けるかな。ポケモンの話も聞けるかな。3万ぐらいか。ご飯作らないといけないから、食べながらする？了解。頑張ってね、ラスチョコさん。ナスは3万ぐらいか。ナス3、でもまあ、なんだろう、性能的にそんな感じなのかな。どっちがいいんだろうかね。どうしたんだろう。パルディアで遊ぼうか。もし追加コンテンツ持ってない人いたら。なんかすごいバグるんよな。持ってないか、了解。じゃああれやな。俺もパルディア行くわ。もう来なさそうだよな。なんか今年の終わりぐらいに来そうな感じがする。じゃあ、レイド開いてあげるね。パルディアの方にも行ける。マザマシン作ろう。泳いでるポケモン撮影しよう。泳いでるポケモンを撮影しよう。逆に 6V レイド開いたあげる。もう一回来てほしいよな。でもなんか今年の終わりぐらいになんかまた来そうな感じがするけどな。まだ最近バウンティーラッシュがソシャゲはメインなの。ポケポケとかやらんくなったの？マロってソシャゲ何やってんの？俺ね、バウンティーラッシュとね、ポケポケとね、いろいろやってる。あ、たこ焼きくんもいらっしゃい。来てくれてるしよ。こんにちは。ありがとう。ありがとうね、たこ焼きくんも。
あ、絡まれるのね。マシュマロ26。ポケモン、ログボならやってるから、対戦やらなくなっちゃったね。たこ焼きくんもありがとうね。来てくれてるしよ。じゃあ、このレイドよかったら来てみてください。雪だるまさん。パルデアさんのレイドなんでね。パルデアでも行け。ラスチョコ隊長、スキーマどこ？今はあれでパルデアだよ。醤油ケーキ S、後ででいいんで対戦行きますよ。いいですか？対戦しましょう。よかったらレイド来てくれたら嬉しいです。ラスチョコ隊長、雪山だね。これね、追加コンテンツの方だからね。逆に。ケーキ S、じゃあメンツ考えときますね。メンツ考えといてくれる。ありがとう、しゅうケーキさんも。逆にレイドもよかったらどうぞ。お、逆に、負けてもいいからやって参加してくれる。ありがとう。パルディアのでもこっちのレイドは参加できるんでね。不思議だよね。なんだろう、追加コンテンツでしかできないレイドはこっちならできるんだよね。これはね、意外にバグなのか仕様なのかわからないけど、なぜかできるんです。実は言うと。意外でしょこれ、ほんと。ねえ、謎だよね。バグなのか不具合なんかわからないけど、できるんですよ、実は言うと。よし、ペパーの、デッキカード手に入れ、プレイマット手に入れたぞ。どうぞ、じゃんじゃん参加して。お、ありがとうございます。めっちゃみんなでブルーベリーポイントやっていきましょう。いろいろやればね、楽しいんでね。順番にレイドとブルーベリーをやっていけばね、安全です。今仏部屋さんもありがとう。そう、レイド、そう。サークルやってる人じゃないとできない。お、小さじの灯台かないいね、最初のやつよね。よいしょ。じゃあ誰も来ないからね、逆にスタートするよ。ちょっと待ってね。小さじの灯台いいね。俺も小さじの灯台好きなんで。あそこ本当にね、夕日綺麗だよね。夕日を見るのがなかなか。レイドからで入れますよ。レイドに参加するってやるとね、サークル入ってる人限定でこちらが表示されますね。これで入れるとは思うんだけどな。醤油ケーキ S、使うメンツ考えてきました。使うメンツ考えてきてくれてありがとう。やべ、始めちゃったお前。さあ、始めない方がよかったかな。始めない方がよかったかな。これでもしダメだったらもう一回やってもらおうかな。雪だるま0109、今からディアルガのでチームバトル成功する。頑張ってね。ディアルガでね、徹底的に倒しちゃえ。カラマネロ倒せるかな。これが終わったらラスチョコさんにランクマ戻ってくる。ランクマなんかもう順位がつかなくなるんでしょ、ランクマって。ね、無限に対戦できるランクマになっちゃうんですよ。順位がつくのはついこの間までだったんだよね。1週間ぐらい前か。つい1週間前ぐらいまで順位がついたんだけど、今後のランクマはもう順位がつかないんですよ。アシッドボム。ね。だからあれだね、懐かしいね、ほんとね。いろいろと、月し、ランクまで勝つますってよく言ってたな。どうしたんやろ。まあ、俺はあの人を超えるのが目標だからな。戻ってきた時に徹底的に倒せるぐらいの力でいなきゃね。それまで技術と連動を磨いていかなきゃね。いつでも対戦挑まれても徹底的に倒せるように。あそこを支持してる人たちと対戦が行われた時でもいつでも勝てるように。日々連動を上げてます。醤油
KKS、今マスターランクの6000。マスターランク俺はね、スーパーボール級だね。スーパーか、まだハイパーまで行ってない。スーパーの手前だからね。なかなかマスモに上がれないんだよね。やろうと思えばいけると思う。本格的にやる時期はやってね。ポケポケも、スーパーで止まってる。逆にマスター上がれないというね。でも、スマブラの VIP よりかはね、多分ね、まだね、勝てる自信はあるよ。そうね、こっちは練習と、なんていうの、育成をちゃんと積んでりゃ勝てるかな。計算とな、とな。作戦とな。うまいこと攻略していきましょう、一緒に。できることから一つずつね。カラボロチャージで。よし、回復した、ナイス。これでやわんだ。ひっぺ返すマジやばいな。マジひっぺ返すやばいんだよな。アシッドボム。基本アシッドボム。アシッドボム。おいやー、ポケモンなんかね、ストーリーをね、なんかスキップできる方法あるんだよね。なんだっけ、ストーリー、重要なストーリーをスキップするっていうモードがあるんだけど、それ使えばスキップできる。特にストーリーをあまりなんていうんだ、まあなんだろう、見なくても構わないかなって人ができるやつあるよ。お、誠朝日さんも来てくれてるし、ありがとう。来てくれてるしです。誠さんもありがとう。スキップすることは可能だね。そうストーリーを一切含まない、モーションすることは。設定でできた、確か。誠朝日さんも、こんにちは。来てくれてるしです。ありがとう。ムービースキップがないんだよね、そう。ポケモンにね、追加されてほしい機能、ムービースキップなんでね、言われてみればないんですよ。マシュマロ26、ソシャゲならモンストとポケポケと全ゼロとバウンあ、全ゼロやってんだね、いいね。モンスター、俺もね、モンストどちらかというとね、ログイン勢になっちゃったな。そうログボだけだよ。やってるよ。これ追加コンテンツですね、今やってるのは。今やってるのは追加コンテンツやってます。今やってるのは追加コンテンツ遊んでますね。今はモンストログボしなきゃな。定期的に。スマホ見て。誠朝霧6823、あっちいける？オッケー。欲しいでしょ？うまいよな。モンストも一回データ飛んでるからな。もう、データ連携しないとな。いや、やってたけど、最近はやろうと思ったんだけど、容量がないのと、ストーリーに時間がかかるからなかなか触れてないかな。アプリだけはやって、序盤だけやってやめちゃったかな。また、再度やるとなるとやるかもしれない。泳いでるポケモン撮影しよう。ディアルがいいね。ディアルが持ってんだね。逆にディアルが、そう、ストーリーが長い感じがする。ストーリーを楽しむためにストーリー配信をしたら逆にいいかもね。全ゼロをリセマラして、なんだっけ、ストーリーとリセマラをメインの配信をやるのも楽しそうってところはあるかな。みんなで見てストーリー学べばさ、逆に面白そうだと思うんでね。一人でやると難しいけど。そう。すべて野生のポケモンに出てるか。いや、逆に。お、いきますよ、イワンさん。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、黄色ミッションが出たらやりましょう。ちょっと10匹倒してね。順番にね。マシ
シュマロ26、土砂ゲ無課金縛りワイは、俺も基本無課金縛りで、無課金とリセマラは必須条件だから。なんかリセマラ規約でやっちゃいけないゲームとかもあるから、それは気をつけてね。やるときはちゃんと規約見ようね。うん。ねばあちゃん頼むから母ちゃんには言わないでね。だから、追加で1万貯金したいよってことだけ言っといて。そう。食費は1万入れるから追加で1万貯金にしといてって。うん。だから、その1万、俺が入れる1万に関しては、一切手つけないで、そのまま別口座に入れてねってことを言っといて。そう。将来のために貯金したいよってこと。そうそうそう。よいしょ。場合はリセマラもしないから、リセマラしなくてもいいよな。リセマラしたければすればいいけど。お、野生のテラスタルポケモン。やり方うろ覚え。マロはリセマラやってないんだね。まあ、リセマラしちゃうとデータが飛んじゃうからな。そういうデメリットあるよね。まあ、データが飛んじゃうからな。逆にサブアカを作りすぎると今度はそれでなんだっけ、サブアカをたくさん作ってはいけませんっていう利用規約にも反するからな。そう。ね、最近は全然ポケモン SV やってないからなって。ねえ、ポケモン自体がね、あれだもんね、ZWay とかね、ポコアポケモンとかが流行ったから SV よりの新しいなんていうんだ、ソフトが出たから SV が下火になってて最近 SV やらんくなったよねってところあるね。でもZA の追加コンテンツでシャリタツが出てきたのは驚いたけどな。まあ、ネタバレになるからこれは言わないわ。これ以降は。で、スケールショットで。まあ、あそこでちゃんと伏線回収してくるさ、ここのなんていうんだ。任天堂ゲームフリークのね、作品の作り方よね。過去作に若干繋いでくるのね。そう。ストーリーのね、ポケモンとかね。あれはほんとすごかった。いいなと思う。ナイス。あれだ。モンストダウンロードに時間がかかりますだって。よし。火炎自死。はい、モンスターボール使えねえ。モンスターボール。モンボ。当てろ。ナイス。ねえ、もう逆になんだっけ。モンストの石はね、魔法石はね、190個だから今日で200個溜まりますね。モンボ使えないからもうそのまま雷撃で。もう一回開けようかな。なんかね、今日またコラボ来てるね、なんかね。てれてててれてててってね、いいよね。ドンチャとは、このスバかな。このスバ来てんだ。知らんかった。言われてみりゃそうや。あれだ、なんだっけ。メグミンとかなんでしょ、メグミンとか。アクア様とかね。概要欄参加方法のみって月さんが案内するんですか？そうですね、概要欄ね。俺が案内してますね。パモ VS ディアルガ。ディアルガも確かに強い。俺ディアルガ好きだな。いや、逆にディアルガとパモ、どうだろうな。ポケモン本編で戦わせるのも楽しいけど、ポケポケだったら逆に、その展開あり得るんだよな。でもタイプ相性不利ではないからな。逆にディアルガを倒すパモを見てみたいかな、俺はね。まあ、俺が案内する感じだね。うん。マインクラフトいいね。実写版見たいね。見たけど、ネザーゲートが青だったのに驚いたけどな。そこ以外は原作再現だった。ラスチョコさん呼んだって。いや、別に呼んでないよ。ネザーゲートが青だったことには驚いたけど、それ以外は本当にちゃんと原作通りに作っててよかった。
写版しか。俺の顔さらさないでね。ナタ君、俺の顔写真持ってるからな。俺がディスコードで顔さらした時にパッとスクショしたからな。なんか俺が悪いことしたらナタ君に全部バラされそうな感じがするんだよね。氷川月の顔写真でーすって言ってボンボンぶん投げられそう。ファモ VS ディアルがいいね。ディアルガ VS ダークライもあったね。逆に最後どうしようかな。道具10個拾ったら。まあ、キリがいいし、やらねえかなかった。雪だるま0109、ディアルが言うこと聞け。いやー、まああれだね、ジムリーダー解放してないからだね。で、黄色はどうしようかな。次のレイドが終わったら一回解散して、醤油圭一さんと対戦したら、もう一回サークル開くので、そしたら次にね、誠朝霧さんにやってもらうと思います。おいよ。じゃあ、一回今のサークルちょっと次のレイドで締めるんで、それが終わったら、一回醤油圭一さんと対戦したら、もう一回レイドを開けます。それでいいですかね。で、行きましょう。A マイナス ?A マイナスさ、なんだそれ。朝霧さんもレイドですね。ヒントのモデルポケモン捕まえ、来たかよかったよかった。人生つらいね。マジかよ。ヒントのモデルポケモン捕まえ、来たね。オッケー。これが終わったら、レイド終わりで。サークル終わりで。よいしょ。雪だるま0109、リアルがブスパモが勝ちそうな。パモ勝ちそうだよね。なんかね、逆に勝ってほしいかな。ヒントのもとに。バーチャルポケモン、速攻わかった。最初からバーチャルなのに、バーチャルつけると余計 VTuber に見えてくるの。なんでだろう、これ。速攻わかった。わかった。もうわかった。有名な事件を起こしたポケモンですよ。バーチャルポケモン。速攻わかったよ。ポリゴンです。アニメで気になってしまった。ポリゴンです、ポリゴン。リアルガが残り100くらいで勝利。ディアルが100ぐらい残って、ディアルが、そうだね、ディアルが、元々の個体値とかね、HP が高いからね。逆にポリゴン、ここら辺にいたよなかったっけ。ポリゴン。昨日6時間連続地下はと通話した。その後寝落ちしてたけどね。ポリゴン探せ、ポリゴン。寝落ちしちゃって、気がついたら俺も寝て、いた。ポリゴンちゃう、ポリゴーンだよ。ポリゴン、いるかなポリゴンどこだっけ。ポリゴン。誰か見つけてくれたら嬉しいです。ポリゴン。昨日はぐっすり眠れてる。250なんだね。ポケポケだと150だったけどな。ゲームの方だと、マックス250なんだね。どうしよっかな。逆にポリゴンがいたかな。ポリゴンが逆にいない。雪だるま0109、技構成も考えなきゃ。まあ、考えないとダメだよね。どうやって考えていくかだよね。逆にいろいろ考えていきましょう。バーチャルポケモンポリゴンだと思うんだけどな。
マシュマロ26、マーナスはアニメでもバケモンだったからな。うん。確かにアニメでも強かった。雪だるま0109、クスプ275。XP275 は、あれか、コメントのやつか。パシフィスタ凍結状態にして機能停止にした逆にパシフィスタも強かったイメージあるけどな。なんだっけ、腕からビーム発射してくるやつだからね。なんか、海軍が作ったなんだっけ、なんだっけ、動くやつだよな。なんだっけ。バウンティーにいたよな。なんか腕からパチン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 ピンピンピンみたいな感じでなんか撃ってくるやつでしょ。名前、なんだっけ。マシュマロ26、パシフィスタを瞬殺するから。あれって実際強いの、パシフィスタは。そう。あ、これしちゃった。マシュマロ26、いないと普通に勝てない敵。覇王色な。じゃああれやな。シャンクスとかだったらいけるな。マシュマロ26、なんなら2年前のルフィたち負けたから。2年前ルフィね。なんだっけ。ああ、逃げられた。やばいな。レイリーの時は何年前だっけ。レイリーの時はまだいないもんな、確か。レイリーの時が、何年前だ、あれ。なんかみんなバラバラになって鍛えたんだよね、確かに。再開したんだよ。マシュマロ26、レイリーと会う時は2年前。あれが2年前か。で、強くなって、一回レイリーにすっごい勢いであれだよね。鍛えてもらったんだよ。それが2年前か。で、レイリーは実は言うとタンクスのところにいたんだよ。なんだっけ、なんかレイリーがさ、俺は、なんだっけ、ルフィが俺は海賊王を目指すって言った時にさ、レイリーの後ろにさ、なんだっけ、ロジャーのシルエットが浮かぶシーン俺好きでしょうがないんだよな。きっとレイリーは多分ロジャーのことを思って、思ってたんだろうなって思ったもん、その時。そう。何をやらかした？全員こだわりスカーフ持たせる。まあ、それもやり方の一つやな。こだわりスカーフ持たせていいわ。俺は海賊王になる男だって言ったとか、あのシーンが好きすぎる。そう。で、なんだっけ。レイリーの後ろにあれでしょ。ロジャーのシルエットだかなんか背景が映ってくるシーンを扱った。コントローラーを壊らしてしまった。残念やな。やばいな。どうしよう。スマブラできないんちゃうかな。物理的に壊れたのか内部的に壊れたのかわかんないけど、一回サークル解散するね。ヒロさんちょっと写真見てみるね。いいね、ポリゴン。かわいい。ポリゴン。サークル解散します。じゃあね、衝撃さんとちょっと対戦してね。ありがとうございました、ロンチャさん。ロンチャさん、ありがとうございました。98.7メートル、コントローラー投げちゃった。投げちゃったか。もうそれってコインに？それともなんか間違えて。待ってますよ。大丈夫ですよ。焦らしちゃってすいませんね。なんかイライラしちゃって何だったパターンかなわかんないけど。けどまあ失敗は誰にでもあるからね。いやー皆さんありがとうございました、本当。草分けだよな。イライラしてないじゃったか。
まあ、そんなこともあるか。誠朝霧6823、笑い。お、まあ、イライラするよな。逆にここのポケモンたちを倒してポイントを貯める。スマブラだと思う。今日は9時までやるよ。スマブラだと思う。スマブラに類なしだと思う。もういいですよ。対戦しましょう。いいですよ。スマブラだったら特にイライラするよね。じゃあ、ウロンチャさん対戦しましょう。よろしくお願いします。今、ブースターをちょっと作ってる途中のシングルバトルでよろしくお願いします。伝説1体でも2体でも大丈夫ですよ。私は1体しか使わないですけど。伝説なしのガチ勝負でも全然大丈夫なんで。基本俺ルール無用が好きなんで。4567でご参加お待ちしております。ウロンチャさんもありがとう。またどかすかね。うん。雪だるま0109。月さんちょっとだけバイバイ。あ、バイバイ、またね。テレビ投げそうだった。テレビ投げたら逆に危ない。やばい。テレビ投げたら物が壊れちゃう。それはあかん。それはあかんな。マシュマロ26、全国が攻撃すると寺の鐘の音する。まあ確かに寺のお金の音しそうだよな。オッケー。結構。拷問ってしそうだよ、なんかな。なんか大仏使ってるからね、戦国の。逆にあれなんか守りのイメージがあるもんな、戦国は。マシュマロ26、世界マサラ何で頂上戦争をするのかは謎だが、リオ 98.7 メートル、オンラインの問題からもうやんない。やんない。俺は負け続けてもやるけど、まあリオさんがそう思うんだったらね、やめてもいいんじゃないかな。誠朝霧6823、ウロン茶さん。第2回戦目も勝ちたいな。絶対。炎の渦だな。炎の渦だな。それか、火力上げてくる感じで、超うまいな。では、ならば、こちらから勝負をさせていただこうじゃないの。素早さがあるよね。身代わり。このガブリアスはね、攻略本とね、俺の知識とね、AI によってね、分析されて作られたね。音消して込められて隠してるね。さて、いろんな力を得たガブリアスは勝てるのだろうか。身代わり型ガブリアスって珍しいし。俺が出した答えですよね。これでこんなに言って負けちゃったらあかんしいな。次の前。炎の渦くるよ。やばい。ほら来た。燃えた。身代わりが消えたね。一段階。いや、けどは辛い。
スケールショット。どっちマシュマロが上がるかな。26、金と枝まさかの戦国の大仏形態の父上げ。要求 8.7 メートル、強くなりたい。強くなりたいか。俺も強くなりたい。戦国の大仏形態が、マジそれやばいな。俺も逆に強くなりたいな。強くなれる理由を知らない。2発か。2発しか当たらないのきついな。ここで止めらんなかったな、相当痛いか。はい。朝日の日だし。ガブリアスで耐久、ウルガで耐久してくるか。逆にボルチェン。はい、超前。マシュマロ26、まさかの戦国か。いやー、耐久だったら俺の耐久で使えばよかったな。ステルを巻かれなければ大丈夫なんだけどな。高速移動。マシュマロ26、靴が来たか。お前される。あ、普通にそうだよな。絶対0度。当たれ。当たらない。やべえな。もっと緊急せねば。タイプ相性不利で挑むのが間違えた。要求 8.7 メートル。録音してこようかな。ぜひともしてほしいところあるな。スケールショットで落とせるかな。要求 8.7 メートル。じゃあね、またね。なかなか落とせない。そうだ。ウルガモス強すぎ？逆にウルガモスやばすぎる？これはもう早くブースターを完成させねばな。いやー、大変ありがとうございました、ウーロン茶さん。ブースターを完成させねば。ウロン茶とは、いやウロン茶さんありがとうございました思ってたんですけどね。いやー、バド使ってよければ、また次の対戦に来てくれた時に使えますね。ちょっと待ってくださいね。もう一回育成したら、もう一回、お時間ありましたら、もう一回対戦しましょう。バドを使ってよかったんですね。使っちゃさすがにまずいかなと思って使わなかったです。一応、次参加希望どうぞ。ちょっと待ってね。ウロン茶とは、ぜひお願いします。お、了解です。醤油ケーキ S、2、3バド使っていいですよ。バド使っていいですか？では、遠慮なく使わせていただきます。
今ね、野生の技マシンで必要なね、ポケモンをね、ちょっと集めてるからね。こういうね、ミニポケモン、小さいポケモンをね、技マシンで足らなかったりすると使えないから。最強型ブースターを作るために使え。こういう細かい作業も大切なんやで。こじょんとこじょんと。方々いっぱいいるの。あ、ナルトスいる。ポケポケだったらでかいイメージがあるけど、ここのラルトス小さいんだ。ディグダいなかった。なんでもディグダに見えちゃうな。ピカの心がすさんでる証拠ですね。なんでもディグダに見える。なんでもディグダ。これはちょっと問題あったじゃないですか。なんでもディグダに見える。ピカチュウいたな。たまにピカチュウいるんだよね。ここは北上にしかいないポケモンがいるから。どんどん倒していくと。ボーボーめっちゃ取れるな。イエスさんいなかったかな。捕まった。電磁虫やん。電磁虫じゃないか。順番にやっていきましょう。ちょっと待ってね。今、ミニポケモンの、あれだからな。技マシンのためにいろいろ集めてます。ルンバッパとかいるやん。ハスボーか。ハスボーあんまり見ないよな。ハスボーって対戦で見ないよな。使い道あるのかな。逆にマイナーポケモンで戦いたいっていう欲求はあるよ。マイナーポケモン縛りとか面白そうだな。イワンコいる、イワンコ。ルガルガン。ホワイトさん、こんにちは。来てくれてるし、ありがとう。ホワイトさん来てくれてるし、ありがとう。いらっしゃい。今ね、ちょっとね、技マシンをね、作るためにね、北上のポケモンをひたすら倒してますね。電気と水タイプと草タイプのポケモンを集めてます。あ、チュリネいた。問題の技マシン作りたいときにチュリネいた。よかったな。よし、オッケー。チュリネの、いや、ありがとう、ホワイトさんも来てくれてありがとうね。来てくれてるしよ。OIP8i、好きさん、わかってる僕、昔いた稲葉さんで覚えてるよ。今の稲葉さんでしょ。稲葉さんからホワイトさんに変えたんですよ。覚えてるよ。でも今の名前でお呼びしますね。昔の名前でお呼びした時にちょっと混乱する可能性があるので。あえてね、新しく名前変えた人はね、よっぽどなんていうんだ、その人とね、なんていうんだ、前の名前が特徴的じゃなかったりするとね、新しい名前で呼んでますね。例えば、ブルーさん、白達青人さんに変えたけど、なんで白達ブルーさんって呼んでるのっていうのは、まあ、ブルーさんとはまだ長い縁っていうのはあるけど、まあ、稲葉さんは今の名前の方でお呼びした方がいいかなと思ったから呼んでます。
難しいね、こればっかりだね。まあ、稲葉さんとはもう親しいからね。昔の名前で呼んでも全然大丈夫なんだけど。ちょっとなんか言い方に問題がありそうだって、ちょっとすまなかった。ちょっとうまく表現できずすいません。まあ、ホワイトさんも来てくれてありがとう。そろそろあれだな。そろそろ作れそうだな。ちょっと待ってね。ルースは作れそうな。大丈夫。たまに、なんだよ。アドハドの症状で不適切なこと言う可能性があるからな。意図的に傷つけようとしてなくても、なんか言い方の問題で傷つけることが多々あってね。それ以来はちょっと怖くてね。あんまり言えないところはあるから。技マシンを作る。草分けで、草分け、はい、草分け。草分けして、はい。で、OK。まあまあ、それは大丈夫。すまん。で、草分けに変えました。草分けに変えて、で、草分けに変えて、守るでしょ。後藤さんいらっしゃい。ニートになりそうなんで。ニートになるんだったらお金を稼ぐ方法を学べばいいよ。勉強できないんだったらお金の流れを学べばいいんで。いっちゃんそれが一番強い。そうお金を知ることによってお金を増やす方法を考えた方がいい。後藤な ONHI、なんとなく笑い。貯めてるだけじゃお金は増えないから。お金の理論を知ってれば本当にお金は自然についてくるってなんか言ってたね。てかね、いろいろ最近そういう関連で勉強してて分かったことなんだけどね、お金持ちはね、お金を支払いの道具だと思ってないんだよね。言うてしまうとね。あれ、俺とね、お金持ち何のその価値観が違うのかなと思ったら、価値観の違いなんですよ、言ってしまえば。あの人たちってね、お金使うのはね、自分への投資だと思ってるらしいんだよね。だから、なんていうんだ、お金を支払いのために使ってないんだって。そう。ロブロックスは、まあ、再来週かな。そう、らしいよ。そう。だから、貧乏人は生活のために働いて、あの人たちは、お金を増やすためにお金を働かせてるって理論になるんだって。だからなんか、働いてるのが馬鹿らしくなっちゃうね。そう。なんかなんかね、それ言われたらね。ロブロックスは来週はフォートナイトで、その次の週やるよ。そう、それ聞いた瞬間に、じゃあ働く意味ってないんじゃないかってことになっちゃうよね。そう。って思っちゃったもん、そんな。そう。でも、それが正解なのかって言ったらそうも思わないかな。来週がフォートナイトで、再来週にロボロックスやるよ。そう。ね。てか、そのような人たちがね、ひたすらそうはびこってたらね、自然とね、世の中もね、そういう考えになるよね、と思うよね。だから今の世の中すさんでんのはそういう原因なのかなってことでしょったね。いろいろ考えちゃうけど。来週フォートナイト、再来週がロブロックスだで。まあ、人の価値観に文句は言えないけどね。ポイントマックスで当てていきましょう。でも結果的に働いてる人がいなければさ、あの人たちだってお金生み出さないしさ、ね、実際動く人たちがいないと何もできないことを分かってないんだよね。そう。いや、みんなありがとう来てくれてるし。だからありがたみを忘れちゃってるというかね。って俺は、思うところはあるかな。テラスタイプは何だろう。待ってね。よいしょ、OK。ロブロックスは来週、再来週ですね。来週フォートナイトです、再来週。
油ケーキ S。いいよ。了解。ちょっと待ってね。じゃあ、醤油ケーキさんと、から元気をうまく使うならノマテラだね。そう、ノマテラにしよう。醤油ケーキさんと対戦したら、ウーロン茶さんと対戦して、それが終わったら、あれやな。ブルーベリー開こう。あ、ごめん、無音になっちゃってね。逆に V ズパになったな、これ多分。ほとんど V ズパなんだよな。大谷くんを外してブースターにするか。オッケー。ガブリアスのこと大谷くんって言ってるから、ね。身長が同じだからね。身長も体格も似てるね。重さも同じ。重さはどうだろうね。わかんないけど。身長は190センチ超えだから間違いないと思う。北海道、東北地方ゆかりだから。そう。だからあれよね、ベッドとか、彼がもしあまり痛くないけど、亡くなった時なんか棺を用意するのに職人に作らせる一級品だろうね。多分。そう。なんだ、すごいでっかいやつだから特注品だろうね、全部ね。服だってあれらしいよ。一般の既製品が入らないから、自分のところの契約してるスポンサーのところに、特注で作ってる説は出てるよね。そう。入らないんだよ、既存の商品が。足が大きいし、体がでっかいから。そう。って言われてるよね。だからアジタスの中でも大谷選手に合わせたアジタスグッズなんで言ってしまうと。まあでかいね。もともとは奥さんもバレーボールじゃなくてバスケットボール選手やから。かといって子供が大柄かって言ったら絶対子供大柄じゃない説あるです。逆にスポーツ選手じゃなくて違う道行く可能性だったらあるかもしれないですね。でかいと思うよ。二人の遺伝子ついたらね。まあ、でかくて運動神経がいい。でっかいのは、でもどうかわかんないよ。突然変異が起きるかもしれないし。ね、必ずしも遺伝が継承するとは限らないしね。ね、何かしらの
遺伝バグだって存在するからね。さあ、我が日だまり団が開発したね、AI 型ブースターはね、AI と非化付きのね、能力値によってね、作られたね、非化型ブースター、どっちが買ってくれるでしょうかね。AI で作らせたブースターですね、これはね。AI と非化の能力が入ってるから。さあ、醤油ケーキさんの技術が勝つのだろうか、チャット GDP のAI 型ブースターが勝つのか、どっちが勝つのでしょうか。なかなか難しいです。これは醤油ケーキさんに勝ってほしい、正直なところ。サイボーグか、リアルな人間が作った、育成か、鉄の餌か、珍しいな。所定守るだよね。でも、氷川が運用方法を正しくしとかなきゃな。守る。守る。やっぱり自信出してくるよね。一発。はい、独特。草分け。入ったー。おっとここで AI ブースター AI ブースターまさかの AI ブースターまさかの強制退場。こうなったらAI ブースターがまさかの強制退場しました。緊急事態。 AI ブースター AI ブースターまさかの緊急退場。まさかの高速移動。マシュマロ26。緑ロジャー100レベルにしたら強い。100レベルにしたら強いか。そんな強いんだね。絶対0度。マシュマロ26。黒ひげとガープより黒ひげとガープよりも強くなる。マジか。緑ロジャーじゃあ緑ロジャー育成しようかな。やっぱり人間が作った強かっただろ。人間の手には及ばないですよ。絶対0度。外した。トリックルーム。マシュマロ26。イカは黒ひげとガープ何かに負けんな。いや、負けないけど、負けそうで怖いな。ブリザードランス。燃えたわー。やべえな。氷対氷の対決。よし。馬対決するぞ。ユマー V 好き。白バド氷タイプなのでレイド効きません。レイド効かないのか。それは読んでなかった。俺はあまりポケモンまだ詳しくないから、もっと勉強しなきゃな。今 V さんもありがとう。ブリザードランス。だか当てていきたい。アストラルビット。よし、ジェイチャーナイス。ネクロズマか。裏ネクロズマだったか。
トラビット。メテオドライブ。うわいやー、辛すぎる。いやー、対戦ありがとう。よし。じゃあ、そしたら、いやー、正直さん対戦ありがとうございました。いや、いい試合ありがとうございます。対ありです。いや、負けちゃったよ。残念だよ。悔しいよ。また次頑張ろう。いやー、シューケーキさんありがとうございました。もう一回ウーロン茶さんと対戦したら、もう一回サークルやりましょう。そしたら、ラスチョコさんとね、もう一回サークルやりましょう。いやー、シューケーキさん対戦ありがとうございました。いい試合ありがとうございます。ウーロン茶とは、タイヨロです。ウーロン茶さんよろしくお願いします。じゃあ、AI、ブースターを召喚するか。もういいです、大丈夫ですか？了解です。いきます。醤油ケーキ S、ブースターの耐久ならわだちの地震帯。わだちの地震帯ね。やはりか。読まれてたか。わだちもな、久しぶりに使ってみようかな。わだち育成したことないんだよな。醤油ケーキ S、わだちってブエナ持たせたら黒バドの素早さ抜けるんですよ。ブーストエナジーを持たせると黒バドの素早さを抜けるんです。そこまでいけるとは思わなかった。わだちの強さがそこまであるとは思わなかった。醤油ケーキ S、スカーフバド以外なら基本的に抜いてると思いますよ。スカーフだったら技1個しか使えないけれど、1回撤退。俺たすき型だからな。岩が偏り始めたな。アストラルビット。どうだ。ドラゴンテール。痛えな。ドラゴンテールじゃないか。畑落とし。だかな。ブースター。ダメで削られてく。マジン。誠朝霧6823、頑張れ。もう誠朝霧さんありがとう。頑張るよ。ドラゴンテール。逆にドラゴンテールで畑落とし作戦か。来たぞ来たぞ来たぞ。緊張感緊張感。悪巧み。悪巧みした瞬間に畑落とされたら洗っちゃうな。アイアンヘッド。これで落とせるな。よし。
グリジラス抜いた。ナイス。ここまで来るのになかなか難しかったね。ハリーマンか。色違いか。マシュマロ26、ピタゴラスの定理。ピタゴラスの定理。ピタゴラスイッチなのか。バドをここで殺したかねえな。ピタゴラスイッチって。ミニって、ピタゴラスイッチミニは短いんだよ、確かに。独特かな、これ。なんだー、尖った今、めっちゃ急所当たってんじゃん。急所めっちゃ当たってる。異常な数の急所当たってる。おい。種休め。自爆。うわー、なんかすごい戦法取っていったぞ。マシュマロ26、トイレがトランペット。トイレがトランペットだったらどうすんねん。小さすぎねえか。なんか、どうやってするねん、大を。偉大刀か。偉大刀どの戦いだろう。オドリックス。アストラルビット。落とせる。落とせないのかい。早いかー。草脇が当たるかな。草脇当たんなかったらこっちの負けなんだよ。スピード。最後、草脇。あー、守るでいけばよかった。いや、大変り。いやー、ウーロン茶さん対戦ありがとうございました。いい試合ありがとうございます。いや、負けちゃったウーよロン茶とは、対ありでしたが、いやー使うの難しいですね。いや、なかなかブースター使うの難しくてびっくりですよ。もっと勉強しなきゃあかんですね。いや、ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。じゃあ、鬼フェスじゃなくて、あれいきますか。よいしょ。ブルーベリーいきますか。難しかったです。ありがとうございました。誠朝霧6823、開いてください。お、よかったら、夏チョコさんも参加どうぞ。朝霧さんも。誠朝霧6823、ユニオンサークル。ユニオンサークル開くよ。ウーロン茶とは、枠余ったら行きますお、どうね。ぞ。参加、よかったらどうぞ。何これチャット DDP 使ってんの、使うこれね、アンケートだから、良くないと思ったらこれで送信しちゃっていいんだけど、こういうの出た場合、自分が良いなと思った数、星の5から、好きな数字、1から5まで好きな数値を打って。ね、ばあちゃんの場合、チャット DDP 好きじゃないから1か2でいいと思う。やりたい数を押して、それでここを置けば。で、なんかチャット DDP に改善してほしいとか、不正な情報とかある場合は、ここに、ね、ばあちゃんが思っていることを入力して書けば、Google 側がチャット GPT の方に、これ、良くないアプリだから改善求めてねって出るから、書きたがってやると。なければ、ちょっと待って。でっかくないなんででっかくない
なんだろう、これでいいんじゃない？変わったんじゃん、これ。何だったら俺送信でいいと思う。もうこれ戻った。これでこうなったら送信。送信、ただのアンケート。ああ、サジーさんも来てくれてありがとう。それね、ただのアンケートだから。いいね、もういいよ。お、ラスチョコさんどうした？入れなかった？無言だ、大丈夫かい？ラスチョコさん入れなかった？もう一回開けようか。マシュマロ26。高カカオより作るのがいい。作るのが一番いいよね。作ったら使われてるな。ラスチョコ隊長、いやいい了解。じゃあもう一回次に入ってもらおうかな。逆に作った方がいいよな。作れるほど、国家を自立さないとダメだ。貨幣を作れるようにと、また待つ？了解。貨幣を作れるほど強い国を作るしかないな。逆にビットコインみたいなやつを仮想通貨作れば政府の関与なしに効果作れる。で、あれだな、あれやな、ラブブをなんだっけ、刺繍で作ったらそれは大したもんだよ。あれをなんだっけ、刺繍とかなんか羊毛フェルトで作ったら大したもんだと思うけどな。羊毛フェルトと刺繍で。それはそれで見てみたい。あれはなんだ、なんだっけ、顔のところはちょっとプラスチック製品みたいなの使ってるけど、全部羊毛フェルトで作ったらすごくね。全部毛糸だけで作って。100均で作ってる人、技術力がすごいな。そういう人がなんか YouTuber やれば伸びそうだよね、なんかね。ナイス。500メートル移動か。500メートル行きましょう。逆に AI ブースターの運用方法を考えないとな。でも俺が思ってたブースターの運用方法と AI の運用方法がマジを合ってたからな。空元気型ね。あれみんなやる方なのかな。やっぱり生成 AI っていう理由が分かったでしょ。そう。あれは自分で作ってるわけじゃなくて、いろんな人のデータを蓄積して、それを学習して、答えを出しているから生成 AI なんですよ、言ってしまうと。だからみんなの答えを分析して、ネット上にあるものを見っけてきて、答えとして出してるんだよね。だからオリジナル性がまだ存在しないんだよね。逆にチャット GDP が、自分で考えてオリジナル性のものを生み出してしまったら変わっちゃうよね。物流系として使ってもいいかもしれない。火力特化って言って育成方法をやってたらあの数値を持ってきたからね。育成とでやってきたからね。なんだろう。逆にブースターの運用方法を考えたいね。なんだこれ。パモが進化。嬉しいな、パモ。なんだ、パモの様子がおかしいぞ。パモットに進化した。おー、ポテポテか突っ張りなんてできんの？突っ張り覚えるの。パモットを使ってもいいな、パモット。逆にパモットも使いたい。なんか、可愛いパーティー使ってもいいな。泳いでいるなんだっけ。サバンナエリアにいるポケモン撮影しよう。サバンナエリアにいるポケモンね。これか。
スマブラで今、今はポケモンでスマブラの財布のやり方を練習しちゃった。手を書いて、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 コライドンでやるとね、書いてんすよ。手書いて、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 あれ、Z でもいいんだよ。手書いて、手書いて、手書い、これ、手書いて、違うのよ。手書いて、手書いて、手、横、これが、横、やりやすいな、今回の。横、横、横、あまりね、ダメなんだよ。横。直帰を持たせるのもあれなんだね。直帰か。撮影直帰型ね。なんか、そのブースター前から前作ったような感じすんな。でもその運用方法もいいかもね。よし。イメトレしとかないとな。数やる財布打てるよ。スケールショット。ナイスお任せバトル10匹倒そう。お任せバトル10匹か。今日はだいたい何時までやろうかな。今日はね、伸びてるからね。7時までがいいね。7時までにしよう。7時までにして、7時に終わったらなんか、明日の準備したりだとか、動画編集するのはあれだ。質の高い配信を作るのは7時までがいいね。質の高い高品質な配信を目指すためにね。獅子子いるね。財布の練習もしないとな。和也使いになる氷川月。和也でもいいけどな。プロ2年のスイッチ2のプロコンがいかに強いかっていうのは分かった。またジョイフルローリングしそうな感じがするけどね。泳いでるポケモン卒でしょ。泳いでるポケモンね。見つかっちゃったわー。逆にポテポテ上級者になりたい氷川月であった。ショート動画しか再生されない氷川月であった。アーカイブでね、動画見てくれる人って意外に少ないんだよね。見てくれる人もね、少なからずね、見てくれてるからね。嬉しいよね。そう。でもあれよね、氷川の配信をアーカイブで知ったっていう人よりか、ライブ配信で知ったっていう人の方が圧倒的に多いんだよね。そう、いろいろ分析してみると。まあ流れてたら見たら、来るようになったって人が多いかなってところが多いかな。まあ確かに流れてるんだね、多分ね。流れてるのか流れてないのかわかんないけど。たまに流れる時もあるよね。どっちなんだいってね。やるんかやらないんかどっちなんだいなんかあってな。やるんかやらないかと。こっから取れそうだな。これ泳いでるポケモン入るかな。泳いでんのかこれ。泳いでんのか。泳いでるになるんだ。泳いでんのか。なんか地上にいる泳いでるんですよ。泳いでるんですよ。池みたいなの泳いでるんですよ。500メートル移動しよう。500メートルです。まあ、ソシャゲはログボ勢か、ポケポケはガチ勢になってるけど、ポケポケガチ勢。何か強いものを感じる。相当昔の懐かしいものがポケポケガチ勢。いつでも戻ってきてくださいな。戻ってきたらいつでも倒せるぐらいに強くなってみせますから。舐めるなマスとか言いそうだな。
舐めるならとことん舐めてくださいよ。俺はあなたにちゃんと謝ってるんだから。俺はちゃんと謝ってるよね。向こうは、自分は絶対悪くない主義だからな。そう。ね、僕はちゃんと謝ってね、反省してるから。もう、そこで決着はついたらなんだよ。ね、でも向こうは決して自分の非を認めないからな。俺を断罪はするけど。そこはやっぱり違うところじゃないですかね、やっぱりね。ドーブルがいるな。万博にいたな、ドーブルな。懐かしい。ドーブルのね、ポケモンが置いてあったね。各エリアごとにね、ポケモンがいたね。ドーブルとかね。カビゴンなんかすごい人気あったね。置いてあったね。すごいいっぱいいろんな人に写真撮れてる。ドーブルはひっそりいた。ね。今、夢の島はだいぶ片付いちゃったね。大屋根リングも。柱だけになってっちゃったね。10月13日が忘れられないな。去年の10月13日。すごい混んでたイメージがある。初めての大阪 ?10 月13日。その10月12日の12日に大阪に行ったんですよ。東京から。で、翌13日に、なんていうんだ。夢島に行ったんですよ。四天王寺とかのね、解説動画作ろうかなと思ってね、なかなか作れなくてね、時間なくて作れてないんだけど、四天王寺方面と難波とね、なんだっけ、グリコの看板があるところ行ったんですよ。で、なんだっけ、新世界は時間なくて行けなかったんだけど、また今度行ける機会があったら新世界行こうと思う。だから今度編集したら別チャンネルの方で、あれですね、なんだっけ、南とかのあそこら辺のなんだっけ、グリコの看板があるところとか四天王寺の解説動画を作ると思う。四天王寺はね、俺がずっと行きたかったお寺だったんですよね。聖徳太子が好きだからっつったらね、あれかもしれないけど。ようようギラス、小さんいらっしゃい、来てくれてるしよ。ね、聖徳太子いない理論が流行っちゃってね、影の薄い人物になってるけどね、俺は確実にいたと思ってるのでね。でもいろんな人の功績が一人の聖徳太子の偉業にされた説はあるっていう話で聞いたことが。それはあながち間違ってないかもしれない。聖徳太子になる人物が何人かいた説は落ちたい。そう。でも全くいなかったかっていうのはね、俺作り話になると思ってるからね。じゃあなんで釈迦三尊像が聖徳太子3歳の時の大きさで作られたって理論が賄えなくなる。解けなくなるもんな。そう。ちいさんもありがとう来てくれてるしよ。そう、法隆寺のね。そう。あれ、聖徳太子の3歳の時の大きさで作ってるから。そう。色ミラコラ受け取ったよ。ウーロン茶さんね、色ミラコラね、受け取りましたよ。あれですよね。ゲオとかでポケモン ZA 販売記念で、配布された、これ QR コード、なんだっけ、コード式のミラコラですよね。受け取りましたよ。一応、ミライドンの方は受け取ったんですけれど、たまたま何でしたっけ、バイオレットを持ってなかったもので、マシュマロさんにね、ちょっとコード渡してね、コライドンの方はね、マロが熱がってる感じです。いや、私も全く使ってないです、そう。なんだろう、逆にあれはなんか保存しておきたい感じがする。実際に戦わせるより、逆になんか保存して取っておきたい感があるかな。ちいさんもありがとう。なんかずっと取っておきたい感じがあってね。コレクション用にしたい感じはありますね。ね、コライドンはマロが持ってます。多分マロが返してくれんのかな、そのうち多分来て、それを待ってるけど。いや、逆になんかね、神聖な感じがしてね、なんかためらっちゃいますよね。なんかね、レアすぎちゃってね、色違いコライドン。実際のところ色違い厳選ができなかったからなおさらですよね。なおさら色違い厳選ができなかったので、私はそう。色違い厳選ができてたらちょっと
いろいろとミラコラの色違いも変わったのかもしれないけど。色違いミラコラ配布時改造が多かったいや正式配布される前にコライドンが色違い、コライドン、改造多すぎて萎えましたよね。そうね、でも圧倒的に名前が違うのでね。改造と本物だと。野良のね、でも野良でもね、俺の知り合いのね、さくらさんって人がね、一回野良のね、マジカル交換で、何でしたっけ、色違いじゃないな。配布限定の、なんだっけな。ボルケニオン手に入れたっつって言って俺にくれたことありましたからね。稀にあるんですよね。配布品が来るみたいなね。なんかね、配布ポケモンが来るみたいなことが。配布限定ポケモン。逆にそれはすごいよね。すべてにおいて改造かというとね。でも大多数が改造多すぎちゃって、慣れちゃうよね。だからマジカルは怖いよね。ウロン茶とは 3V の改造もたまにいるからなあ、3V 個体の改造もね、中にはいますよね。お任せバトルで10匹倒そう。ヒーローミッションが出たら交代でラスチョコさんやってたのかと思います。逆に 6V 個体の個体ばっかりで俺使ってるけどな。ナイス。どんどんやっていくぞ。パモはレベル35なんだ。これ逆にレベリングにもなるからね。いいんだよね。ナイスナイス。やっていくぞ。さあ、ラプラス倒したね。お、なんだこれ。ミッション終わったか。お任せバトルで10匹倒そう。ぽっちゃまぽっちゃま。ぽっちゃまぽっちゃま。9690改造多くて正常なポケモンも勘違いする可能性あるから嫌い英語だったりする。それはあるね。なんだっけ。普通の配布、海外産配布をさ、俺改造と間違えちゃったことあってさ、ややこしいよね。普通の海外でポケモンで配布された海外産配布個体を改造だと間違えたことありましたね。ウロン茶とは改造交換できるようにしてほしいな。なんだろう、改造データ使った瞬間にバンできるシステムがあったらいいんだけどね。次回作、ウェィングではなんかそれなりの改造が欲しい、なんていうの、対策が欲しいよね。改造対策はね。そうなんかね、改造が欲しいってやばいよね、今の。逆に改造対策が欲しいって言おうとしたらなんかね、すごいこと言い過ぎたんだよ。改造対策ね。やってくれると思うよ、多分。多分、任天堂の方からも多分強く言いそうな感じがする、今回ばっかりは。そう。ゲームフリークだっけ、あそこもやってくれるとは思うけど、ね、販売元の任天堂もなんか、ブロック機能に対応させてくれるかもしれない。なんか、そこでなんか、あれよね、無言参加を一定的にブロックできるシステムも追加したし、改造対策、無言参加をブロック、迷惑ユーザーブロックできるシステム欲しいね。あと対戦からキックできるシステムとかね。そう。技マシン作るわ。ね。でも今回もね、でも前にはあったんだけど、そのブロック機能ってなくなったよね。もう改造は、でもあれだね。きっとさ、改造対策してもさ、次から次に出てくるからさ、逆に改造者の方がもうさ、対策しちゃう説ないか。だから逆に対策してもどんなに対策してもどんどん上行ってくる可能性大し。お、卵やってくれます？ウーロン茶さんありがとうございます。対策されそうな感じですね。お、しょっぱいサンドイッチありがとうございます。
ティック9600。俺か。改造配り系トレーナー多分呼んでビリちゃんって名前親だったら確定で改造。ねえ、改造系トレンド、ビリちゃん、ビリちゃん。なんか特徴的な名前だから覚えちゃった。ビリちゃんね。ピクニック。しょっぱいサンドイッチ、しょっぱいサンドイッチ作るんでしょ。ウーロン茶とは、普通配布個体なんて渡りさんから疑う。まあ、そりゃそうだよ。逆にね、あんまり改造個体ね、もう、対策のしようがないよね。だって言うてしまえば名前でしかあれってわかんないじゃん。ドットコムとか、こうなんとか、ホームページみたいな名前ついてるやつとか。あと、それじゃなくてもさ、あとなんだっけ、ああいう、なんだっけ、個体値が明らかにおかしかったりだとかさ、その持ち物がマスターボールだったりすると怪しいところあるよね。それでもわかんないときはわかんないかな、本当防ぎようがないよ。に防ぎようがあるんだったら防ぎようを教えてほしいかな。食品ロスしないようにね。ユマー V 好き、マジカル交換してると改造らしきポケモン来る。あー、マジカル交換はめっちゃ出る。あれね、覚えない技を覚えるのは昔からだね。そう。ね、明らかにね、普通のやつだと覚えないやつを、ね、覚えたりするのよくある。シラスコ料理になってたな。マジカルもね、改造多いっす。こないだなんか、配信の対戦でさ、改造を使うやついたから俺ガチギレしたんすよね。ね、対戦で改造を使うのは良くないよって言って、ね、ガチギレしたことあって、その人のことちょっとブロックしちゃった。中連ポートさんいらっしゃい。来てくれて嬉しいです。ありがとう、中連ポートさんいらっしゃい。ありがとうございます。いらっしゃい。めっちゃ嬉しいです。しょっぱいサンドイッチかな。中連ポートさんもありがとうございます。あと、虫とね、ノーマルの遭遇値がいくとな。おお、ライチュウいたね。よし、来た。みんなで撮影しよう。ログ拾おう。お、じゃあ。一回みんな見せてくれる？俺が交換で。多分今わかる人だったら多分、ウーロン茶さんと俺なら多分わかると思うから。あと、大クワガタさんがもし見てたら多分一回みんな調べてもらおうよ。そう。逆に今改造わかるの多分きっと、ウーロン茶さんと俺ぐらいだと思うけど。だと思うな、多分きっと。でも、また大クワガタさんが来た時にさ、大クワガタさんはポケモンめっちゃ詳しいからさ、この俺と大クワガタさんと、ウーロン茶さんが、もし、今日、揃ったら、一回みんなのポケモン見てもらおうか、ちょっと。まあ、俺が分かるのはあくまでも名前だけだからな。名前だけだからな。個体値とかなんて言うんだ。そこまでは分かんないからな。でも確実に分かるのは多分大クワガタさんだと思う。あ、いらっしゃい。来たわ。実際に来たわ。風の流れで来たわ。大桑さん、改造ポケモンかをね、ちょっと見てもらいたいんですよ。ね、心眼鑑定してほしいんですよ。じゃあみんなでちょっと写真撮ろう。そう。俺じゃちょっとわかんないので、多分ゆまさんのポケモン。てか、もう、あれでしょ、多分ちょっとずっとコメントしないで見てた説を解いたい。なんだこれ。みんなサバンナエリアで撮影するらしいです。コメントしてないで見てた説は押したい。ね。でも基本、改造するやつがいけないんだけどね。一番ポケモン楽しみ。あ、ミミンネさんいらっしゃい。こんばんは。来てくれてるしよ。ポケモン楽しみたい純粋な気持ちが壊されるのが嫌だよな。おー。
ミミズミさんもありがとう。来てくれて嬉しいです。ほうだ。いいね、ほう。スマホの充電ありません。スマホ。チック9690。ポケモンホームに封印してあるからボルケミオン。購入してんだ。ラスチョコ隊長、改造。いいんだよ、海賊にも。ミミズミさんもありがとう。ダメだ。まさか充電されない。そのまま行かれちゃったんだが。待ってね。一回ポケモン中だ。13%から充電されない。ダメだ。充電するのに一苦労となる。いるか。断線してんのか。なんでだ。いけるか。13% から充電されないバカパッと。やれたか。よし、入ったナイス入った。よかった。入った。よっしゃ、入ったわ。一日 iPad が充電されないという謎の不具合に見られたため、今充電してました。じゃあちょっと待って、お待たせしました。ちょっとお茶一回飲んできます。ニック9690。交換で見てもらった。交換で見てもらおうと思う。喉が痛かったからうがいしてた。はい。喉が痛かった。喉がイガイガした。ニック9690。お待たせ。大クワガタさん見れます？奥原さん見れますかだって。一回サークル解散する？交換する？一回サークル解散した方がいいんではないかな。チャチャラチャチャラチャチャン。カビゴンスブ見れるよ。見れるよだって。
一回閉めた方がいいんちゃうの？どうだろう。一回サークル閉じるか。ガチ、ピクニックしてるわ。一回サークル閉じた方がいいかな。ああ、そっちで見たらそっちで見てくれた方がいいと思う。ラスチョコ隊長、デクロム合体したやつは改造かな？どうなんだろう。ラスチョコ隊長、ゼシアムだ。ネシュラム。あれは改造じゃない。あれは普通に仕様の問題。逆にそれが改造だったらストーリーのつじつまが合わなくなってしまう。別にそれは改造ではないよ。よいしょ。では、やるか。一回サークル終了する。別にそれは使用上の問題なので問題ないです。写真見とこう、ウロン茶さん。どれだよ。ラスチョコ隊長。あ、ドーブルと色違いだ、すごい。で、普通にそれは使用上の問題なんだね。ウロン茶とは、ありがとうございました。いいね、ウロン茶さんもありがとう。あ、いいね、みんなで写真楽しそうだな。オッケー。一回終わるか。もう一回サークル開けるか。誰か対戦したいって言ってた人いたよな。よいしょ、オッケー。もう一回サークル開けるわ。よし、オッケー。誠朝霧6800朝霧さんありがとうございました。どうも。ありがとうございましたどうもどうも。みんなありがとう、ウロンチャさんも。朝霧さんもありがとうございました。本当楽しかったです。もう一回開けます。ナエチノさん、こんにちは。来てくれてるしいです。ナエチノさんもありがとう。来てくれてるしいです。ナエチノさんもこんにちは。おー、いいですよ。どうぞ、参加どうぞ。どれを見ればいいですか？だって。うせやさんもありがとう。初見さんありがとうございます。誠朝霧6823また来たけどいいですか？お、また全然来ても大丈夫ですよ。じゃんじゃん来てください。じゃんじゃん参加お待ちしておりますね。どうぞ、じゃんじゃんご参加ください。エンドレス L、カビゴンさんに質問です。ラスチョコ隊長、参加。どうぞ。ラスチョコさん入れたかな？誠朝霧6823よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラスチョコ隊長、一人交代していただけたら助かります。ラスチョコさんが入れないので、一人交代していただけたら助かります。
一人交代していただけたら助かります。さすがにラスチョコさんが入れないのはかわいそうすぎるんで。あずにゃん N6F、こんにちは。あずやんさんもこんにちは。会ってくれてるし、ありがとう。よいしょ。うせやくん1ルフ8分にある参加希望。どうぞ。まこと朝霧6823。連載どうぞどうぞ。でも、ラスチョコさんが入ってくれたら参加どうぞ。あずにゃんさんもありがとう。来てくれてるしよ。ラスチョコ隊長、ありがとうございます。よいしょ。やるか。オッケー。うせやくん1ルフ8分にある。ありがとうございます。どこどもキュッキュッってこう。どうもお任せバトルで10匹か。カビゴンスブ、質問があるならオプチャの方でお願いします。おぶちゃの方でお願いします。大川さんお疲れ様、またね。よいしょ。どこどこどこ、ディアルガだ。よいしょ。なんかディアルガいるな。ハッサム。硬い視点に入れたぞ。お任せバトル10匹。お任せバトル10匹。ナイス。いいね。なんかハッサムだらけになったな、なんかな。なんだこれ、なんだこれ、なんだ、ハッサムだらけになってないか。なんかディンルいるけど。なんかハッサムだらけじゃないこれ、ハッサムだらけになった。ハッサム大量発生か。ちょっと待って。ちょっと待って。ハッサムでかく多くないかなんか。なんだ、ハッサムなんだ。ハッサムだらけじゃないかなんか。ねえ、みんなありがとう。謎のハッサム大量発生。謎の大量発生。謎の。本社とは大量発生の予兆か。大量発生だね、これ多分、ちょっと。普通に大量発生だね。道具を10個拾おう。道具10個。道具10個どっかいるかな。道具。普通に大量発生ですね。大量発生イベントですね。あ、なんだ、エラー発生、なんだ、エラー発生したぞ。なんかハッサム大量発生。ラスチョコ隊長、なんかエグいるな。なにこれ、怖いな。なんだこれ、なんだ今の。えぐい、なんかおかしいやつじゃないか、もしかして。まずいやつちゃうか、なんか。ハッサムあんないるはずがないもんな。ちょっと誰かやってるでしょ、なんか。ウロン茶とは、ハッサムやっちゃったか。あんなにいるはずないもん。
あんなにいるはずないもん。チョコ隊長、あれ、大丈夫なの？大丈夫の目はわかんない。任天堂が判断するでしょ。まずかったら普通に動画決定でしょ。あんなにハッサムいないもん。おかしいなと思ったんだよ。ねえ、逆に8分にある。なんであんなに。だって逆にあんなにいるはずがないものがいたらおかしいでしょ、それだって。だからこれ逆に任天堂の方に多分ね、通報が行くと思うので、逆に対策取ってくれるかもしんない。じゃないとおかしいもん。だってあんなにハッサムがいるなんてさ、ちょっとやったやつちょっと確認して。あ、いいですよ。固定と概要欄読んでくださいね。必ず固定と概要欄読んでくれたら。って思ったんだけど色違いいるんじゃね？いいですよ。の、初見さんどうぞ、参加どうぞ。了解アンバー、参加希望切な。どうぞ、切なさんありがとう。アズニャン N6F、粒データ消えたからそれに売っちゃったから。あ、売っちゃったんだ。データ消えちゃったね。悲しいな。よし、オッケー。ラスチョコ隊長、あれ色違いいたらどうす？色違いいたら、でもいなかったんちゃうのかな。ウロンチャとは、データ何回も消えてるけど懲りずにやってる。懲りずにやってるか。逆に懲りずにやる精神が大切だと思う。何度でも懲りずにやってくれ。ウセア君1 F8 分にある。これまた3回ですか？いいですよ、どうぞ。どうぞどうぞ、じゃんじゃん参加してください。逆にハッサンの大量発生には驚いたけどな。あいつはやってるぞ、確定で。なんか数が多いなと思った瞬間にハッサンが大量発生した。いやいや、どうぞどうぞ参加どうぞ。今度またハッサムが大量に発生したらちょっと、俺ちょっと任天堂に連絡するわ。あんなに、あんなに増えるわけがないからな。なんであんなに増えたんでしょうか、どうぞどうぞ。ラスチョコ隊長、ハッサム大量発生は聞いとらん。アズニャン N6F、あつ森のデータ消えたらもう生きれない。いや、俺もそうだから。逆に熱盛のデータは消えないでもらいたい。了解アンバー、入りました。お待たせしました。ありがとう。よかったら、どうぞ。了解アンバー、皆さんお願いします。ラスチョコ隊長、ハッサムの色違い緑らしい。緑か、緑だよね、確かに。リック9690、エンドレス L にボルケニオン見てもらったら多分正規って言われた。あ、よかったよかったよかった。
行こうか。よし、やってこう。技マシンを作るか、俺は。技マシン。なんか技ね。あんなにハッサムが発生するなんておかしいもんね。OIP8i、こんにちは。ホワイトさん、いらっしゃい。来てくれてるし、ありがとう。アズニャンウェブ 6F、ポケモンで推しなのハポカブ。ポカポカ、エンボー好きだっつったもんな。ジープ9690、スキアとオクワガタさんなんか改造にて染めてるってエンドレス L に言われた写真見せてもらったら色違いボルケニオン渡してたエンドレス L に。OIP8i、最近改造ポケモン出回ってるんで気をつけてください。大クワガタさんがそんなことあんのかな。さすがに彼そんなことやらなさそうだけどな。さっきのハッサムの方がやばいと思うけどな。あんなにハッサム出せるもんなのかな。非常に。テラスタルしやすいのポケモン倒す。アズニャンウェブ 6F、演奏はまあ、好きだけどポカブ可愛いから推したい。ポカブかわいいよな。俺もポカブ好き。炎の豚っていうのがなかなかいいよな。絶対ポカブ推しなんだね。俺は御三家だったらあれやな。ニャオハが好きだな。メガエンボー強いな。俺もメガエンボー使ってた。ポケモン ZA でメガエンボーを使ってたな。今度何が増えるかな。これ2回目あったら確定で増えるよね。2回目さすがにないかな。後藤さん、夜ご飯食べてきた？よかった。お腹いっぱいになった？2回目は多分なんか食えそうな感じがする。メガンボーもいいね。ポカブもね、いいよね。俺はあれだな。ポカブだったら、SV の時に、野良でいたな。なんだっけ、ブルーベリー学園のところ。ブルーベリー学園はね、すべての御三家手に入るから。ネタバレになるか、これ。合体してみた。ナイス。合体いいね。背後から冬がついてる。明日マイクラやるよ。明日は定期的なマイクラだよ。明日は定期的なマイクラだよ。氷川翔吾流行ってんのかい？氷川翔吾。アズニャンウェブ 6F、その次に推しなの派デカヌちゃん。デカヌちゃんか。デカヌちゃんもいいね。氷川翔吾マジでナタくんそれ好きだよな。ナイスナイス。ピエールショットで絶対ダメージ与えてくる。なんか若干ラグいんだよな。iPad がラグいのか、iPad ね、パソコンがラグいのかなんかわかんない。俺はあれだな、自力入手だったら、なんだっけな。
名前が出てこない。石つぶてやな。アローラ石つぶての、色違いだった。あと、アローラライチュウが、期間限定で出た時に入手した。ウロン茶とは、色厳選しかしてない。色厳選ね。でも SV 比較的に出やすいからな。他のポケモンの作品と違って。出やすいんだよ。そう。ね、昔のポケモンの方が色違い出にくかったから。色違いの多感増えてよかったね。もう剣立てもやってんだね。合言葉を終えて、どうしました、タタコタさん。タタコタさんどうしました？なんかありました？技マシンを作る。合言葉を終えて。俺もね、最初はポケモン SV からやって過去作手つけたね。で、ZA に。合言葉を教えてか。ここのサークルは、基本的に黄色ミッションまでで交代なので、黄色ミッションになったら、ダイマックスアドベンチャーは俺も好き。なんだっけ、伝説のポケモンがね、稀に手に入るから、あれいいんだよね。そう。次のミッションが多分ね、この卵孵化が終わって、黄色ミッションが出たら、タタコタさんにね、入ってもらおうと思います。ポケモン X から始めた。X から始めたんだね。XY か。俺はね、SV からだったな。で、過去作もちょっと触ってるからね。よいしょ。タコタ対5622。黄色ミッションって何？黄色ミッションっていうのは、簡単に言うと、ブルーベリーポイントの黄色ミッションですね。ここのところは黄色になってるマークのやつですね。とりあえずそれまで。深も深んで。今年でポケモン歴13年。13、だってポケモン自体が30周年だもんね、今年ね。すごい長いね。30周年続いてんだよ。ウロン茶とは、青、赤、黄の段階。タカコタ対5622。何分？何分だろうな。だいたい、ボテボテやらなくなっちゃったんだ。俺まだやってるで。現役だぜ。色違い出るかな？どこ自己比？あと2、30分ぐらいで交代にはなるとは思いますね。だいたい2、30分ぐらいですね。サトシも30歳。30は超えてそうだよね。実年齢にしたら30超えちゃうな。ポケモンマスター慣れたでしょ？でもなんか付箋回収がいまいちだったよな。ピカチュウずっと一緒にいてくれよな、だって。2時間でできない実力。それはどうかな？じゃあ、フォートナイトだったら抜かせないでしょ。タカコタ対5622。3分で交代して。それは難しいな。そんなことはできないですよ。いやでも俺より上手い人もっといるけどな。卵を孵化させろ。じゃあ赤ミッション交代にしようか。ウィングウェーブね、俺は買う予定でいるけどな。タカコタ対5622。
お願いそうしなきゃやんない。いやー、なにそれなにそれ。ちょっとわがままじゃないか高子田さん。ルール守れよ。フォートナイトだけは使わフォートナイトだけは勝てない。勝てないか。まあ、俺はナタクにスマブラに勝てる気がしない。ウーロン茶とは、スイートチに買うとこからスタート。スイートチにも買わなきゃできないもんな。ね、スイッチ2がね、なんだろう。手頃に手に入るようになったらいいんだけどね。まだまだ旅は続くだからサトシのアニポケ復活すると思う。遅くても封鎖の発売ちょっと前に登場する可能性あり。てか復活してほしいよね。だって、ね、あれだもんね。だって、なんだろう。リコルも一応人気はあるけどさ、やっぱりそのポケモン言ったらサトシのイメージが強いからな。タタコタさんね、わがままは良くないよ。それ他の配信でできる？だから、みんなの赤色のミッションが終わったら、交代でよろしくお願いします。皆さんの赤色ミッションが終わったら終わりね。次、上にあるテラスタルのとこ行ける？上のテラスタル。皆さんの、なんて言うんだ。赤ミッションが終わったら、交代でよろしくお願いします。赤ミッションが終わったら、黄色ミッションで交代と思ったけど、みんなの赤ミッションが終わったら。逆にアニポケが衰退して原因それだからな。サトシ辞めちゃったからなっていう話は聞いたことあるな。あと何分かな。あとちょっと数分はかかるよねってところあるけど、大丈夫かな？お分かりいただけたでしょうか？フェアリータイプのポケモンを捕まえよう。乗ってれば順番来るよね。逆に待っててくれた方がありがたいかな。高子た対5622。早くして時間がない。本当にそれで大丈夫だと思う、タタコタさん。待つっていうのも勉強の一つだよ。待つっていうのも勉強の一つなんだな。世の中待たなきゃダメなんだな。待つ必要もある。上についた。あ、つこさんナイス。上についてくれてありがとう。待つっていうのも勉強の一つ。でもまずはトモコレさんは待ち遠しい。トモコレはね、欲しいって言ったもんね。ジーク9690。この後仕事とかあるんかな？妖怪アンバー、僕変わりましょうか。いや、妖怪アンバーさん変わってくれます？いやー、まあいいですよ。高子た対5622。子供の雪です。ウロン茶とは、社会人ならちゃんとしてるでしょ。社会人ならちゃんとしてるか、つく。オッケーオッケー。じゃあ、妖怪さんに交代してもらえますか？でも本当にそれで大丈夫です？一応赤ミッションが終わったらなんだけど。ジーク9690。社会人でもちゃんとしとらんやつはしとらん。いやー、それは俺だな。社会人でも、俺に全て刺さるんよな、俺な。なんか全て氷川月に刺さるんよな。それなんか全て氷川に刺さるんよな。妖怪アンバー、僕が悪い感じじゃないですか。いや、別に悪くないですよ。別に妖怪のアンバさん悪くないですよ。全然大丈夫ですよ。ちょっと俺がちょっと。今教えてください。いや、タタコタさんわがままだよ、ちょっと。月には一切行ってない。よかったよかったよかった。月にはやってなかったからよかった。安心した。高子た対5622。今教えて。今教えることはできないかな。
でも待つってことできないの？ 9690。月は立派な仏部や社会人や。いやー、そう言ってくれたら本当嬉しいよ、本当。じゃあ待つってことできないの？高子た対5622。早く時間がない。ウロン茶とは、月さんは結構安心感あるか。飛んでいるポケモン撮影してよ。690。的や。待とうか。でもあまりすごかったらちょっとタイムアウトするよ。申し訳ないけど。リーナター仏部屋、なんか待てない理由でもあるの？なかったら言う必要なくない？了解アンパ、言わしてもらうけど僕も待ちましたよ。そんな責めないでください。高子た対5622。早く教えてください。時間がないから。アズニャン N6F。あと48に友達とカラオケ行くけどまだ考え中。行ってもなになに4月18日か。あ、いいね。何の歌歌う？俺、いやー、そうだよね。だって、ヨーマさんだって待ったからね。ヨーマさんだって、妖怪さんもさ、待ったから参加できたんだよ。だから待たなきゃダメなんですよね。ルール、まず何の時間がないか教えてほしいよね。ボット説ありそうだな。待つこと大切だからな。高子た対5622。早くしてお母さんが帰ってきちゃう。いや、お母さん帰ってきちゃダメなの？ミッションクリアしたら言葉変わる感じ。岩崎陽子さんもいらっしゃい。来てくれてるしよ。逆になんだろう。なんか、新手のこういうパターンがあると思わなかった。SV だね、今日はね。うん。ヨーマさん交代しなくていいですよ。ちょっとこれ理不尽すぎなので、これちょっとこれで交代しちゃったら、この子のね、わがままに付き合うことになる、応じちゃうことになるので、ちょっと高子田さんさ、一回落ち着こうか。今から月のところ行く？いいよいいよ、参加してもいいよ。でも、待ってくれたら嬉しいな。そう、待ってくれたら嬉しいな。僕もできるよ。やろう。よ。ね、ヨーマさん交代しちゃダメですよ。これで多分要求飲んだら多分きっとね、もっと付き上がるのでね。そう。カラオケは自分で歌う曲はないからちょっと難しいってことかな。将来的にこの子が困ることになるから、了解アンパ、変わってあげようと思ったのに。逆にこれで言うこと聞いちゃうと、また付き上がりそうだから。了解アンパ、その態度が気に食わない。その態度が気に。その態度が気に食わないってなんか俺まずいことしたかな。ウロン茶とは甘え。変わってあげようと思ったのに、俺なんか、あれかな、まずいことしたかな。岩崎陽光 P8D、ごめんなさい。でも追加コンテンツはいいと思う。岩崎さんは悪くないから大丈夫だよ、別に。ねえ、別に岩崎さんは悪くないよ。ねえ、あれかな、変わってあげようと思ったのにその子だって。なるほど、ちょっと待ってね。変わってあげようと思ったけれど、でも、ヨーマさん的には、じゃないよ。岩崎さんじゃないよ。逆にヨーマさん的に、妖怪さん的には、変わってもいいんですか？
でもそれやるとまた今度他のチャンネルで多分この子がまた他のところでこれやりそうな感じがするけど、ってところはいいんですけど、別に妖怪さんが変わっていいのであれば別に僕は、それで僕はいいかなとは思うんですけれどね。本当にいいんですか？でもそれやるとなんか他のチャンネルでもなんかやりそうな感じがするなと思って。い P8D 久しぶりにすぐやるな。や、ほんと久しぶり、1週間ぶりだからね。逆に1週間ぶりにやってるからね。逆に1週間ぶりですよ。1週間ぶり。逆1週間ぶり。まあいいんでしたらいいで。僕が最初の変わってあげようと思ったんですけど、態度が悪いので変わらないです。態度が悪いから変わらないか。まあ変わらない方がいいです。なぜかっていうと、そこでもし、なんて言うんだ、僕1年ぶりにやる。1年ぶりにあるんだね。その子だったら、多分、もしいい子だったら、ありがとうございますって言うと思うんだよ。でも、この子はね、多分きっとね、あれだと思う。強く言えばね、何でも解決できると思ってるタイプだと思う。わがままではないか。でも、行動が表してるからな。ねえ。でも、本当に他の配信でもこういうことやってます。ラスチョコ隊長、社会的に甘えは通用しない。妖怪アンバー、はい。1年ぶりにポケモンスカーレットやるんだね。いいと思うよ。ね、俺また、ポケモンスカーレットやってる人増えてるらしいからな。そう、ね。タタコタタイさんね、他のチャンネルでもやってんだったら、そのチャンネルびっくりだな。ここでは通用しないからな。ジープ9690。コメントがなくなったな。親が帰ってきた。親が帰ってきたな。帰ってきた説ありそうだ。ねえ、申し訳ないけどね、これ以上続くようだったら俺タイムアウトがブロックなりしないとね。岩崎陽光 P8D。待ってやばいバイオレット。激アツ演出。カセットケースがね、探さなきゃ。激アツ演出。で、キーンってなんか、スロットカップ。キュイーンのしいなターブツベア、まず何歳かわからないけどちゃんとした理由もなしでこうやって配信者さんに責めることばっかりしても通用しない。逆にね、こういうことすればね、逆にもうね、逆にこういうことすればするほど、自分が惨めになるってこと分かってないんですよね。自分の言うことを聞いて、色違いだね、そう。自分の言うことを聞かそうとして、こういうわがままをやればやるほど、周りが苦しめちゃって、今度自分にね、被害が来ることをね、分かってないんですよ。だからもうちょっと学ぶ必要はあるよねってところはあるよね。そう。カセットテレビ台探してみて。そう。ね、だから皆さんもね、自分の言うこと聞かないからって言って気に食わなくて叩いたり蹴ったりするとね、自分に全部返ってくれますからね。俺は実体験だからわかるんですよ。俺も実際に昔気に食わないと泣いたり叫んだりした過去あったんですよ。それやるとね、全部自分に返ってきます。だから、もうね、一切そういうことやってないです。そうなので、自分に全部返ってくるからね。悪口とかはね。だから、気をつけた方がいいよってところは僕は大人から言えるのは、あれかな。うん。ね、子供の時にね、そういうことやってたからね。そう、うん。昔はあったじゃんね、それね。良くないよねって思うのはね。そう、やっと分かるようになったから、こうやってね、言える立場だけど、もしね、痛い目合わなかったらずっと分かんなかったでしょうね。多分ね。2回も探してみて、ゆっくりね。そう。ね。だからみんなにはね、そういう風になってほしくない。ね。あったナイス。じゃあ大切にしまっときなよ。なくさないように。ね。だからね、ルールを守ることは大切だよってことはね、伝える必要があるかな。あー、わかる。リモコンなんかなくなるよね。プレシャスボールに入ってるデクロムって配布のやつ？もしかして。プレシャスボール？まあ、そうだね。俺、そうなのかわかんないけど、あんまり詳しくなくてごめんね。ちょっとプレシャスボールに入ってるのが配布なのかわかんないけど。お任せバトル10匹か。
ねえ、久しぶりにああいうわがままな子が出てくるね。今思えば友達に音痴って言われてたわ。音痴友か。達ももしかしたら来るかも苦手なんだろう。音痴って言われたら思いっきり歌ってやればいいんじゃないですかね。逆に音痴を知らしめてやればいいんじゃないですか。逆にそれぐらいの勇気もあってもいいと思うけどな。好きに歌えばいいんですよ、からそうだよ、ナタ君の話がそう。でもさっきのあからさまにもうあれですよね、なんかね、わがままでしたからね。そうねえ、でも、アジアさん、証に足跡があるといいんだね。でも、アジアンさんのやりたい、方でいいと思うよ。そう。カラオケ行かないっていうのも手段だからな。そう。そう、音痴ってやつも基本、そう。リスナーじゃなかったんですね。それまあ、配信者ですね。ナタ VTuber さんはどちらかというと私が一番仲いいね。配信者の中でも一番もう同盟関係にあるぐらいのね、仲間ですね。そう俺もナタくんの配信行くし、ナタくんも俺の配信来るし、そう、なんて言うんだろう。まあ、すごい同盟関係にありますね。切っても切れないぐらいの同盟関係ですね。ナタくんはね。ヒロミッション出てる。いや、行こう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 。探していこう。さっきのなんかハッサン増えてないかなんか怖いな。ハッサン増えてんな。そうだね。実際、アメリカとカナダって言ってくれてよかった。アメリカと日本って言ったら絶対服従されてるから。そう。うん。逆に対等な同盟を結んでるからな。そう。逆に過去に十分コミュニケーションとか配信にルール分かった上で取れなくなった。歯が、親知らずが抜け、親知らずじゃない、なんだっけ子供の歯、乳歯が抜けたのか。メタモンブロック5、まあ、ゆっくり考えてからにした方がいいと思うよ、逆に。ね、キャニオンエリアでメタモン探せ。悩むけどね、なんかわからないことあったら僕に聞いてくれたらね、対策はわかる範囲で教えることは可能です。なんかすっごいぶつかったな。メタモンブロックを探せ。幸せレストランなんかみんなそれおすすめっていうよね。メタモンいないっすね。まあ、ナタくんの配信で5、6使った時はコッペドラック怒られるけどね。5、6使うとコッペドラック怒られる。やったやばいです。メタモン発見。違和感しかない。ここにいるともう違和感しかない。これ見つけやすいね。違和感しかない。こんなところも一番わかりやすいんちゃうのこれ。このメタモン。もう違和感しかなくてさ、ここのメタモン。明らかにもうなんて言うんだ、もう違和感しかない、このメタモン。いるはずがない場所にいるのやばいよな。4時間あったら聞いてみて、ゆっくり聞いてみてね、いろいろね、いろんな曲を学ぶといいよ。そう、俺もいろいろ学んでる途中。ダウンロードしてるいいと思う。えらいこと起きた何が起きたもしかして、ガチ勢関連だったら、まあ、こっちでなんとか対処しとくから大丈夫。ガチ勢関連ならちょっと問題だね。正直あの人も何したいんだかわかんないわ。もう、和解でいいんちゃうのもう、何度も戦ってさ、何が起きた何これユニオンサークル
もうさ、全部予想が当たってるから。そう、ユニオンさん、もうね、すべて予想が当たってるから。もうね、俺がね、一昨年あの事件が発端したあたりぐらいから、もう、全部結果が見えてた。いいですよ、いきますよ。じゃんじゃん参加してください。とりあえず、黄色ミッションメタモンが終わったら鬼退治やりましょう。全部読めてた。当たってるでしょ。うん。ね。ほら、結果的に、ヒカを裏切って、みんなでヒカを仲間外れにしたけど、結果的に内部分裂するんだから。ね。だから俺は相当そう横で見てよっと。どうぞ参加。ね。結果的にね、裏切った繁栄はね、長くは続かないんですよ。全部予想が当たってる。俺は頭いいな、多分。見聞色いいね。そういうのたくんが嫌いな子ね。モデレーターに喧嘩売っちゃダメだね。それはやっぱ配信上のルールの問題あるからね。うん。ね。もうね、ココアさんももはやね、それね、俺が全部読んでたことが全部当たってる。いいんじゃないですか、それはそれで。ね。近い将来のことを確認したら全部当たってるんですよね。予想が全部ナタクの話じゃない。ココアさんが伝えてくれた情報の話。全部当たってる。ね、内部分裂して壊れるよって言ったら、案の定内部分裂したんや。そう。多分きっとあのまま行ったら多分きっといろいろと揉め事になって、もっと大きなことになるからね。でも俺が多分きっと介入できないから逆にもう、俺はもうあの問題には介入しないよ。そう。一番手売っちゃいけん。ね見て。逆に LINE 見てるね。僕バイオレットでやってます。ラスチョコ隊長、最後見つけたかも。なるほどね。そこで伏線回収したのか。まあお察しの通りね。岩崎陽光 P8D。川さんはスカーレットか。俺スカーレットだよ。見つかったかな。まあそのパターンもあると思うか。実際確証あるの？この問題について。確証がなければただのココアちゃん逆に確証あるの？俺もねその話は聞いただけなんだよ。いやもうちょっと仲良く親しんでいただけて仲良くなれたらフレンドになりましょうよ。まだちょっと早いですが、もし改造を使った場合現行犯だとも言ってもなんかいろんな出来事起きてるでしょ。そうだって現行犯じゃないとさただの魔女狩りになっちゃうじゃん。ミスターティロさんもありがとう来てくれてるしよ。そう逆に改造を使ってこちらでも確認ができたらこっちでもバンバンやるけど、逆に確証がない状態で処罰しちゃうとこっちが悪くなっちゃうんですよね。だから確定でなんて言うんだ、もし問題が起きました、問題が起きるもう確定でこれ黒ですよっていう状態になったらこちらで対処するのでちょっと調査続けさせてください。テロさんもありがとう来てくれてるしよ。ポケモン詳しい人に聞きたい。そうだって確証がないでやっちゃったらただの叩き魔になっちゃうわけなんですよ。それはしたくないでしょやっぱり。最後見つかるのボルケニオン色違い。逆にボルケニオンの色違いっていうのは見つかるのかな。ウロン茶とはボル
ケニオンは解禁されてない。解禁されて、じゃあ確定、じゃあ逆に本人が来たら逆にボルケニオンの色違いがあるか見せてもらいましょうよ。それなら話がいい。ありがとう。うん。解禁されてないんだったら逆にボルケニオンの色違い見たいですって言ったら多分本人出してくると思うから。ね。それでちょっとね、逆に本人が出してきたらちょっとそれはそれで対策しましょう、ちょっとね。向こうでは確証があってもこっちで確証を取れないと処罰のしようがないので、逆にボルケニオンの色違いをね該当本人が来た場合にそう逃がしたか、いや逃がしたんだったらいいよ。そう確証はある、出てないでしょ。そうね、逆に大桑さんがもし本当に改造やったっていうんだったらそれは対策取るべきだと思うし、もう最後行く、了解、ありがとうございますね。逃したんだったらまあそれでいいけど、もっと他に持ってる可能性があるから一回大桑さん全部見てもらえてほしいよね。一回そうだってありがとうございます。ウロン茶とはボルケニオンありがとうございます。されねえかな。いや皆さんありがとうございました。いいね、ありがとうございます。あ、いやかわいいボルケニオンの色違い解禁してほしいよね。いやだから今度大桑さん来たらちょっと聞いてみるね。ありがとうございました。どうも皆さんありがとうね。で、鬼フェスやるから皆さんありがとうございました。どうもどうも。まあ、大桑さんがね、もし来たらね、こっちの方でね、ちょっとね、事情をね、聞いてみるのでね。そうシンプルボルケニオンどっか行ったから現職でも欲しい。現職でも欲しいか。いや、まあね。岩崎陽光 P8D。参加したい？皆さんありがとうございました。アンバさんもありがとうございました。どうも。現職しかないんだよね。だから色違いっていうのはもう確定で改造と言ってもいいということで過言じゃないですよね。じゃあチーム作るね。赤っぽいような、ちょっと黒っぽいような、なんていうんだ、ちょっと濃い赤色しかないんでしょ。だから色違いは存在しないということね。あ、いいですよ。逆に鬼フェス1回やってからでお願いします。鬼フェス1回やってから参加でお願いします。了解アンバー。僕が相手ブルーベリーポイントはダメですよ。全然大丈夫ですよ。この試合が鬼フェスが終わったらヨーマさんがブルーベリーポイント開いていただいて、私が行く感じで当てていただけたら嬉しいです。先に鬼フェスをねちょっとやってからね、約束なんでね、やっていきましょうね。順番にやっていきましょう。まあ大桑さんからねどんな言葉が出るかね、ちょっと俺はね本人に会ってみないとわからないからね。さすがに大桑さんもねここでいなくなる人じゃないと思うからね、本人から直接ね意見求めたいよね。俺怒ってないし。でもし改造使っちゃったんだったらそれは逃せばいいことだし。そう。お、追加コンテンツ入れるの忘れてた。もし続くようなのであれば速攻ブロックでいいと思う。そう。まだ今回1回目だからね。まだあれかもしんないけど。常習的に使ってんだったらちょっとやばいかもしんないけど。それはもう俺速攻ブロックするけどね。追加コンテンツ入れるの忘れてた。鬼退治やりたい。ぜひとも鬼退治来てくれたら嬉しいな。そうぜひとも鬼退治来てほしいところは。来たい人いたらじゃんじゃんご参加ください。ウロン茶とは改造とか使えんな。ね。了解アンバー、主さん以外でやるってことです。あ、俺以外でやるってことは、俺を入れないで、ブルーベリーポイントをやりたい。それは別にリスナーさん同士やってもらえても全然大丈夫ですよ。ありがとうございます、岩崎さん。俺を入れないで、ブルーベリーポイントも全然、大丈夫なんでね、よろしくお願いします。それは全然大丈夫です。ちょっと一回部屋解散しますね。ホストと何が違うんですか？でも入ってしまえば同じじゃないですかね。ちょっと、時間オーバーするので、もう一回作りますね。逆に俺が開いてもリスナーさんが開いても変わりはしないと思いますよ。同じ場所に行くだけなので言ってしまえば。
大して変わるかったら絶対変わらないと思うし、むしろ全然変わらないです。何も変わった要素はないと思うよ。そうだから、妖怪さんが当てたとしても、俺が当てたとしても、参加する人も変わらないし、内容も変わらないと思う。出てくるポケモンも変わらないし、変動があったりだとか、あるって。嫌だけど主賛なしでやるのはわがままかと。あ、ね、そう。名前はリンです。ちょっと待って。ちょっと待ってね。誰がなんだちょっと待って、いるってね。ちょっと待ってね。なんかね、言葉が整理できなかった。ちょっと待ってね。いつも確認してね。主さん以外でやるっていうことです。主さん以外でやるってことです。いや、主さんなしでやるのはわがままかと。でも、できれば僕入れてほしいけど、リンさんもありがとう。リンさんありがとうね。俺入りたいっちゃ入りたいけど、できれば入れてほしいかなってところはあるかな、配信だから。でも開ける分には全然大丈夫なのでね、よろしくお願いします。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、あと一人来てくれたらね、スタートするんで。岩崎陽光 P8D、あと一人。あと一人ね、あと一人来てくれたら嬉しいね。逆に大桑さんからあと、なんていうんだ、ご意見があったらね、ちょっとね、改造を使ったのか、逃したのかをね、ちょっとね、確認してね、今後のことについて話し合うから。妖怪アンバー、鬼退治は何がいいですか？鬼退治はやっぱり、上級編がいいですね。基本俺上級編やるのでね。上級編メインなんで。上級やるの久しぶり。そう。俺基本上級ばっかり。まっさら餅とかってまっさら餅とか、何でしたっけ、努力値アイテムのお餅版がもらえますね。あと、木の実とかね、経験値アイテムとか、なんか育成アイテムがもらえるって言ったらいいでしょうかね。多分、育成アイテムがもらえるよっていうやつですね。だから、育成アイテムが、これをやることによって、勝ったポイントによって育成アイテムがもらえるっていうから、ね、そろそろ始まるね。始まるよ。準備はいいかな？じゃあ一回ちょっと待ってね。大川さんからちょっと待って。じゃあ、節田さん入ってくれる？じゃあもう一回開けるね。大川さん、ちょっと話があるんだ。ちょっと詳しくなるけどいい？大川さん、改造使った？なんか情報筋からさ、改造を使って逃がしたっていう話してたけどさ、なんかどっか出禁になったって話をさ、聞いたんだよ。なんか、風の知らせで。でも、本当にもう使ってないよね。もし常習的に使うようだったら、こっちもブロックするからね。今すぐ持ってるやつ全部逃がしてね、改造だったら。せつなさんどうぞ。岩崎さんもルーロン茶さんもう一回どうぞ。それだけは約束できる。俺強めに言ってるよ。俺、大桑さんにはいなくなってもらいたくないから、直ちに、もし改造とか、やってたら、ポケモン全部逃がして、一回謝りな。ありがとう、どうも。せつなさんもありがとうね。そう、大丈夫かな？俺との約束。そしたら大川さんはブロックしないし、もし、全部改造やめるんだったら、ここでの保証は、認めるから。そう。だから気をつけようね。いや、LINE では言ってない。他の人からね、大川さんが改造を使ったっていうね、噂が流れてたからね、噂なのか本当なのかを確かめなきゃいけないから、ちょっと今ね、使ってないか、了解。じゃあ、本当だね、信用したよ。もし、今後、大桑さん関連で、改造ポケモンの話が出てきたら、こっちは速攻対処取るからね。岩崎陽光 P8D、カリゴンさんが使ってたってこと？っていう噂が流れてましたね。そう。なら大丈夫です。そう。OK です。で、大桑さん使ってないということね。じゃあ信用しましたね。じゃあ分かりました。じゃあこちらの方でちょっといろいろ調査して、もし今後出てくるようだったらこっちはバンバン対策取るのでよろしくお願いします。
ね。よくないからね、さすがにね。これ、任天堂に怒られたりだとかじゃなくて、ね、データが飛んだりってこの問題じゃないんですよ。その著作権方法とかね、同一性保持権の侵害とかね、いろいろとね、法律的にやばい問題がね、絡んでくるんですよ。そうね。だから、不正使用すると逆に犯罪になるよねっていうことはそれの一つですね。ファビコンスブ、友達が交換してくれて自分は改造かもわからないだけです。うん。だけど、改造って何？ポケモンだね。よし、上がれない、上がれない、上がれないだけで時間割いていく。上がれないだけで時間割いていく岩に。これ上がれねえんだよな。改造ポケモンですね、簡単に言うと。俺は黒で貢献しよう。ほんまだね。うん。でももしね、今後続くようだったら、本当に大川さんちょっとね、誰からも信頼なくなるよ。岩崎陽光 P8D、僕だけバイオレット、笑バイオレットいいじゃん。逆にバイオレットもいてくれたら嬉しいよ。コライドンも欲しいところだもんな。フロンチャとは、両方やな。うん。いろいろとその、なんていうんだ、その、逆にこう、そういうその配信で行われることによって、チャンネルの安全保障とか、その権利的な問題にも侵害的な問題にもなるから。ナイス。石井直吉、ランクまでカゴのみ食べれない不具合をきました。カゴミの実食べれない不具合。それはな、あれだ、持ち物の実だね。ラムの実とかはマジで改造も使ってないです。使ってないんだね。よかったよかった、信用した。信用したけど、ちょっといろいろと、もうちょっと他の方とかでもちょっと意見交換して、ちょっと大倉さんとはね、考えるから。俺は分かったよ。大倉さんの言い分は分かった。緊張感かな。緊張感か。だから、この件については俺、大倉さん責めないから大丈夫。うん。フロンチャとは、ソロより楽。いやー、それより断然楽ですよ。ね、友達からもらったんだもんね。そう。だから友達からもらった時はやっぱり気をつけなきゃいけないねってとこあるよね。やべえな。
セア君1ルフ8分にある。これってまた参加していいやつ？また参加していいですよ。じゃんじゃん参加してください。お、シドさんいらっしゃい。こんにちは。証券さんいらっしゃい。来てくれて嬉しいです。シドさんもありがとう。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。シドさんもいらっしゃい。来てくれて嬉しいです。全然参加しても大丈夫ですよ。ブルーベリーとかね、お餅とかやってんのでね。対戦とかも受け付けてるんでね。ブルーベリーお餅以外にもね。シドさんもありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。はいですよ。これが終わったらもう一回お餅やるので、お餅が終わったらブルーベリーもやるので、ね、お餅2回ブルーベリー2回なの。マッサラ餅もっとよこせな。マッサラ餅もっとよこせな。欲しいですよね。私も欲しいです。よろしくお願いします。うん、それは規定でございます。おお、一緒にみんなでやっていきましょう。忙しいのお疲れ様です。お疲れ様です。またお待ちしております。もうあずやさん320円ありがとうございます。嬉しいです。あずやさんありがとう。スパチャーカビゴン。いやー、あずやさんスパチャーありがとうございます。いやー、そんなにくれちゃって大丈夫？いや、俺ちょっとなんかあずやさんちょっと心配だわ。いや、320円大丈夫か？ほんとお母さん怒らへんか？ありがとうね。ちゃんと大切に使うか貯金しますね。ありがとうございます。本当ちょっとめっちゃ嬉しくてね、本当涙出ますよ。いやありがとうございます。そろそろ怪しい。どうした？何が怪しい？雲行きが怪しいか？何かなんだ。ハッサム大量発生は結果何だったんだろう。あずやさんもありがとう。一応大丈夫か？よかった。鬼退治が怪しい。無事勝てるといいね。カペコン月水どんどん月水していくぞ。
某、今、脳内で某 AI 生成楽曲が頭に流れてた。だめだ、某 AI 生成楽曲が流れてた。何とは言わないけど、いや、とても何とも言えないんだよな。AI 生成楽曲。うん。必死でこらえてるの偉すぎるよな。本当は言いたいけど、配信で言いたいけど、必死でこらえてる。いや、大人になったな。マロかよ。てか、マロが知ってるんだもんな。絶対マロはあれだよな。逆にマロが知ってるのに驚くんやけど。あれ絶対知ってるけど、聞かない人多そうだよね。元ネタ知ったらね。なめこさん。こんにちは、新しいオープンチャット作りました。新しいオープンチャット作った、なめこさん。あ、なめこさん、なんかオープンチャットから抜けてたけど、新しいオープンチャットを作ってくれたってことか、ありがとう。でも間にならんか。なめこさん専用のオープンチャット、俺も入っていいですか？よかったら。もしかしたら、なんだっけ、配信の宣伝とかも貼ってもよかったら、ぜひとも入ろうかなと思う。ロブロとか特になめこさんの知り合い来る説ありそうだから。石井直吉、なんでランクまで勝え？ったのに上がらないですかね、不具合ですか。なめこランクまで勝ったのに。いや、裁判所。え、またオープンチャで揉め事ありました？あそこ俺あんまり管理してないからあれだけど。下手したらもうオープンチャット封鎖でいいんちゃうかな。またなんかあった？タイムアップの下やべや。またやってるよ。ああ、なるほどね。一連の事件でエンドレスエルさんと大桑さんが喧嘩してんのね。AI おばあちゃんね。AI おばあちゃんマジ好きだね。うん。AI おばあちゃんね、俺も好きだよ。うん。また、あれやね。あれだね。大桑さんとエンドレスさんの、喧嘩ですね。まあ、こちらの方でね、ちょっとね、処理するんでね。大丈夫ですよ。てか、エンドレスさんと大桑さんが直接話し合わなきゃダメでね。了解アンバー、ブルーベリーポイントの方参加希望説お、どうぞ。セスナさん、ブルーベリーポイントですね。じゃあ、これが終わったらやりましょう。よなめこエッジ 8K、入ってきくださいね。いしょ、どうぞ。岩崎陽光 P8D、参加希望ブルーベリー。うん。指導 94D、自分ドリアーです。ドリエさんもありがとう。どうぞ。なめこエッジ 8K、ナイスです。岩崎陽光 P8D、やっぱ今日はもうやめときます。やめとく、了解。他に入りたい人いる？
了解アンパ。僕こっちは大丈夫です。あれだったら手伝います。お、手伝ってくれます？ぜひとも手伝ってほしいです。一回サークル解散しますね。OK。スタートかな？了解アンパ。入れさせてもらあ、います。入りたかった？あ、始めちゃった。ごめん。ごめん、始めちゃったわ。じゃあこれがもし失敗したら、2回目やろう。3回目やったら、3回目やったら、あれやな。あれやな。これが失敗しちゃったらもう1回やろ了解アンパ。いや、いいですよ。う。いいかな？だけでいいので。了解。ここは S2X。第三者視点めちゃくちゃおもろい。いや、めっちゃおもろいやん。もうさ、やっと分かったよ。8分にある。頑張ってください。だってさ、もう言ってしまえばさ、ココアちゃんさ、この問題ってさ、あれだから、ね、俺はそもそも、ガチ勢のところに、関与できないし、むしろ向こうから関わるなって言われたし、ガチ勢のところで処罰したんだったら、それはガチ勢の問題なんですよ。で、それを、氷川付き配信に持ち込んでくるのはどうなんですかって話なんですよ。で、仮にだよ、これで俺が大倉さんを処罰しなかったからっつって言って、ガチ勢が、なんかね、そのね、氷川はね、改造車を野放しにしてるってもし言う可能性があるのであれば、一応取り決めた条約違反になるので、お互いに話し合う場を設けましょう。まだ話したいこともまだあるので、またなんていうんだ、その交渉の場を作って、配信者同士裏で話して、話し合いの席を持ちましょうとは、ココアちゃん伝えといて。そう。ここは S2X ないと思うけどな。じゃ逆にね、それでもし俺のところに言ってくるのであれば、早い段階で揉め事が起きない前に、ちょっとここは S2X あったらよわ。うん。もしあったら私は出ていくので、いつでも話し合い応じる気があるので、多分こっちが行くと向こうは多分拒絶するから、できないから、もしあれだったら、向こうから話し合いの場が、そう。まあ、ウルンチャさんそうなんですよ。まあ、その配信者さんっていうのは、俺が過去にトラブルを、まあ、俺とまあ、個人間のトラブルがあって、ちょっと関係悪くなって、ブロックになっちゃったんですよね。ここは S2X。俺もずっと見てるわけちゃうからな。個人的に、まあ、些細なことでトラブルになって、今、問題になってて、そっちの方の問題をこっちに持ち込まれたのでってとこですね。ね。まあ、そっちの問題はそっちで解決してほしいよね。じゃないとね、難しいですよ。てか、あっちはあっちで仲良くしてるからほっときゃいいんだよ。氷川なしでうまくやっていけてるから。逆に氷川がいないことによって、向こうは向こうの繁栄をね、もたらしてるからね。まあ、それが結果として良かったんでしょう、多分きっと。だから俺、あえて、なんていうんだ。ガチ勢とは言うけど、直接的にバンとは言わないじゃん、名前。ほっとしてほっといてほっとかれたいんだったらほっといてるのが常なんですよ。ね。でも向こうは俺に対してまだ謝ってないからね。僕はあの人にすっごい謝って、ね、ごめんなさいって言ったのに向こうは許さないって言ってさ、一点張りでまだマジ切れしてるみたいだけどさ、ね、僕は全部自分の非を認めたけど、あの人は自分の非を認めないじゃないですか。そこがやっぱり違うところなんじゃないでしょうかね。うん。まあ、彼のいいところでもあり、悪いところでもあるとは思うけど。自分の非を認めないんですよ。僕はちゃんと自分の非を認めてから、彼の弟と、ね、彼自身にも謝ったし、ね。まあ、だいたい1年ぐらい前。ね、もし見てたらね、意見が通じてたら嬉しいです。で、向こうは一切謝らないですからね。それについて。岩崎さんもありがとう。あと、俺に対してもし、なんか言うのであれば、一ノ瀬さんを返すのはやめていただけたら助かります。
もう一ノ瀬さんはね、こういう問題に対してね、対処乗らないとね、宣言なされてるので、一ノ瀬さんか経由ではなく、氷川の配信に直接赴くか、それではなかったか、氷川の DN の方に、その分だけメッセージとして送っていただけたら幸いです。そしたらこちらの方でご対応しますんで。そうね、もしかしたら配信見てるからかもしれない言ってるけど、それしか方法がないから言えないんだけど、そう一ノ瀬さんとかね、うちのモデレーター界隈とかね、仲いい人を駒遣いにして、なんていうんだ、メールのやり取りを返すのは良くないと思うので、直接に来てくださいと。ここは S2X。最近はお前の話題専用にしてるわ。お前の話題しない方がいいよ。だって逆にね、話題したらまた逆に切れるもん。だってだってこっちはもう謝ってるしさ、ねえ、彼の弟にちょっとね、言ってしまったこと、もうあれね、あれ実際のところね、いろいろね、後でね、アーカイブとか全部確認したけどね、確かにね、本人言ってるんです。本人言ってるし、ちゃんと証拠も残ってました。なので、それを本人が言った内容のもとに私が言ったことに対して、彼が逆切れたので、それは申し訳なかったって謝って本人も謝って、話が終結してるんだけど、もう許さんべってなって、氷川月だけが悪いって理論になって一点張りになるんですよ。だからもう話し合いの余地がないですよねってところはあるよね。そうで僕は謝るところは謝ったし、なんであの人は俺に謝ってくれないんでしょうかって僕は思います。そうね、ほっぺどなく懲りたからもう謝ってないんですからね。俺は謝ったからね。謝っても許されないことはあると思いますよ。でもなぜ、なんていうんだよ、謝りもしない人がね、人に謝罪を求める権利があるんでしょうかって私は思いますよ。そう。ロブロックスやるよ。安心して。ロブロックス、来週フォートナイトだから、再来週ロブロックスやるよ。そう。ね。来週がフォートナイトやるから、再来週ロブロックスやるね。そう。個体値が違うんでしょ。そう。個体値の問題ですね。言うてしまえば個体値の問題だろうね。そう。もう俺はちゃんと悪いことについて謝るんだけど、彼は絶対になんていうんだ。フォートナイトは来週の月曜日やります。来週の月曜日フォートナイト、そして再来週の月曜日ロブロックスやります。そしてその次の週やっぱりね、ポケモン Z やりますか。来週フォートナイト、再来週が、ロブロックスでございます。月曜日。ね、難しいね、こればっかりね。もうね、こんな時に違う話してあれだけど最近見たミーム動画のでガチャクラブとかガチャライブとかのあるけど最後のあれどうやってやるのかわからないディスコのドムに僕に送ってくれ、ちょっと確認するね。俺が知ってるやり方だったら逆にあずやんさんにやり方教えて、教えてあげるから。iPad、まあ多分パソコン使ってるんだとは思うけど、パソコン使わないでできる最適な方法とかね。チョコベビーのジャンボサイズ、そんなジャンボサイズあんの？チョコベビー、なんか、それなんかリンゴかな。いやー、まだホーム連携してないよね、そう。フロンチャとは4月には連帯すると思いますよ。ん ?4 月に連携するのか？イープホネ、こんにちは。イープホネさんいらっしゃい。来てくれて嬉しいです。ありがとう。めっちゃ嬉しいです。ありがとう。イープホネさんもありがとうございます。こんにちは。ありがとう。フロンチャとはチャンピオンズ来月なんでおそらく。イープホネ、ザシアンありますか？ザシアンをありますけどどうしたらいいですか？ザシアンありますけど何したいですか？ザシアンをどうしたいですか？あるにはありますけどどうしたいですか？来月すぐねじゃない、4月だからね。そうザシアンをどうしたいか。交換か。何くれます？ちなみに何と交換してくれます？
何出せます？それによってはちょっとこちらもちょっとザシアン出すことは検討できますが、ザシアンと同じぐらいの、俺対戦勢なので、対戦で使えるザシアンと互角に戦えるぐらいの環境ポケモンだったらザシアンをご提供いたします。それでよければ。ネクロズマか。ちょうどネクロズマ持ってましてね。ちょっと待ってね。ザシアンが何個かあるかちょっと確認しますね。1個しかなかったらごめんなさい、ちょっと。ウロン茶とは、私ザシアン余ってますよ、一応。ウーロン茶さんが余ってるらしいですよ。ネクロズマと交換でしたら。ちなみにその交換って通常の伝説ポケモンですよね。正規個体ですよね。昔、リスナーさん同士で交換して改造個体もらってトラブったので、リスナーさん同士の交換を OK にしてるんですけど、氷川側が責任を負えなくなっちゃうので、どうかよろしくお願いします。じゃあ、よかったら、できれば、ウーロン茶さんと、僕もザシアン交換だけしたいです。返すので図鑑登録、図鑑なんて登録できるのか？了解アンパ、間違えました。ザマゼンタです。ザマゼンタか、ザマゼンタ。お、ありがとう。ザマゼンタだそうです。なんか、コロコロ変わっちゃってすいません、なんかね。ザマゼンタだったら、図鑑埋めの交換だったら、可能です。一応図鑑埋めの交換だったらいきます。いいですか？了解です。図鑑埋めだったら持ってるので、ザマゼンタは全然、図鑑埋めの交換なら可能です、ね。剣盾にまだいるのか。送ってくれてありがとう。後で見てみるね、ちょっとね。どんなやつなのか。ロンチャとは、注意検査。10意見だとはなんだ？10まで行ったってことか。なるほど、行ってるよ。頑張ったね。ここまで。いっぱい集めてこう。いいとこね、ネクロズマ交換できないかな。ちょっと、ザシアンはね、ちょっとね、1体しかないんでね、ごめんなさいね。難しいです。僕は後でいいですよ。後回しで。後で回していいですよ。だって。後でなら交換いけるって言ってますよ。ウロン茶とは、私は構いません。カビゴンス部、忙しいのが終わりました。忙しいの終わった？なんかあった？大桑さん。いいとこね、マジですか。アズニャンメグ 6F、検索しようにもできない。どういう風に検索すればいいのか？あれはガチャクラブのミーム動画の。ガチャクラブのミームなんてあんの？タイムアウトしちゃった。ウロン茶とは惜しかった。
よいしょ。なめこエッジ 8D 受けます。オーなめこさんおプンチャットの疲れ様。設定があるので、オープンチャットの設定があるからいける？了解。お疲れ様。ウロンチャとは褒め入ってきます。いってらっしゃい。どうぞすいません。ディープ骨、ウロンチャと破産交換したいです。よいしょ。交換したいか。じゃあブルーベリーやるよ。どうぞ。了解アンパ、ブルーベリーお願いします。ブルーベリー行こうか。よし、ブルーベリー、ブルーベリー。ウロンチャとは、パスと爆弾教えてくれたら幸いです。よいしょ。ウハさん、おはさんもありがとう。こんばんは。来てくれてるしよ。ありがとう。おはさんもありがとうね。いらっしゃい。おはさんもこんばんは。いらっしゃい。おはさんもありがとう。来てくれてるしよ。今からブルーベリー開きます。ウハさん、アイコン作るの楽しいな。アイコン何のアイコン作ったの？いいね。なんかいろいろアイコン作ってるね。アズニャン N6F、月さんわかるかな？あれは難しいかもしれん。あれは難しい。海外の人が作ってるから。ねえねえ。海外の人が作ってるから、じゃあなかなか作るの難しそうだな。ディープ骨、しょうま。よし、オッケー。ちょっとお茶飲んでくるね。順番にやっていくね。ちょっとお茶飲んでくる。足がしびれる。ウロンチャとは、潜ってますよ。アズニャン N6F、なかなか進まんし終わらんミーム動画制作てか制作サボってる。ミーム動画ね、なかなか進まんし変わらんし、ミーム動画制作最近サボってる。まあ、たまにサボるぐらい大丈夫でしょ。ディープ骨、県内ですか？俺はソードはやってたね。最近やってないけど。ウセア君1 F8 分にある、辛いサンドイッチか。
辛いサンドイッチだったウ。ロン茶とは、朽ちた剣は買えますよ。競りで手に入るよね。というアズニ男。ャン N6F、やばいよやばいよ、めんどいがまさめんどいがまためんどいこともあるよね。俺も春休み。嵐アンチ増える嵐再生回数増えるか嵐アンチは歓迎なんでね。嵐はお断りだけどね。嵐はコメントボットするからお断りなんだけど、アンチはご意見言ってくれるから俺いてほしいと思う。アンチと嵐がいなくなったら、ある意味ね、配信者終わりですよ。なんでかっていうと、別に嵐とアンチがいないのは理想的なんだけど、逆にいるってことによって、アンチがいることによって、動画の質が改善されるんですよ。で、嵐は論外なんで、嵐は徹底的にバンしましょう。そう。注目されなくなったら、この世界終わりなんで、いろんな意味で。そう。嵐ってイコール、アンチイコール、注目されてるんで。そう。ネタ提供してくれるんでね。よいしょ。めんどいが勝っちゃうから、俺もね、めんどいなこともね、いっぱいあるね。今世の中ね。絶賛めんどいことに俺巻き込まれてるんですよ。第三者視点で。絶賛今俺第三者視点でめんどい。まあね、ポテポテ動画でもね、よく言ってくれるからね。相手参考にならんとかね、マイクラやめちゃったそう。だから逆にアンチを大切にしてるよ。ご意見ありがとうございますって必ずコメント。話す意見ボックスだと思いますね。でも嵐とかレントボットに関しては、ただ自分の言いたいこと言ってるだけなんで、あれはブロックしちゃっていいです。俺んところめっちゃ多かったよ。多分俺んところの嵐が多分ウハさんのところいた世代ですね。ね。なんかあった？最近あれでよ、なんだっけ、名前が出てこない。サモンズボードやり始めたよ。パズドラ作ってる会社が作ってるやつ。あれ面白いね。とは言ってもキャラが可愛いから始めたみたいな感じあるけどね。ミーム動画制作してくる。ミーム動画制作してくる、いってらっしゃい。マジで嵐なえるって言ったら、なえたら終わりですよ。まあ、時間が経ったら来なくなるんだから。ガタガタマイクラ。ガタガタマイクラな、どんなマイクラ？ガタガタマイクラ。あれ面白そうだな。なんだっけ？何があるかな？動物愛護法遵守マインクラフト。そう。なんて言うんだ。まず狩猟と、釣りは絶対禁止です。そう。動物愛護を遵守した、なんて言うんだ。マインクラフト。たとえ動物が、近くにいて避けようとして、棒で叩くのもダメです。絶対ダメです。もし仮に、そう。ウロンチャさんお疲れ様です。またお待ちしております。家畜でもダメです。家畜でもやっちゃダメです。そう。ウロンチャさんお疲れ様です。またお待ちしております。ありがとうございました。ありがとう、うせやくんさんも。いやー、ありがとうございました。ほんと、またお待ちしておりますね。マイクラ違反禁止にネクラフト。マイクラ違反禁止。うん。ウロンチ
チャとは、お疲れ様です。うんちゃさんお疲れ様。今日はご参加ありがとうございました。本当楽しかったです。今日ね、ちょっとね、6時ぐらいで配信終わりですがね、あと数分で終わりですがね、6時か7時間に終わっちゃうと思うのでね、まあ最後まで楽しんでいただけたら嬉しい。いや、ウーロン茶さんもね、ありがとうございました。またポケモンやってるのでね。ウハさん、マズキを切ったら森林破壊。森林赤だからダメ。SDGs、一番いいね、SDGs 縛りがいいわ。そう俺昔それやろうとしてたんでね、やろうとしたらね、とっくのとおりに実況者さんがやってて驚いた。ロシーナターブツベア、なんで今日そんな早いん？あれ、自主トレーニングスマブラの自主トレーニング対ポケポケの総力戦をしなきゃいけないから。スマブラのトレーニング&ポケポケのね、総力戦しなきゃいけないから。ブセア君に 9F8 分にある、このサークルミッションだけは。飛んでいる野生のポケモンを撮影しよう。スマブラ強くなりたいと決心したからオンライン潜ることにした。カビゴンスブ、晩ご飯なのでお疲れ様。お疲れさん、またね。ウハさん、ゴーレム倒したら後部執行妨害殺害だうね。わー、もうそれは完璧だね。ゴーレム。母ちゃんおかえり。ばあちゃん行方不明。ウハさん、ハエも倒せないでも。ハエも倒せない雑草部逆に全部ダメ。ウハさん、ほぼ何もできん。なんだこれ、対抗策がない、どうしよう。対抗策は全然ない、どうしよう。豊富でも打てばいいな。戦略的撤退を視野を入れなきゃダメだな。リザードンが対抗できない。ウハさん、鍛冶屋からチェスト開けたら絶倒。カジやから。てか、村人をあれよ。クリア、アイアンゴーレムトラップに入れた瞬間にあれだからね。あれなんだっけ。アイアンゴーレムトラップに入れた瞬間にあれよ。なんだろう、監禁罪だから。そういろんな意味でまずい。サーブツベア、サーモン。サーモンがどうした？サーモンさん、今ここにいないけどなんかあったの？まあ、ナタ君の配信はナタ君のルールで決めてね。こちらが対処できないから。俺はサーモンさんのことまで言う権利ないからね。ごめんね。ちょっとねナタ君のことはナタ君のところはナタ君で対処してもらわないと。アドバイスはできるけど、俺が深入りするとね、また問題になるからね。他配信、仲良くても他配信のことはここでは、氷川の配信までも賄えないよね。なんかリザードン縛りしてて楽しいな。ウハさん、ガソリン高い。ガソリン高いね。中途半端なことやるからね。あそこ一体何がしたいのね、ホラズムだってね、
自衛隊の派遣させなければ、派兵っつったらね、確実に怒られるよね。そう。ホルズム、ホルムズ海峡を、封鎖してるけど、自衛隊を、派遣させなければ、イランが通していいよっつって言ってるからね。だから、どんどんあれじゃないかな。イランはさ、結果的に封鎖するぞって言ってるけどさ、自国のさ、武装組織とかさ、自国のさ、軍隊を派遣させないってことをやればさ、通してくれる説ないか。そう。よっぽどのことないかに。それで逆に、なんだっけ、軍隊派遣させない代わりに、通す密約を交わしてアメリカを孤立化させる狙いはありそうなんでね。そう。現にその、封鎖の目的ってそれだと思うから。そう。意図的には封鎖して、関係断とうとするんだけど、見返りを求めて、特定の国と海峡を開けるみたいなことやりそうなんでね。そう。俺そのルートに転ぶと思う。そう。たら今度アメリカが逆ギレして、またなんか、キレ散らかしそうだけどな。まあ、これに関しては俺がツイッターで今度バチクソを書いてあげるよ。ツイッターどちらかっていうとニュースとか歴史とか政治とかの解説してる赤もあるからね。まあ YouTube でやるとさすがに消されるからね。俺の命がなくなるわね。そう。ね。あれも多分歯向かってこなさそうな国のタンカーとか襲ってるよね。そう。やったらまずいところにはさすがやらないもんね。そう。映像に出回ってるやつもね。そうでインターネットが遮断されてるからさ、ちょこちょことさ、転覆された後のさ、情報っていうのが入ってきててさ、肖像画とかめちゃ割られてたらしいね。宮殿に侵入した市民たちがなんか、なんだっけな、ああいう、肖像画とかさ、そういうの全部燃やしたりだとかしたっていう映像がね、流れてたらしい。あれも実際に本物の画像かわかんないから難しいよね。そういうのいくらでも今の時代作れちゃうからね。そうでも確かにね、フィリピンのマルコスの時はあれは確実に本当だったでしょうね。そうあそこ、あの時フェイク画像作れない時代でしたからね。今いくらでも作れちゃうからね、わかんないよね。だから生成 AI バカにならないよね。そう逆にそういう動画で、生成 AI 作るのやめる。日本にも転覆されそうタンカー7台。逆に日本を襲った場合にリスクが高すぎるからやらないと僕は予測するね。だって日本をさやっちゃうと今度アメリカをやってるようなもんなんですよ。そう。だから逆にアメリカに見限れないさえされなければ多分後ろ盾でやられないかもしれない。それかなんか裏で密約交わして通してくれるパターンとかもあるから。だから裏密約パターンを俺は押したいな。でもやったら行動変わるんじゃないですかね、多分ちょっと。物事ってさ、ことが起きないとさ、みんな動かないからさ、逆に物事が起きてさ、惨事が起きないとさ、みんな改善しようとしないんですよね。だから、言ってしまえば多分、今回、もしやられなければそれはね、安全でいいことなんだけど、もしやられてしまうことが起きてしまったら、ちょっと世の中の見方変わってくるんじゃないかなって僕は思うよ。そうでもしない限り全く考えが変わらないでしょ。ね。俺分からないと思う。俺もね、どっちが悪いなんては言えないと思う。でも明らかにやっちゃいけなかったのは学校に対する爆撃だったでしょうね。それだけですね。うん、どっちもどっちだとは思うけど。どっちにも正義なんてないですよ。自分が正しいと思ってることをやってるだけですから。窃盗縛りマインクラフトか。ね。だからあれ、国際法を入れてしまえばあれだからな。常任理事国には適用されない説を起こしてる。そう、力持ってる国には適用されない説。そう。ね。やっぱすごいね、戦争に勝った国はね、それのルールすら守らないんでね。だってそれを作った人たちだから言ってしまうと。作った人が破るには全然いいという考えになっちゃうかもしれないからね。そうだよね、世の中愛には任せちゃダメなんだよ。そう。逆にまあ、AI に任せなきゃダメってなんだけど、あれやね、逆にAI を正しく使えば怖くはないんだよね。間違った使い方するからダメなんですよ。
例えば AI でさ、無許可でさ、イラストレーターさんの絵学習させてさ、イラスト生成させましたって言ったら、それはさ、間違った使いで法律違反じゃないですか。ね。でも、正しく AI を使えばさ、世の中いいこともあるんですよ。ね。だから、正しく法律守った上で使う分には別にいいと思います。むしろ、技術に対して法律が及んでないのが、現時点での深刻な問題じゃないでしょうかね。ってところかな、俺が言いたいのは。そう。技術は進歩しても法律や人間がね、まだ未熟なんですよ。対応しきれてないんですよ。そう。だから AI に関してはさ、こう、いろいろ問題が起きてそうなんですよ。だから抜本的になんかその、一回話し合う場をね、設けるべきなんですよね。そう。だから、ことが起きてからみんな騒ぐじゃないですか。マジで戦争良くない。そう。ね、結果的にもう、ことが起きてからわーって騒ぐんですよ。ことが起きないと何も動かないです。ね、いつの時代もそうっすよね。よいしょ。まあ、起きてしまうこともあるからね。そう。人間ね、私利私欲の塊ですから。ちょっと待ってね。メタモンブロックね。最後、メタモンブロックを探したら今日配信終わろう。そう。ね、ウハさん、ベトナムもう一回分からせてあげようか。あれは逆になんていうんだ、北ベトナム軍が異常に強かったっていうのはあるよね。でも逆にあれはソ連が後ろから介入したっていう説もあるから。そうでも明らかにベトコンが強かった理由はゲリラ戦を敷いたからね。そう。なんで強かったかっていうと、簡単に言うと、金属探知機が使えない盾とか、木とかで、武器を使ってたからなんだよね。そう。あれなんですよね。アメリカ軍ってさ、トラップをさ、鉄とかさ、金属製品だと思ってたからさ、金属探知機で事前に調べてたんでね、全く見つからないんですよ。で、その間に彼らは竹とか、なんだっけ、木とかを武器にして、トラップを作って、仕留めてったんでね。そう。自然を巧みにやる、戦い方なんでね。そうバトルできますか？できますよ。黄色ミッションが終わったら、バトルやってから、ライノさんと対戦して、そしたら今日配信終わります。そう。ね。だからあんな枯葉剤撒いたけどね。まあ、あんなは良くなかったよね。よいしょ。できますよ。よいしょうか。まあ、とりあえずね、何でしたっけ、黄色ミッションのね、この、メタモンブロックが終わったらやりましょう。それが終わったら、今日、ライノさんと対戦終わったら今日配信終わります。とりあえず黄色ミッションをね、優先で。はい、いけるよ。全然いける。ね。なんだっけ、なんて言うんだ。自然を巧みに扱ってやる戦い方っていうのはベトナムとか昔の日本が得意とするやり方なんですよね。ゲリラ戦ってやつですね、簡単に言うと。小規模でなんて言うんだ。近寄って小規模で徹底的にこう、戦うみたいなね。だから厄介とは厄介ですよね。痛いから明日耳鼻科行くわ。耳鼻科行ってらっしゃい。そう。ね、耳鼻科ね、なんか耳がね、痛いのはね、どうしてもね、辛いもんね、だってね。いきなり上から釣り天井が落ちてきたなんて言ったらね、やばいもんね。そういうことをやるんですよ。戦い方の手法として。バンブートラップの間っつってんですけど。なかなか見つからないね。ライノさんとね、対戦したらね、ちょっとね、配信終わって、今日はちょっと、調整しようかなと思って、いろいろと。たまにミリタリー知識とかが聞けれて、歴史の話も聞けるのがここ。まず変えるには、常任理事国の、2カ国の、できますよ。2カ国の、事実上の常任理事国から追い出す必要があるんですよね。日本のね、戦後体制脱却するには、まず2カ国の常任理事国の剥奪と、
をしない限り日本はずっと戦争を第二次大戦の状態のままなんですよ。言うてしまうと。そう。まあ、これに関してはツイッターの方で教えてあげる。だからその国がもし戦争で滅んじゃったらワンチャン日本は勝ち組になれる説はある。その時が来た時に日本がどう取るか、そして来るだと思うよ。本気で探してくれる、ありがとう。そうまあ簡単に言うとね、大きな国とね、そこにあるね、小さな、ちょっと大きな国なんだけどね、そこがね、いろいろやらかして、国が滅んじゃったらワンチャン日本が、常任理事国になる世界線もあるかもしれない。そうね、将来的にはあるかもしれない。ね。でもそこがね、多分ずっとのさばってる以上はもうほぼないと思う。かな。そしたら、話し合って、みんなで話し合って、本格的に変えていくなりね、維持するなりね、相談する場所、話し合う場所を設けて、80年、100年越しにでもいいから、国の指針を変えていくのもいいんじゃないかなって僕は思うけどね。そうてか、70年も厳格に80年も厳格に守ってんの日本はすごいと思うよ。そう。その時が来た時に、みんなが、困らないように日々、歴史のことを勉強したりだとか、世の中のことを勉強することが大切だよねってところなんでね。そう。まあ、多分彼らはきっとそうはさせたくないから、意地でも自分の私利私欲のために頑張ってるとは思うよ。まあ、そんな国が長く続くとは僕は思わないよね。その前に多分人口密度かなんかあれでなかったでしょ。あんまりやってないからね。そう俺がやるといろんな意味でコアな歴史しかしないから人は集まらんすよ。そうね。本当あるよ。あるからさ、あると思うよ。なかったら一回解散してね、ライノさんとね、対戦したら今日終わろうと思います。あるとは思うよ。あるはずだから。ないはずがないから。あるのかないのか、ここにあるのかってね、ないはずはないですから。ありますよ。どっかある。だってさっき見たもんいたような気がしたのに、いたような気がね、よくあるんでね、たまにね。ウハさん、帝国主義自由主義社会主義どれが強いんだろう。どれも欠陥点多すぎるんですよね。どれもね、良いところもあってね、どれも欠陥的なものがいっぱいあります。いろんなものを学んできて、どれがいいとは僕は言いません。これに関しては、人間が考えた上で、必然としてできた考えだから、配信者とは必然的、初のバトル、じゃあ嬉しいな、頑張って戦おう。本気出しちゃおう。どれも悪いところもあるし、いいところもある。言うてしまえば欠陥点も多いし、それなりにそれをずっと突っ走ると、結果的に、いろんな意味で、なんだろう、長年続けていけば続くほど、体制に欠陥点が出てくるのはどれも共通してるんですよね。そう。自由なのは自由でいいんですよ。でもそれはそれで逆に、その面での欠陥点が出てくるよね。みんなで話し合って、みんなで話し合わなきゃいけないから、そこでね、まとまらなければ発展も、なんていうの、技術進歩もしない。でも逆に一方に全部に権力が集中してるさ、言ってしまえばさ、そこに権力があるゆえに、開発方針とかって技術力格段で上がるんですよ。そう。ね。で、あと、みんなが平等になればいいっていうんだったら、それはそれでいいかもしんないけど、みんなが平等で働かなくなって、かえって経済悪くなって、あれですから。みんなが貧しくなったっていう事例もあるからね。だからみんな欠陥点も多いよね。そう。うん。だから、俺的には正直、難しいね。どれも欠陥点が多すぎる。そうこれ克服したら、ある意味人間の野心すべて解決した説になるから。そう。みんな理想的に見えてすっごい欠陥点が多いんですよ。ね、まあ、全部それらに対抗してできて、るんだけどね。そう。そう。それに対抗してそれを作る。それに対抗してそれを作る。客観的にそれを実施する。失敗する。いろいろ問題が出てくるだからね。そう。だから現在も進行形で行われてるよってことね。そう。って感じかな。俺が言いたいのは。
まあ、ライノさんとの対戦が楽しみだな。それより見つけたー、ゆめさんナイスー、いいねー。いいねー。ナイスナイス。まあね、俺こういう話してるけど、俺別にやばいやつじゃないからね。ありがとう。うすやさんありがとう。めっちゃ嬉しいです。じゃあ、今日ね、一回ね、サークル終わって、ライノさんと対戦しましょう。よろしくお願いします。いや、皆さんありがとうございました。よし。いやー、最後ね、来てくれて嬉しかったです。じゃあ、皆さん、サークルお疲れ様でした。了解アンパー、ありがとう。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ね、最後なんかまず難しい話になっちゃってごめんなさいね。俺こんなキャラじゃないんだよ。まあ、そういうのが、ね、好きっちゃ好きなんだけどね。なるべく決して押し付けはしないので安心してください。よいしょ。よかったらじゃんじゃんご参加ください。4567でお待ちしておりますね。パスワード、ライノさんパスワード4567なので、4567でどうぞ。あれ、ゆめさんでいいのかな？ゆめさん、ライノさんで対戦してからね、行きましょう。ゆめさん、ライノさんで対戦しましょう。ほう、V ズパだからな。ライノさんもいるかな？ライノさんもいたらよかったら連絡お願いしますね。お、了解。ゆめさんと対戦したらライノさんと対戦しましょう。よろしくお願いします。ゆめさん、ライノさんと対戦し終わったら、ゆめさん、了解です。それでしたら多分ね、ちょうどね、配信がね、ぴったり500回再生いくと思うので、ね、それが終わったらやりましょう。ぴったり500回再生で終わりたいからね。目標だったね。ぴったり究極を求めたいし、ね。ね、489ってなるとなんかね、中途半端だからね、ぴったり500で終わりたいね。ぴったり、きっちり500で終わりたいから。なので皆さん応援お願いします。いいねー。マディアナね、500年前マディアナだね。じゃあ俺の、フリーザーの、初陣を見といてください。ポチポチでもね、フリーザーデッキ作るので。4567です。はい。4567です。はい。4567となっております。高速移動。4567となっております。アイアンヘッドやってくるねー。逆に羽休め。アイアンヘッドなかなかついてくるから痛いね。レンジ砲当たってく。しびれた。麻痺で技が出にくくなった。高速移動。逆に高速移動。レールガン。レンジ攻撃とレールガン言いたくない。とある科学って言いたいんでしょう。インデックスもあるじゃない。ヘッド。おっと痛い。おっと痛い。まあ、ここ羽休め。もうこれで技出なかったら、つ泣くな。技出てほしいな。あ、捨てた。ナイス。おっと、急所。羽休め。これで技で出てほしい、技。よし。
なんかな、どっちかは勝負決めないとね。じゃあ絶対レード。引いてくるかな。引いてくるな、多分。はい、もやさん、凍らせろー、ナイス一撃必殺が、フリーザー EX の、で、マディアナ EX を倒しました。ポテ。はい、皆さん、どうも、こんにちは。ポテポテを実況していきます。フリーザー EX で、フリーザー EX で、絶対レード。居住さん、ここでフリーザー EX やられてしまいました。残念です。ポテポテ風に言ってみて、ポテポテ風に。ポテポテショート見てくれたら分かるけど。いやー、ザシアン EX 強いです。では、私はこちらで本気で勝負仕掛けていきたいと思います。では、私の本気を見せていきたいと思います。ここでバドレックス EX を出していきます。では、バドレックス EX 皆さん見ててください。思いっきり、はい、アストラルビットを1回打っていきます。はい、どうでしょうか。と見せかけて、アストラルビットではないんですよね。さて、アストラルビットでしょうか。居住山が出るでしょうか。多分1回居住山が来ると思うので。青ちゃんさん、熱出た？おはよう。熱ね、熱、ちょっと心配だね。一段階上昇。お、今日はね、ブルーベリーポイントはね、今日ね、6時で終わりだからね、6時30分ぐらいで終わりだから、また今度ってことかな。うん。また来週の火曜日やろう。来週の火曜日ポケモン SB やりましょう。見てくれる、ありがとう、嬉しいな。ライブ見てくれてありがとう。今日はライノさんと対戦したら、6時30分ぐらいで配信終わりなので、今日はブルーベリーポイントやらないんですけど、来週の火曜日、ポケモン SB 配信しますんで、ぜひともお待ちしております。来週の火曜日になりますが。バトレックス EX 強いでしょ？ネックーザ来たね。天空の神。40度 ?40 度も出たの。40度やばくないそれ。もう楽しみにしてくれる、ありがとう。ゆっくり休んで。病院は行ってんのちゃんとね。40度も出たらね、心配だよね。多分フラフラになるよ。はい、ここで、メガレックーザ EX を倒しました。ここでどう出てくるか。はい、パオジアン EX が出てまいりました。パオジアン EX でございます。はい、ここでね、氷川ですよね。多分ね、不意打ちが来ると思うので、草結びを発動していこうと思います。はい、草結びです。もうバドレックス無双になってるね。バドレックス対決楽しいな。楽しいぞいって。でも逆に、大丈夫だよ。いやー、おじさん、お大事に、ほんと、お大事にですよ、ほんと。ねえ。マジで黒レックザ、懐かしい。正規個体だ。これ配布だね。配布の黒レックザだね、多分ね。それが厳選かな。すごいすごい。レアな黒レックザ見れるの嬉しいな。大空の神、アストラルビットー配布、なんだっけ、レックーザってね、黒いレックーザね、配布でもあったし、ポケモンセンターの配布でもあったし、期間限定のレイドイベントでもあった。最近の黒レックーザだと、アニポケのコラボして、去年高に黒レックーザの限定レイドが来てた。その前はね、配布だった。いくつか配布だとか、限定品で来てることは。でも厳選でも、いやー、大丈夫。大切に持ってきな。俺も持ってるから大丈夫。基本ね、伝説のポケモンとかね、手に入らないポケモン自分が持ってるといいよ。むしろ手に入れるの大変だからね。また手に入るものだったらいいんだけど、手に入らないものは絶対持っとくべき。
ミュウだ。おー、いいね。ミュウ、俺好きなんだよ。ミュウ2とミュウはいいね、やっぱりね。ウハさん、廃屋が高すぎる分はい、早く高いでしょ。ネギラーだって高いから。ね。いやー、対戦ありがとうございました。いい試合ありがとう、ゆめさん。ゆめさんありがとうございました。対戦ありがとうございました。ゆめさんありがとうございます。では、ライノさんと対戦しましょう。お、フィンランドさんいらっしゃい。おはようございます。来てくれてるしです。ゆめさん、対戦ありがとうございました。じゃあ、最後のね、あれですね、フィンランド様ありがとう。ライノさんと対戦したらね、配信終わります。フィンランド大好きチャンネル、ちょうど終わったんか。まだまだやりますよ。ナイノさんと対戦したらちょうど配信の終わりですね。ナイノさんとの最後の決戦を待ってるので。ナイノさんとの最後の決戦をやったら今日配信終わりです。大のゲームやサブ、当たるかな。4567でますね。パスワード4567です。あ、ゆめさん、またゆめさんだ。ちょっと待ってね。ちょっとゆめさんやめてね。もう、パスワード4567でライノさん待ちしております。大のゲームやサブ、売ったんですけどね。なんだろう。大のゲームやサブ、今オフラインだから。あ、オンラインにしてくれないと入れません。一回オンラインになってみてください。大のゲームやサブ、わかりました。ぜひともお待ちしております。ありがとうございます。
大丈夫かな。なんか、大丈夫ですかね。4、5、6なら打ちたいですね。誰のゲームやサブちょっと待ってください。待ってますよ。大丈夫ですよ。さん、ロブロ遊ぶね、またね。ロボいってらっしゃい。お待ちしておりますね。いきますかね。誰のゲームやサブはい、すみません。もう待ってもらって。全然大丈夫ですよ。全然待ってますよ。時間はまだあるので。大丈夫ですよ。対戦しましょう。
全然大丈夫です。大丈夫かな。大丈夫かな。ライノさん。ちょっと待ってるけど大丈夫かな。心配やな。大丈夫ですかね、ライノさん。いますか。ちょっと心配。お、雇用が19になったら嬉しいな。これは7時ルート確定かもな。確かに中途半端な時間だから7時に終わる。ライノさん大丈夫でしょうか。いつでもお待ちしております。大のゲームやサブ、あ、なんか待ってる間交換とかしてていいですよ。いいですか。了解です。待ってますね。特にやることないので特にやることないので。もうちょいできる。了解です。いや、とりあえず、レイド来たい人いたら、レイド当ててくれ、レイド当てますね。
皆さん、ライノさんがしばらく時間かかるので、サークルミッションもう一回やりましょう。とは言っても、まだ時間がかかるから、よかったらサークルミッション入っていただけたら嬉しいです。まだちょっと時間がかかるみたいなの。じゃあ7時まで延長しましょう。どうぞどうぞ、来たい人いたらどうぞ。ブルーベリー行きたい人いたらどうぞ。歯医者さんから帰ってきた。おかえり。虫はなかった？歯周病なかった？俺だいぶ前に、歯磨かなくて、歯痛えなと思って歯医者行ったら、虫歯一つもなかったよ。そう。夜しか磨いてないで歯痛えなと思ったから、虫歯になったかなと思って行ったらね、あの、なかったんです。だからそれ以降、歯医者さんに来られて、あのー毎朝磨くようになりました。夜だけ以外にもね、朝もね、ちゃんと磨くようになってからね。歯周病にもなってなかったんですね、実は。なんでだかわかんないけど。逆にね、歯医者さんの方がびっくりしたらしいです。ね、朝しか夜しか磨いてない状態で、虫歯一本もない。めっちゃ静かで平和でしょ。そう、一本も、虫歯がない事態で驚いたよって。みんな落ちちゃったからね。虫歯ないよ。虫歯ない。逆にない。孤島な ONHI、すご笑朝、朝磨かないで、夜しか磨かなかったのに、虫歯一本もね。どうでしょうかね。ライのゲームズさんいけますかね。ノリオルさんいらっしゃい。来てくれてるし、他に入りたい人いますか？
バイのバイバイバイ、キャンディーチュー、バイ。で、ウセア M8S4 スプクブ 7R。いらっしゃい。うせやさんもありがとう。来てくれてるしよ。久しぶりに来てくれてるしよ。ありがとう。うせやさんもありがとう。来てくれてるしです。とりあえず行きますか。ナインドさんが来れなさそうだから。まあ、とりあえず7時になったら終わろうかな。テラスってる野生のポケモン撮影しよう。よし、やってっか。さあ、どこ行くかな。大のゲームやサブできました。もう準備完了ですか。準備完了です。了解です。じゃあ、しばしちょっと待ってくださいね。ちょっとサークルミッションが発生したため、あと、今、リオルさんはどうなったかな。大のゲームやサブもう了解です。とりあえず一回このサークルミッション終わったら、対戦しましょう。とりあえずこれだけ、サイドンだけ倒したら。大のゲームやサブすみません。あ、大丈夫ですよ。お待たせしました全然大丈夫です。いや、いいですよ、いいですよ、いいですよ。楽しい方がいいのでね。結果的に人見限っちゃうと、誰もいなくなる配信になってしまうので、ね、とりあえず楽しくてね、面白い配信をね、作ることをね、私目的としているので、非課付配信は視聴者さんファーストなんで。だから極端なバズりってないんですよね、俺のチャンネル。そう、極端なバズりはないんだけど、地道に人との交流をね、大切にすることによって、まあ今のような配信系統が続きましたね。続いてますね。まあ、一時の繁栄よりね、地道にコツコツ伸ばしていった方がいいんじゃない。ローマの繁栄一日にならずみたいなことはあるけどね。言ってしまえば一の上にも3年というように、ずっと続けることに意義があるんで。これはね、ダークボールかな。ダークボールの使い。サイドンを捕まえるのを諦めてね、もうここはね、ひたすらね、気合玉で打ってきます。気合玉ですね。気合玉でバツンといってやりましょう。ナイス。仕留めるのは簡単です。確実に仕留めましょう。ナイス。
お、ピチューがリザードンかっこいいでしょ。俺リザードン好きなんだよ。メガリザードンガイとか好きだからな。ピカチュウに進化してない。ピカチュウに進化してない。ピチューがピカチュウになっちゃったよ。これが成長ってやつです。とりあえず黄色ミッションが出たら一回終わろうかな。ピカチュウですね。おまかせバトル10匹。なかなか人気のある動画を作るって相当難しいんだよね。人気のある動画をあえて作ろうとすると逆にそれはそれでね、伸びなかったりするんですよね。俺がサブアカでね、ウマ娘のね、ガチャ動画をね、投稿したらね、なんとね、3回しか再生されなかったですね。だからそれは本当に俺が人気がないって証拠なんですよ。言うてしまえば本当に人気があるんだったら多分きっと別チャンネル作ったとしたらそこを多分知らせなくても人が見っけるはずなんですよね。ってことは多分きっと俺は別のチャンネルを作っても反映しないということは多分まだ無名なんだと思う。多いね。伝説のポケモン御三家全部揃えてるんですね。私持ってないのは何でしょうかね。ゼラオラとゲノセクトだけですね。ゼラオラとゲノセクトだけ持ってないですね。それ以外揃えたら全部コンプリートなんですよ。じゃあ、赤いミッションが終わったら、今日はサークル終わってライノさんと対戦しようかな。ゲノセクト逆に欲しいです。逆にゲノセクトマジ欲しい。あれですね、パルデア図鑑は埋まってますね。パルデア図鑑と北上図鑑埋まってるんですけど、でも、ゼラオラとゲノセクトを使える、ZA で使えましたっけ？ ZA の時、久しぶりにやったんですね。私、まだ持ってないんです。でも、あげられるポケモンがまだ ZA 伝説いなくてね、ちょっとストーリーもまだ終わってなくてね、追加コンテンツのストーリーが。よし。じゃあ、もう一回赤ミッションやったらね、今日は、サークルを終えて、エスカツヤさんも来てくれてありがとう。久しぶりだね、カズヤさん来てくれたね。そうだね。渋いサンドイッチを作ってくれとのことだね。俺、ブルーベリーなかなか埋まらないですよね。大のゲームやサブ、あと2体なんですけどね。S カズヤ80、デラオラ、ゲノセクト複数います。おお、そんなに持ってるんですね。なんかいろいろ伝説いてすごいな。かえって尊敬する。パラペーニョだけ。パラペーニョ。ゼラオラとゼノセクトを複数から出す。食品ロスしちゃったよー。怒られる。農家さんに怒られる。パルデアの。そうだね。今から10世代やるのもいいかもしんないけど、ちょっと値段が安くなった中古を買うのがいいかもな。久々やった俺こんなガチってたっけって思いましたしょ。気がついてみると自分がガチってるってことよくありますよね。自分ではガチってなくても。次はサークル参加します。お、次サークル参加してくれます？じゃあ来週の火曜日参加してくれたら嬉しいです。また食品ロスしちゃった。やばいわ、ダメ。農家さん、パルデアの農家さんに怒られちゃう。食品ロス。あかん。食べ物大切にしなきゃあかん。
よし、次参加してくれるんですね。じゃあ、来週の火曜日に来て、ポケモン SV 来ていただけたら参加可能です。では、これのサークルミッションが終わったので、あれですね。すごい渋かったんですよね。1しかない。大のゲームやサブ、わかりませんけどでしょう。いつもお待ちしております。明日はね、あれなんで。よし。80、ゼラオラ、ゲノセクトスブこれない。ああ、そうなんですよね。リオルさん一回落ちますね。ミッションがあったね。ゲノセクトとゼラオラはね、SV 来れないんですよね。内定しなかったですからね。内定しそうでしなかったんですよ。なんか問題でもあったんでしょうかね。よし。じゃあ、ライノさん対戦しますか、最後。これが本当の最後の対戦でございます。ゲームやサブ、やります？いいよ、やりましょう。いいね、すぐりくん。今日俺、すぐりくんのコスプレだからな。北上すぐりくんの方に。S かぐや80、たまにハバトルしようかな。お、じゃあ、最後和也さんともう一回対戦したら、本当の最後の終わりでお願いします。ね。せっかくバトルしてくれる人をね、追い返すわけにはいかないので、ね。ああ、ザマデンタか。懐かしいな。逆に今回の視力を上げたいかな。AI ブースターを使いたいな。AI ブースター。AI で作られたブースターですね。チャット DDP に制作を依頼してもらったブースターですね。技構成は完全チャット DDP が見出したブースターなので、戦い方はどうかわからないですけど。全部伝説ができてくれるありがとうございます。じゃあ AI ブースターが勝つか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ライノさんもよろしくお願いします。守る。AI ブースター守る発動。瞑想かな多分。ハイドロポンプだよね。瞑想じゃない。瞑想の形じゃないんだ。からね、独特が回ってくるので、はい。草分け。ハイドル来るかな。口切るルギアか。今一つで効果上がって、なんだろう。守る。よし、オッケー。ルギアなのかルギアなのわかんないけど、あんまり詳しくない。AI ブースターがなかなかいい勝負してる。で、空元気。AI ブースター勝つか負けるか。おー、だいぶ打撃上げたな。AI ブースター、序盤の戦い方としてはなかなかいい勝負してんじゃないか。逆に AI ブースターそれなりに運用したら強いじゃん。AI ブースターマジで強い。なくなってはしまったが AI ブースターの強さを知ってしまったかもしれない。ブリザードランス。
まあ引っ込めてくるよね。パラキア。オリジンパラキアやな。高速移動。大文字が当たらない。はい、高速移動。てっててー。はい、高速移動。はい、高速移動。これはあれですね。俺が考え出した方の、編み出した方の、フリーザーですね。からの、絶対0度。当たるかな？絶対0度ー。この戦い方はあまり禁じ手じゃないか？相撲でやったら絶対ダメだよ。伝説ポケモン。伝説対伝説。まあ、こういう戦い方もしたいよね。逆に AI ブースターはここまでの地位を上げてくれたからね。高速移動。4段階高速移動。3段階高速移動。素早さがぐんと上がった。巨獣山。いやー、それ巨獣山当ててくるか。珍しいな。珍しいタコの方や。からの絶対0度。当たらない。当たらないかー。巨獣山。やべー。ここで、氷川フリーザーが死んでしまったか。ならば、筆頭出すか。筆頭サンダース出すか。ブイズ使いの真骨頂、10万ボルト。ブイズ使いの真骨頂を見せたら。神砕くからのボルチェン。甘えるが効くかな。甘える効かなそう。光合成。ネクロズもやったか。甘える。メテオドライブ。甘える。3回直下してくるぞ。3段階差に成功したので、ここから光合成。メテオドライブ来るぞ。1段階上昇。なので甘える。絶対甘える攻撃。なんだこら。ギラデナか。
甘える。甘える、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 甘える。甘える、甘える、光合成。光合成。一段階下げ。一瞬消えた。やべ。なので、宿り木。シャドウクロー来るよ。割れたー。まあ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 。ゴツゴツメットなんだね。甘える。甘えるー。来るぞー、気をつけろー。来るぞ、気をつけろー。あとちょっとす。使えない、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 使えない。シャドウダイブ。当たる。おっと、やるね。なので、光合成。光合成。波動弾。おっと、やるね。なので、甘える。うん、急所当たるね。やばいね。畑落とす。お、本命死んじゃった。やべえわー。ほんま。いい仕事したわ。じゃあ、こっちにもね、策があるんだわ。最終兵器投入。仮打ち。ベトベトやれ。毒になってもらおうか。大地の力。おっとやるね。黒いヘドロで回復。ほんと、ナイス、やったぜ。黒いヘドロの力は偉大なり。ヌギア来たぞ。ヌギア、ルギア。畑落とす。さすがに耐えるのか。逆にやばいな。ここでルギアを撃退。あれ打ち。暴れてはダメな理由はこれです。暴れ馬よ、暴れ馬だよ、ほんと。5、6使えそうだったじゃん。5、6回避ワード使って。硬いでしょ。硬いんです。ボルチェン。アタック。ナイス。ザマデンターギキャ。戻れ。
S かぐや80、マドレックスと電流で馬と鹿。馬と鹿で、逆に馬と鹿ポケモンだから。火力が馬としか言いようがないぐらいの強さなんですよ。逆にバドレックス使い多いけど、ね、ゴリゴリのパワーアタッカーだからね。これだけで普通に勝てちゃう理論がやばいね。S かぐや80、馬と鹿のバカ戦法。逆にやっててなんか悲しくなってっちゃうんだよ、もう戦いしてたら。テラバボスか、テラクラスターか。1段階上昇かな。サイコショック。打撃与えられなければ、ここでテラバボス倒さなきゃ完全に負けるかもしれない。テラクラスターが何発当たるかによって変わると思う。普通の時もよかったかな。サイコショック。2発目が当たるな。テラクラスター3代目。ステラタイプの戦いだ。1回は耐える。次落とせなかったら確定で負ける。マシュマロ 96Y。サイコショック。だってナスだもん。ポケモン界のナス二郎星。よし、勝った。よし。これは氷川が勝ったんじゃなくて、バドレックスによる勝利なんですよね。伝説なしでいく。じゃあ、俺も伝説なしの正統派でいくわ。で、俺、ブイズとかブリアスの積極パーティーでいくね。いやー、ナイノさん、対戦ありがとうございました。いやー、こちらこそありがとうございました。いい試合ありがとうございます。じゃあ、大谷翔平召喚します。よいしょ。ナイノさんも対戦ありがとうございました。と言ったらね、やっぱりね、大谷翔平出したくなりますよ。俺も伝説なしのね。じゃあ、大谷さんを呼んでくるので、ちょっと待ってくださいね。ガブリアスいないじゃん。いやね、ガチの大谷強心者に怒られそうだからねと。いや別にね、逆にガブリアスが大谷君と類似点はあるっていうのは、いろいろね、挙げたらキリがないからね。身長が同じなのと、あと北海道生まれっていうのもそうだし、あとあれはね、彼も東北地方でしょ。で、北海道、日ハムでしょ。全部一致してるね。あとなんだろうな。あとポケモン界で人気。逆に野球界でも人気。逆にポケモン知らない人でもガブリアス聞いたことある人いるぐらいにぬいぐるみとかも生産されてる。だから言ってしまえば大谷翔平ですよ。間違いないです。ピカチュウほど人気かって言ったら、まあ、そこまでメジャーかもしれない。マイナーかもしれないけど。でもガブリアスあんまり他作品に出てこないかな。白菜ですね。多分スマブラとかには出てこないから、そこまで人気かと言ったら疑問に思うところあるじゃん。っていうところだけかな。S かずや80、ガブリアスに、バイトリーダーというニックネームつけてて、バイトリー攻撃で自信あるポケモンと思ったら、激鱗して混乱したという。そんなことあったんですか？バイトリーダーいいね。なんかバイトしたくなってきた。
やっぱりあれかな。コジョンでいくかな。最初の氷川月の正統派の戦い方、コジョンドで殴り合うみたいな。懐かしいな。でも名前が名前なんだよな。もうもらった人がいなくなっちゃったかな。コジョンドでいくか。曰く付きのポケモンだね。俺にとっては忘れたい過去だけど、逆にこのポケモンを使う。勝負の時はこいつを使ってる。月々坊主こんばんは。月々坊主になってね。S カズヤ80、テアム80よ来ますよ。テアム80で来てくれありがとう。じゃあ、これが今日本当の最後の戦いですね。ブイズを除いたらほぼ、ガブリアスと、なんだっけ、を除いたらほぼブイズパーティーです。ほぼカニのね、スケソーダランのあれと変わらないですね。リオさんも来てくれてありがとう。要求 8.7 メートル。耳が痛いか、耳がかゆいがかいたらダメだよ。なんか耳垢って自然と出てくるらしいから。S カズヤ80、一旦さよなら。まあ、ここはどう出てくるかな。なんか惨敗されそうな感じがするな。ガブ、コジョンド、でいっか。まあ、初手画面ね、これでいっか。初手コジョンドで決めたいな。8.7メートル。耳かき自分でできたらいいけどできお母さんやってもらう。いやーね、耳かきな、やりすぎると怖いからな。俺やりすぎてとんでもねえことになったから。耳かきやりすぎてね、血が出てね、その最終的に耳鼻科の先生に耳かき禁止令出されたから。耳の手前のところちょこっと書く分にはいいのかもしんないけど、奥の奥までやったらね、大変なことです。何とは言わないけど。逆に産んじゃったんよね。耳垢だらけになっちゃって。で、産んだところに細菌が入っちゃってね、今治療中ね。月くんのコジョンドで戦わせてくれ。そう。月くんのコジョンド頑張ってるぞ。まるまるのピカチュウ月くんのコジョンド。月くんが初めて育成したコジョンドですね。楽しい思い出がいっぱい詰まったコジョンドです。気合い入れるときに俺はこれを使ってます。験担ぎのために。飛び皿で。だから俺、このコジョンド、カズヤっつって言って、カズヤ三島って言ってんだよね。そう。逆にこれですね、3立てすることはできなくても2立てできてるからやばいよな。三島和也だから。やばいよ、鼓膜破るかもしんないよ。逆に鼓膜破る可能性ある。三島和也やばいな。三島和也で。和也三島。
のしかかり、風やめしまー。風やみしまで煮立てしたらですね、こっからキッキングに煮立てされそうだな。じゃあ大谷翔平出すわ。身代わりの大谷翔平。大谷翔平身代わりタイム。のしかかり。なので、地震で。ビルドアップ。ビルドアップを直撃して、こちらは、まあ、大谷翔平君にホームラン打ってもらえますか。スケールショット。いやー、和也さん対戦ありがとうございました。対戦ありがとう。また一緒に対戦しましょう。いやー、次ももっと俺が、ポケモン育成頑張ります。頑張って自分で育成したポケモンたちです。このポケモンたちは。もう誰も手も借りないで自分で頑張って攻略本とか AI とか、そして自分の知識を駆使して作ったポケモンですね。取れない匂い。何がですか。絶対ダメだよ。あれ何がいけないかっていうとさ、俺さ、たまたまさ、YouTube でさ、耳鼻科の先生がやってる YouTube チャンネルやっててさ、なんか耳のさ、かきすぎちゃってさ、耳の鼓膜破ってさ、細菌感染してさ、そこでなんか耳の中でさ、癌になっちゃった人がいたっていうぐらいいるからさ、絶対やらん方がいいんだよね、あれね。そう本当にかゆかったら耳鼻科の先生に取ってもらうのが一番いいんだよね。あれ、普通に保険適用だから。耳の耳垢徐々に関しては。そう。保険適用外になるかもしれないけどね、ここまで医療費負担が多くなったらね。でも本当あれよね、自分でやって耳壊してさ、そんなにリスクあるんだったら、専門家にとって、俺はそうしたよ、俺はそうした。うん。だから定期的に、それしないために、うん。鼓膜は破れなかったけど、鼓膜の手前がすごい勢いで産んじゃったの。簡単に言うと。鼓膜の手前が、産んじゃったんよね。今治療して、だいぶ治ったけどね。そう。うん。鼓膜は、幸いなことに破れなかったんだけど、鼓膜の手前がね、細菌だらけになったんですね。そう耳垢に、膿が溜まって、なんだろうね、わかんないけど、良くないね、ばい菌がいっぱい雑菌が溜まっちゃったんだよ。そうだから、耳だれみたいなのしてたね。今治ってきてるだよ。治療中。ね。だからあれよね、絶対耳かいちゃいけない理由、俺が知ってます。実体験したので。それ以来怖くても、痒くても一切書かなくなりましたね。後々のリスクね、考えたら、ね、大変だからね。和也さんもありがとうね、改善してくれて、ね。耳痒くてもね、もう大体。好きにやってもらえない。いや、やった瞬間に耳垢怖い。物理的に損傷する。物理的に損傷する。逆に物理的に損傷するね。はい、ということでね、今日終わりたいと思います。ね。皆さんありがとうございました。今日ね、ほんとね、長い時間ね、ご視聴いただきね、ご参加いただきありがとうございました。楽しかったです。久しぶりにね、ポケモン SV やってね、やっぱりね、ここまでね、視聴者さんがね、来ると思いませんでした。これからもね、ポケモンね、ウェーブがね、始まるまでね、ZA と SV とね、あと何でしたっけいろいろやっていこうと思います。必ず、皆さんのご期待に添えるようなね、VTuber になろうと思うので、ブログとかもね、定期的にやってるので、見ていただけたら嬉しいです。配信のお知らせメインですけど。お、和也さんも、リオさんもね、最後見ていただきね、ありがとうございました。そして、ライノさんもありがとうございました。また一緒に遊びましょう。またお待ちしております。リオさんもお疲れ様です。またね。
ネタ君もお疲れさん。まだやってたよ。もう終わりだけどね。本格的にもう終わりだけどね。いやー、楽しかったです。ほんとマジ楽しかったです。楽しかったです。嬉しかったです。いやー、皆さん、お疲れ様でした。ナタとく、閉店ガラガラ。閉店ですね。そうですね。また来年。来年なのかい明日じゃないのかい。いや、明日はリオさん来ないよな、確かに。うん、金曜日やな。金曜日か土曜日やな。スマブラだからな。金曜日か土曜日か日曜日だよね。うん。まあ、また来てくれたら嬉しいです。金曜日か土曜日か火曜日ってもう俺読んでるから。来年はびっくりだよ。来年。逆に来年は驚いちゃう。なんかオープンチャットなんか大変なことになってんな。なんかよからぬ噂が流れただろうか。また来世か。エンドレスエールさんがなんかいきなり退出してるけど。皆さんお疲れ様でした。98.7 メートル。終わんないの？終わるよ。600回になるの待ってた。ちょうど600回でキリがいいから。のしーなたぶつ部屋、何を待ってるねん。ということでお疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。またお待ちしております。なんかね、またなんか揉め事起きそうだな。まあということで、まあ起きたら対策しましょう。でも起きないと実行犯、確信犯できないのでね。起きたらなので対策取れないの辛いよね。まあということでお疲れ様でした。また一緒に遊びましょう。なたくんりおさんお疲れ様でした。またお待ちしております。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。
また一緒に遊びましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴いただき、ご参加いただきありがとうございました。お疲れ様です。またねー。